お邪魔します。大変なことになってますし、そしてここもいっぱい人形さんがあったり、すごいもう下が山積みですね。食器のバザー開けますよ。前見ないで捨てた方がいいかもしれない。おー、ちょっとやばいこれ。埃の綿あめができてます。おー、大丈夫ですか？正直どこ？こうやって物を探すのも大変な状態なんで。全部舞います？はい。これが捨てれない人の典型ですね。これでも絶対お父さんのですよね。ここなんですね。大量に1円玉ありますけど。うち赤字経営なんです。動画見てる人がすると、まあ、要は買うだけの経済力あるじゃんっていう風に。と思うでしょ。はい。ない人が結構買うんですよ、これは。期限が8年切れてます。意外と捨てられない人ほど防災アイテム持ってたりして、僕これエセ防災って言ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。コロナワクチン3回目接種用の封筒が。姉に返却パターンはありですか？なんか結構使い分けが多いんですよね。あると便利で残し続けると、どんどん物が増えていきます。メルルとパルルのためにも、ここを広げてあげないと。玄関マットなんですけど、これもう処分していいですか？やば、ごめん。あ、大丈夫ですか？せめて来年なんてか。やばいってこれ。ママが54歳と、おもさんが今25歳。25で。お二人でおったらもうしょっちゅうこう小競り合いになったりとか、あれなにこれどこや言って朝も時間ギリギリとかがほんま日常茶飯事で、そんなもの少なかったらもうやることも少ないとか思ってて、そういう生活をぜひ二人してほしい。で、穏やかに仲良く暮らしてほしい。この状況本当になんとかしたいって心から思ってはいます。深刻よ。どんどんもう減らしていきます。行こう行こう。終わらんで。お長いことありがとう。ぬくかった。あったかかった。大好きやった。これはいいですか？赤へんってあんな真っ白な。白は白い。いつこれもかっこいいんすよ。かっこいいと言いつつ、奥底にあって、頼むお願いします。無理。一本だけ置いば。無理バンド組むかもしれへんねん。ってそれはもう。はい、ということで、2日目です。おはようございます。おはようございます。家族みんなでバケツリレーです。いやー、てか、こんだけショーケース減らしたのか。古いやつは掃除して、ホコリやばいっすね。うおー、すごいこれ。またホコリな綿飴できますよ。何がやばいかっていうと、ここにホコリ被ってるものの近くで料理してるってことなんで、飲食店だったら、営業停止です。営業停止。うおー、いい家族写真になりますよ。へその緒です、これ。へその、もらっときます？大丈夫です。でもようやく机の上が何も置かなくていいくらいには綺麗になった。さっき減らしたのにここ。そういうので、あっちではお父さんが、こっちではママが出せてます。お母さんめっちゃ減らせてますよ。負けてますね。ということで、6日目です。おはようございます。おはようございます。もうなんか概念がちょっと変わってきまして、もう大きい場所取るいうのはもう害悪にしか見えへんようになってきました。すごいです。靴をこんなに全部出したことないですね。お仏壇を運ぶ日が来るなんて思いもしませんでした。ね。3階から粗大ゴミ出してます。お、すごい。すごーい。広、こんな広かったんだ、この部屋。広すぎてワンちゃんが天井から喜んでます。じゃ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 ん。おー。広い。すごい。めっちゃ綺麗になってますよ。という感じで、6日間お疲れ様でした。ありがとう。つるさんもありがとうございます。いえいえ。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回ご依頼いただいたのはももさん25歳の女性とそのお母さんであるももママ54歳のお二人になりまして、で今回2人同時にちゃんとお申し込みいただいてるんですけども、特にお子さんの方ですね、ももさんの方がお母さんの実家をとにかく片付けてほしいということで熱烈な申し込みがあってお家に行ってきました。でお二人からご依頼いただいてるんですが、まずお子さんであるももさんの申し込みフォームですね。今回ご依頼させていただきたいのは大阪の実家のお片付けです。私は YouTube で渋さんを知り、ミニマリストという概念を両親にも布教して年末の大掃除は頑張っているものの、現状は写真の通り悲惨です。とにかく物が多く散らかっていて掃除も行き届いていないです。これでも 2,3 年ゴミ袋を20袋くらいは物を減らしていて、2年前には5万円くらいで軽トラに不要品をごっそり持って行ったりもしました。毎年これを繰り返すのに限界を感じており、今回応募させていただきました。私と妹との4人家族で、私と妹は東京に住んでいます。小さい頃から家は綺麗ではなく散らかっているのが当たり前で、友達を呼べないのが嫌で喧嘩をしていたのを覚えています。家族は仲が良いですが、夫婦仲は良くなく、お互い口論が絶えないです。またお金もたまらず、まさに安物買いの銭失いです。これからも2人で暮らすので、綺麗に整っているところにいてほしいし、少しでも2人のストレスが減ったら嬉しいです。私からしても帰るお家が綺麗な方が嬉しいし、現実的な話、将来の荷物整理を私がするのは大変すぎるので、2人が元気なうちに自分でやってほしいです。
母からも応募すると思いますが、娘の私からも気持ちをお伝えさせていただきたく、二重となりますがお送りさせていただきました。とにかく両親を快適に、より幸せに、仲良く過ごしてほしいです。最後までお読みいただきありがとうございます。ご縁がありましたら何卒よろしくお願いします。ということで、一部メッセージは省略させていただいたんですが、それでもすごく熱量伝わるメッセージですよね。で、お母さんからのメッセージもいただいてます。はじめまして、娘に勧めてもらったのがきっかけで、いつも楽しく動画を見させていただいております。毎年、年末にはゴミ袋何十個と処分しています。2年前には5、6万円かけて業者に引き取りをしてもらいましたが、現状は写真の通りです。夫婦2人の生活になった今、いずれ家族で帰省するであろう娘たちが快適に過ごせる空間を用意したいです。お力をぜひ貸していただきたく、今回応募させていただきました。何卒よろしくお願いします。ということで、2人からももうとにかく物減らして生活を変えたいという熱量が伝わってきますし、もう冒頭のハイライトでもお見せした通り、とにかく物量が過去トップクラスに多いです。ということで今回6日間の片付けに行ってくるんですが、その前に皆さんにお知らせがあります。この度ミニマリスト支部の公式 LINE がリニューアルしました。支部と一緒に物を減らし終えた人たちが今どうなってるのか、みんなの現状を追跡する動画だったり、支部の AI に片付けの相談ができるチャットボットも無料で配布しております。他にも無料特典が13個ありまして、 YouTube 未公開視聴者お片付け動画5本、コーチングで減らし終えた人との対談動画20本、手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト思考が深まる支部の言葉50選、物別35種類捨て方ガイドブック、スマホが片付く壁紙&アプリアイコン画像150個セット、生活費がわかるミニマムライフコスト計算シートなど、特典の配布は予告なく終了することがありますので、お早めに概要欄の URL から登録をお待ちしております。ということで動画本編に移ります。どうぞ。こんばんは。こんばんは。はじめまして、ミニマリスト支部です。すいません、改めまして、はじめまして。よろしくお願いしおます。願いします。ということで、この度はYouTube の方も申し込みありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あ、どうも、はじめまして。あはじめましてすみません。一応、ズーム越しでお部屋の映像もいただこうかなと思ったんですけど、これは把握してないです。主人です。ピアノとかエレクトーンとかをするための部屋だったんで、楽器はあるんですけど、楽器のとこまで到達たどできり着かない。いいですね。これは過去一の物量かもしれないな。こっちのクローゼットがこんなパンパンです。これでもね、玄関は一応僕、プロデュースで片付けたつもりなんですけど。プロデュースで。また何か引き続き、追加で気になることあったら LINE でお送りいただければご回答しますので。じゃあすいません。ちょっと夜な夜な遅く、ご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございます。失礼します今日はよろしくお願いいたします。お邪魔します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なんかワンちゃんが泣いてたり、僕の目の前がすごい大量のものだらけで、あ、やべえ、これ終わるかな思いつつ、結構な物量ですが。ということで、今日お片付けさせていただくのは、こちらのお二人、ももさんとももさんママ、ももママですね。よろしくお願いします。ということで、親子でのご参加ということで、この後ね、お父さんとかも含めて、ご家族で一緒に物を減らしていくんですけども、今回はね、ももさんが率先して、もう減らしなよって、僕のことをご紹介して申し込んでくれたってところで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞きたいことはいっぱいあるんですが、物置になっちゃってますし、このお家何階建てでしょうか3階建てです。？3階建てなので、これまだ一部ですね。ということで、じゃあ早速、物減らしていく前のルームツアーをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、早速、玄関、靴箱を今開いていただいたんですけども、こちらは今、住まわれてる人数がお二人はいで。すよね。ここ実家なので、今一人暮らしをされているから住んではいますよね。はい。で、なので、ももさんのママとパパがお二人で暮らされていて、ここがママの方ですね。そうですね。じゃあちょっとこちらも失礼します。はい。はい。こっちがパパですね。なので、ちょっとね、床置きがあったり、実はこっちにも靴があったりっていうので、収まってはいるが、なんかいらない靴は結構ありそうだし、ここだけじゃなく実はそっちにもあるとかあったりしますあ、ここにも。こっちにも外箱の中に入ってたりで、夏のサンダルとか季節物もあって、そうですね、奥の方もしっかり、2段に重ねる、収納棚使ったりして、できるだけ置けるようにっていうので詰めてますね。はい。そっちは何だろう。何だろう。久しぶりに開けるみたいな感じですか？はい開きます。オープン。パパとパあれ、はい中学生ぐらいに履いてたブーツかも。もうだいぶ10年以上前かな。そうかも。はい。もう靴の上に靴っていうのね。
はい、確かに。はい絶。対履いてないもんね。絶対入れないですもんね。はい。というので、ここは減らしがいがありそうな場所になってますし、まあ、玄関の上は、まあ、普段使ってるマスクだったり、まあ、ここにマスク置いてるのはいいかなと思ってて、まあ、玄関にマスク置いとくとね、出かけるときに忘れないから、動線的にはすごい問題ないかなと思ってます。で、あとよく見るとこっちにも靴ありましたね。あります。はい。こっちにもロングブーツだったり、はいまあ、傘だったり、なんか割といろいろもう詰め込んであるのと、っていうのと、まあ、あとそうですね、ここに素敵な飾り物とかはあるんですが、まあ、やっぱりちょっとごちゃっと詰まってはいますね。やっぱりここら辺のケーブル配線とかもちょっと綺麗にしたいですね。はい。でもここ多分、はい数年前より見違えるくらい綺麗な状態のはずやねんな。はい。おもりもりだったものも、もう、父渾身みたいな、もうこれは綺麗やっていう状態になってるんで。ああ、じゃあそっか、もう僕が、それこそ僕の YouTube とか見てくださってるから、一緒に片付けたりとか片付けないよみたいなところは、もう3年ぐらい、うんうん。毎年年末にはやってるっていう。ああ、年で、末。これ。お手上げですよかった。じゃあ、そうですね、年末年始一応減らしてくれてはいるから、まだマシな方なんですね。これでも。何年かごとの、は。はいい。よかったよかった。まあなので、それこそ、ももさんとかが、まあ実家に帰省してくる年末年始とかには、お掃除では片付けてるけど、まあまだまだ物が多いっていう状態ですね。ということで、じゃあ早速そのまま一回、ここが一番やばいということで、いきなり大ボス登場ということで、こちら失礼します。じゃあ。すごい、YouTube 企画としてはすごくありがたい。僕よくですね、なんかこう、片付けし始めの人に、お部屋の状態写真撮ってくださいって言うと、はいやばい部屋ほどもうやばさが際立つんですよ。逆に、綺麗なお家って写真として撮った時に絵になったりするんですけど、まあちょっと、あえてちょっとゴミ屋敷って呼ばせていただきますけど、絵にするとやばいことになるっていう、こちら、大変なことになってますし、広いですね。はい。広いんです。まあ、広いからそうですね、まだ置けてはいますが、エレクトーン埋もれてるのと電子ピアノが埋もれてるんですよ。もともと音楽の部屋だったんですよね。あ、なるほどなるほど。それで音楽の部屋ってなんか教えたりとか、母が。はい。あ、なるほど、母生徒さんが来てた頃はが綺麗かったんです。だったに、まあ教室を辞めてからここは物置化して、どんどん物が増えていき、ちなみにこの状態っていうのはその教室辞めて何年くらい10年ぐらい。 10年以上はもうずっとこの状態っていうような感じですね。まあ、ここ本当に片付けたら、それこそお子さんとか帰ってくると思うので、まあ部屋はまた別にあると思うんですけど、人が全然住めるくらいの広さはありますし。いやもう全然今東京で住んでるとこよりもめっちゃ広いです。そうですよね。まあだからこれ、すごい贅沢な空間の使い方というか、もったいないですよね。でしかもあそこにはですね、まあ大事なご家族の写真とかも眠っていて、若かりし頃、しかももうね、見ようにも、あっち行けないから、どうやって行くよっていう。もうだからああいう大事なものもね、まあゴミの中に埋もれちゃってるから、すごいもったいないですし、テレビがあったり、ちなみにどういったものが、置かれてますか？まあ例えば工具があったりとか、バイクのヘルメットがあったり、なんかゲーム機があったり、これお父さんの趣味かな。基本パパですね。あ、基本お父さんのものが置いてあって、どうですかね、ママとパパ、どちらが物量多いとか、ここに関しては、上はやっぱり自分のものが多いと思うんですけほんど、まにどっこいどっこいだと思う。あ、こういう感じほんまにで、ただ、手前にはおそらく、割と最近買ったのかな、なんか飲み物のストックとか、あそこにカルピスがあったり、なんか食材のストックとかが、多分そこで Amazon 届いて、はいもうここにとりあえず置いてるっていうような。まあ、だから必要なものって多分このもう入り口周辺しか多分ないですもんね。めっちゃ贅沢な倉庫や。まさに、めっちゃ贅沢な倉庫だし、まあ僕ですね、物の所要コストってよく言ってるんですけど、まあこの不要品を取っとくために実質家賃払ってるのと一緒ですし、もっと言うとその家賃だけじゃなくて、今からね、まあ、今回3日連続かける2回やっていくので、6日間かける8時間を予定してるんですけど、やっぱりこうやって不要品を貯めたことによって僕たちね、片付けに時間費やしてるわけなので、お金も時間も無駄に溶かしてるっていう状況なので、そうですね、ここはちょっとすっかり綺麗に減らして、でちょうど片付けしてるのが今11月なので、まあ、年末年始大掃除しないで済むようにはい。やらせていきたいですね。ありがとうございお願います。します。じゃあそのまま2階に行きます。ワンちゃんがお出迎えということで、ちなみにここから2階のリビングに入っていくんですけれども、まず2階のリビング入る前にもう結構廊下にこういうカバンとか帽子も積まれてあるっていう
状況ですね。まあ多分出かける前とか帰ってきた後にここに帽子とカバン積んでっていうところと、そうですね、ちょっと最近まで使ってた夏の季節物だったり、階段も物が積まれている状態と、このまんまリビング、ワンとワンちゃんが2匹お出迎え、かわいい。ということで、こちらがリビングになります。まあ、ここのリビングが一番使ってるスペースですね。はい。まあ、なので、まあ、ごちゃついてはいますが、決して綺麗でもないっていう。あとはやっぱりカウンターキッチンの下、このスペースのところに、いろいろ引き出しの収納があったり、今までは多分こう、片付けをしようと思ったら、こういう収納棚買って、ここに詰めてを繰り返した結果、まあ、何がどこにあるかわからないっていう状態と、一部ちょっと開けさせていただくんですけども、開けるにも、ケーブルが。もう取っ手が取れちゃって。あ、取っ手がないのかこれそうか。これどうやって開けるんだろうと思った。ここにいろいろ雑多に。そうですね。こっちは日用品があったりとか、まあ上はまだギリ把握してるけど、多分これがどんどん奥の方だったり、あっちの方とかは多分そこまで把握されてないのかなとは。この辺までわかるけど、そことかも奥のはい手で空いてないスペースはもう全くわからないです。今から一緒に減らしていくので、もうここは全部出していきますし、でこっちにこのままテレビがありまして、ここに、まあ、大きなテレビがありますが、まあ、ほこりがやばいって話されたと思うんですけど、これカメラ越しでもわかるくらい。結構そうですね、この辺りとか。多分ちょっとなぞれちゃうみたいな。まさにほこりと一緒に暮らしてるっていう状態ですし、まあ、それこそね、ワンちゃんがいたりするので、もうちょいね、綺麗にしてあげた方が、ワンちゃんのためにもね、綺麗にしてほしいですね。なので、ここはね、あとよく見ると、まあ、こういう風にタブレットが置いてあったり、使ってるのかななんかちょっと、ちょいちょい使ってるのが怪しいものもあったりしますが、こんな感じに雑多に置いてあるっていうのと、あとこっちがソファーがあったり、ちなみにこちらのワンちゃん、お名前はタルルとメルルです。メルル。なんか芸能人の名前2人。何歳ですか？ 8歳。メルル8歳。実家でもうちチワワ飼ってたんで、懐かしい。タルは1歳。 1歳。あ、こっちはじゃあ、赤ちゃんですね。かわいい。で、そのまんま右にペットシーツが置いてあったり、ペットシーツだけではなく、奥がもう使ってないであろう、ウォーキングマシン。もうこれ、本当に皆さん、ウォーキングマシンの上にどんどん服が積まれていくっていうのは、あるあるで、買った最初は歩こうっていうので、買ったと思うんですけど、年々使わなくなり、これ多分お父さんの服とかかなが積まれて、やばい、やばい。動画でももうわかるくらい埃かぶってますし、動線的にどう考えてもこの隅っこにね、このソファーとね、カゴの間に挟んでるっていう、もう使う意思ないですもんね。とりあえず物置化してますが。外歩く外。まさにそう、外歩こうっていう。まあ本当にそうなんですよね。日常の運動を増やした方がね、自然と歩くし、ここもちょっと頑張って減らしていきたいですし、もうあれ自体もなくしていきたいですね。そのまんま後ろには素敵な家族写真があったりしますね。置いとくとこないからここに来てる感じもあるんですけど。ああ、そうですね。なんか、すごい結構家族写真が多かったりするのはなんか印象的だなと思って見てたんですけど、まあ、ここはなんか素敵な写真が飾ってあったりして。ちょっと埃と一緒にそうですね。まあ、ここ、物減らしていったら埃かぶらなくなるので、頑張って減らしましょう。おー、大丈夫ですか？崩壊先でワンちゃん？いや違いよかった。倒れてきた。危な。ツリーが倒れてますね。まさにこれはもう物が多くて起きてる現象なので、もう外しちゃいましょうかね。もう外そう。もう後で減らすんで。どっちにしどうよせ。ちょっと待ってよ。YouTube 結構2年ぐらいこの形企画やってるんですけど、チワワここにいとってな。僕の YouTube 企画結構ワンちゃん飼ってる率が高くて、猫はあんまりいないんだけど、やっぱどうしてもワンちゃんがいるともうペットシーツだったり、まあ、そもそもね、結構お世話も散歩しないといけないとか、まあ、時間も手間がかかるっていうところからどんどんこう、物が増えていくっていうふうに思ってるんですけど、チワワ何気に初めてな気がするっていうのでテンションが上がってます。うちの実家も黒いチワワだったんで、ね。じゃあ続きまして、キッチン行きます。お邪魔します。ということで、キッチン広いですね。はい。こっちがカウンターキッチンで向こうと繋がっていて、あとはそうですね、ここにそのまんま、食器棚がもともとマイホームなのでこういう風に収納がそもそもあったりして、これ家族4人分の想定かな？はい。そうですね。っていうので、食器があったりとか、あともうここの出窓のところも、もう最大限使って収納してますね。はい。ストックが。っていうので、出窓があると、ここももう置ける分だけ置けっていうので、多分ね、当初はこういう想定ではなかったと思うんですけど、収納を使っていっぱい。そしてタケノコの里が
またそうですね。まあ、冷蔵庫もそうですけど、ちょっと待ってくださいね。触れていいかな。懐かしい。コロナワクチン3回目接種用の封筒があって、これいつのですか、これ。そのまんまです。でも3回目の接種はもう3年以上前かな。っていうので、結構古い。冷蔵庫に紙貼るのって、まあ、例えば、なんか直近予定があって忘れないようにとか、結構最新のものが置いてあったりする傾向高いんですけど。なんでここにあるのかよくわかんないです。そうですね。まあ、もうなんでここにあるのかわかんないっていうのが答えなんですけど、納品書もどえらい古いというか、色あせてますからね。これ昭和時代からあるんかなぐらいの、2、30年は経たないとこんな色あせないですよね。もうこの景色になっちゃったんで、はい何にも気づかなかったです。今言われあーなんかて。そうですよね。もう長年こういう生活とか、そうですね。この状態で生活してきてるから、僕なんかはもういろんなご家庭行って片付けてるからすぐこういうのが気になっちゃうけど、じゃあこれも、そうですね。もうすぐ減らせますね。はい。そうですね。まあここは本当に、あと結構ペットボトルのゴミとかが結構多いなっていうので、午後の紅茶しかり、結構ペットボトルはいっぱい出るのかなという。という感じで続きまして、2階に、ちょっと待ってくださいね。僕今気づかなかったんですよ、これ。これはちなみにお母さんが好きだったアイドルのポスターとかですかね。すごい、銀手がありますね。ライブ行った時にもらえるやつ。結構なのでライブとかもいっぱい買うってきて、ゆうすけってある。上地ゆうすけさんですよね。そうだ、あれだ。羞恥心の。羞恥心と、ペンタゴン、クイズヘキサゴンヘキサゴン、あれだよ、ヘキサゴン。もう、懐かしいと思って。はい、なるほど。じゃあ、ゆうすけさんが好きで、飾ってあるっていう感じですね。そのまま好きなアーティストさんのポスターがあるんですけど、下には、カバンが、私が帰ってきた。今、そうですね、帰ってきたので、荷物ですね。ちなみに、今日の朝来て、3日分の荷物。いや、これ1週間、もう入れることになったんで、あ、そうです、1週間。来週の、はい、最終日まで、これで。じゃあしばらく、そうでも片付けのためにしばらくしてくださって、東京から。こちらからもありありがとうございます。はい1週間分の荷物があるということで。まあちょっとなんかまた後でなんか片付けながら振りようと思ってるんですけどね。まあ僕のチャンネル見てくださってるっていうので、はい多分ご自身のお部屋だったり、まあ持ち物とかも結構ね、減らしてるのかなっていうので、一応、一応ね。はい。今日はちょっと重くなっちゃいました。そうですね悔しい。。まあ1週間分ですからね。はいっていうのと、そうですね、ここに荷物が。こちらはちなみに、一回来て、もう一回ぐらい来てから洗濯しようかなって思う子たちです。そう、じゃあ洗濯手前のやつっていうのが、ってことはこっちが、水回りかな洗面台で、じゃじゃん。ここドライヤーとかあっちにも洗濯機あるんですけども、まあこっちにも食器があったりして、ただこっちの食器使ってます？ここも全く使ってないです。そうですよね。まあなので、ももさんがいるあっち側がキッチンなので、この長い廊下を来ないと、こっちの食器棚に行き着かないので、はいまあおそらくここは使ってない食器を追いやってるっていうはい状態ですので、こそれこも。開けてもないんじゃない？うん。てかもう、ここにドライヤーとかあるから開ける意思ないよねっていう。で、あとですね、こっち、出窓があったら物を置きたいっていう風に、そうですね、キッチンと同じ状態になっちゃってますね。あとはここに、まあ、メイク用品とか、鏡があるので、まあ、ここから物取ってメイクしたりとか、こっちに洗濯機があるんですけども、もう洗濯機の下も割とぎゅうぎゅう洗濯カゴがあったり、これ乾燥機ですかね。あったかい。ヒーターなんだ。はいそうですそうです。冬場寒いからここにヒーターが置いてあって、という感じの洗面所になっております。そのまんま、あっちに階段、3階があるので、行こうと思ったら、これまた別に部屋あります？もう今こうさっき雪崩が起きたせいで、こっち行けないんですけど、あっちにも部屋がもう1個はい。ありますもんね。はい、あります。そうこっちはもう通れないっていう。通れない。こっちから行けるのか。ちょっとこっちから失礼します。寝室ですね。あ、寝室か。じゃあここはめっちゃ使ってますね。はい。なのでここは、まあ和室兼寝室。あとそのままこっちにも、まあ普段着てるである服たちがかけてありますね。まずそうですね。でもこのベッド周辺、L 字のこの部分がもう基本的に服が割ともうポンと置いてあって、でこっちがベランダで干してるっていう動線になってて、寝室にそのまんまこっちにおそらくクローゼットですね。ちょっとこちらも開けていただいて。オープンということで、そうですね、もう服がぎっしり詰まってるのと、もうここ、服の前に衣装ケースあるから、もうここ取り出せないですね。って感じで、ここも衣装ケースがあったり、こっちもありますよね。はい。なので、クローゼットはこのようになっておりまして、もう上から下までぎっちりとたくさんの衣装ケース、これはちょっと頑張って減らしていきたいですね。なので、もう本当に、まあ、和室畳なんですけども、基本床は服でいっぱいという状況に
なってます。でもここめっちゃ減らしたよな、頑張って。今からママの番なって言って、ガーって全部出してやって、で、パパの番なって言って、やるでって言って全部出して、厳選して、これやる。10袋ぐらい本当にね、去年ね。そうですね。でももう何回も何回も片付けてると思うので、そうですね、もう一回、そしてこれで最後になるように。あれだけでは。そうですね。もうここまでしか。いや、でもももさんもかなり頑張られてるのでめっね。ちゃ頑張ってるよな。ね今ね、多分動画見てる皆さんは物多いなと思ったと思うんですけど、ももさんが手伝うのではもっと多かったって。で、もっと多かったって話に続きまして、これ、終わりのように見えてまだ3回があるので、まだ続きます。これ本当に気をつけてください。はい、気をつけてくださいというのは、階段が、そうなんですよ。階段にも物があるのと、なんかトラップみたいなのがあるみたいな。転げ落ちないように。はい、そうですね。階段も結構急で。 3階です。3階です。お、3階、床が見える。ここ綺麗ですね。こちらは、もともとが私と妹がの部屋だった。高校生まで。で、もう2人とも出て、で今はパパが寝てるの、ここで。パパが寝てて、布団の用意しとこうかって言って、布団が出てるんで、ちょっと2つあるんですけど。私たちが帰ってきた時に寝る部屋って感じです。ここはなので、実質ももさんの部屋だから、ちょっとミニマリストっぽいというか、床がこんだけ見えて、ここが一番落ち着く。こっちもじゃあ着させていただいて。妹は2年前ぐらいまで住んでたんで、自分たちのものがほとんど残ってる感じ。これはパパかな、知らへんわ。そうっすね。まあなのでここもともと、まあ姉妹2人の部屋ではあったけど、まあお父さんが寝てたり、お父さんのものを一部混在してるっていうような状態、絶対に姉妹2人の趣味じゃないものもありますね。そっちのクローゼットも開けていただきまして、これパパやろ？で、ここは結構お父さんの服があったり、電気毛布しかり、こう、リラックマが好きだったんだなっていうのが、姉妹の、そうですね。はい、いやー、この観葉植物が落ち着く。あと、まあ、ここにいろいろ物はあるんですけど、奥の方にですね、クローゼットがあったりっていうので、ここは妹さんのかな？私と妹の着た服、着た服ですね。の、その奥にはマットレスが丸めて置いてありますので、まあ、ここもね、姉妹の、まあ、ももさんのものとか含めてあると思うので、ここもちょっと片付けていきましょう。ということで、片付け前のルームツアーでした。そんで、今からちょっと自己紹介とかをしていただくんですけど、ちょうど今今からカメラ映しますっていうので、セッティングしたんですけど、今ちょうどね、このテーブルの上、片付けてもらってて、多分ご飯食べるときはこういう風に半分に寄せてっていう感じですよね。はい。これは本当にあるあるです。物が多い家庭は、食べるときだけ半分物寄せるっていう。ここもね、もう寄せなくてもいつでも全部使えるようにやらせていきましょう。そうしよう。ということで、片付け前のルームツアーをさせていただいて、早速ちょっとお二人にお話を伺いたいなと思ってて、自己紹介だったり、なんで申し込もうと思ったのか、今抱えている悩みだったり、物を減らしてどんな生活しているのかをお伺いしたいと思います。ということで、ももさんからお願いします。はい。私は大阪出身でこの家で生まれたんですけど、7年前くらいに大学から上京して、今は東京で一人暮らししています。今は社会人やってて、一人暮らしするようになって、この実家の物の多さとか、大変さ、異常さに気づいて、もっと減らしたくなって、お片付けを家族で頑張っていたっていう感じです。おー、そうですね。ちなみにご年齢が今25の代。はい、25の代です。なので、そうですね、この家はもうじゃあ7年ぐらいは離れてますね。離れていて、はい。物が多いっていうのはもともと分かってたんですけれども、なかなか減らなくって、それでも2、3年前に多分下にあるものとか、もっと初代のなんかいらなかったものとかを5、6万かけて一旦引き取ってもらってっていうことをしてるんですよ。で、そこから、じゃあせっかくこうなってんから、じゃあ頑張って物減らしていこうねっていうことで、毎年20や30で聞けへんぐらいの袋のゴミ袋の量、それを年末ごとにはみんなでこれはもう捨てようって。で、去年はすごくもう本当に頑張って、服とかもものすごく減らして、やっとこの状態なんですけれども、でもまた1年経ったら今の状態なので、じゃあ年末年始で減らしては、そこからちょっとまたもう買って増えてを繰り返してっていうな。それをちょっとずつ繰り返して減ってきてはいるけど、普通に生活しててもなかなか結構ここまで物増えてこないかなっていうのはあるから、結構買い物が好きだったりとか、どうですかね。日用品とかで2つ買えばいくらになりますよとか、なんか3000円以上買ったら何ポイントつきますよとか、まとめて買うと安いとかも結構節約になるような買い方が好きっていう
はい。もう僕極力セールで買うなっていつも言ってるんですけど、もうまさにその安いからって言って買って結局その使い切れずに、期限が来て捨てることになったりとか、例えば食材とかだと一気に買い込んで最後毎日カレーになるみたいなまとめ買いすると確かその時まとめ買いした方が安いっていう風に思いがちなんですけど、結果ちゃんと使い切れずに高く作っておくことにもなりますし、でもっと言うとそのたくさんまとめて買った分はね、保管スペースが必要っていうので、このお家はたまたま広いから一回贅沢に物置部屋として使ってますけど、物置部屋もあんな風にね散らかってしまってもう減らさないとまずいっていう状況ですね。わかりました。ちなみにちょっとご年齢も聞いておきたくて、54です。54歳ですね。はいママが54歳と、はいももさんが今25歳。25です。妹は1個下で24歳です。了解です。妹は24歳ということで。わかりました。の4人家族ですね。ちょっと改めて、そうですね、引き続き、こうなんで申し込んだのか、今抱えてる悩みを、そうだな、ちょっと、ももさんから、ももさんがね、めっちゃもう長文で、めっちゃ書いてくれてたんで、はいぜひちょっとお聞かせ願いたいです。はい、ありがとうございます。私はもう数年前から渋さんのことを、YouTube きっかけで知って、そこから動画も見たりとか、それでミニマリストさんを知って、でそれってなんかすごい綺麗さだけじゃなくて心が整ったりとか、で本当の豊かさに気づけたりとかすごいあると思ってて、自分は結構変わったり余裕も持てたりしたなと思ってて、で実家に帰ってきた時にこれでもっと物が減ってたら今夫婦で2人暮らしだけど、もっと2人とも心に余裕を持ちながら相手のことを尊重し合って幸せに生きれるのではないかと思ったっていうところ。今は、別に家族はめっちゃ仲いいんですけど、二人でおったらもうしょっちゅう小競り合いになったりとか、はい。あれ何これどこや言って朝も時間ギリギリとかがほんま日常茶飯事で、洗濯物めっちゃ多くて、家事に追われてるイメージがあるんですね。自分今、二人とかで住んでても、そんな物少なかったらもうやることも少ないとか思ってて、そういう生活をぜひ二人してほしい。で、穏やかに仲良く暮らしてほしい。そして私と妹が帰ってきた時も綺麗なところでいたい。でも孫も生まれたらどうすんのって、もう連れてこられへんよっていうことで、っていう思いで申し込みさせていただきました。すごいもう親子思いの素敵な娘さんですけどもどうですか？でも今の娘さんの言葉を聞いてやっぱ減らさなきゃいけないなっていうのは思ってる。本当に毎年っていうかもう帰ってくる前になったら怒られるし片付けよう、これほっとく娘さんに怒られるから減らしとかなきゃみたいな。はい、で、一緒の妹は結構しょっちゅう帰ってくるんですけど、この子がもう本当に年末年始とかお盆の時とかあんまり帰ってこないんで、そのちょこって帰ってくる時にあまりにもひどいと二度と帰ってけえへんって言いそうなんでもう帰ってくるからちょっとやるでみたいな、ずっとこんな感じなんで。そうですね、おっしゃってた通り、もう今そうですね、2人とも、24歳と25歳で、実家も離れてて、ワンちゃんはいれど、2人暮らしだから、本来もう少し余裕を持って生活できるはずなんですよね。お子さんがいる時だったら子育てが忙しくて家が荒れるみたいなことはあるんですけど、なので今本当にこのお家ってもう2人で生活してるからこそ、明らかに2人暮らしの物量ではないっていうところと、はい、書いてくださってたことで、はい、結局このお家のまま物が多いまま生活した時に最後ね処分しないといけないのはももさんご自身っていう。自分たちになる、そうですね。それもめっちゃあって、父にもよく話すんですけど、父はその通販とかでよく買うんですよね。最近どんどん出てくるじゃないですか、激安通販が。ほんでこれ買ってみてんとか言うけど、それ貯めといてももう処分するの自分らになるからほんまにやろうっていうことで、それももう話してはいて、自分たちに残さんといてなみたいな感じで言うと、ほんまやなみたいな感じに両親もなってくれる。そうですね、ほんまやなっていうので明るい関西弁でね、ちなみに関西にお住まいなんですけども、ももさんのちょっと明るい雰囲気で、今深刻な感じは全然ないんですけど、最初本当に文章をくれた時に結構深刻だなっていうふうにはね。私、もうまるでかしこまって送ってたので、はい。でも気持ちは本当に、もう普通に深刻だと捉えてて、この状況本当に何とかしたいって心から思ってはいます。そうですね。なので、ももさんの、ママパパにとっては、生前整理、就活も含まれた片付けになると思いますし、もっと言うともう今が一番若いので、それも書いてくださってましたよね。そう、やっぱりこれってすごい片付けって体力使いますので、やっぱ後回しにすればするほど、まず体力なくなってきて、片付け後回しにしようとか、もっと言うと物が溜まってきて、長年取ってきたものだからというので捨てづらくなったりするので、もう今が一番若いということで、今やらなきゃですね。片付けお掃除が好きじゃないからね。得意じゃないやん、もうだから結構ね、今片付けに関する悩みっていうのはももさんの方か
からね、いろいろ話してもらったんですけど、まあ、よくも悪くもこう、ね、言われるまでだからこう、ことの重大さをあまりこう、はい。多分そう。で、当たり前やから、うんうんやるのが当たり前と思ってるというか、物は探すものじゃないけど、うんうんうん服は山の中からこう探すものみたいな感じにはいなってると私は思ってます。掃除をするためにまず片付けないと掃除ができないとかっていうのは兄弟いるんですけど、姉のところにルンバがあって、使うって言われた時にルンバを走らせるためには、はいそのための片付けをしないといけないからいらないって普通に言ったんですけれども、はい。それがだからおかしいことだなっていうのに娘たちにいろいろ言われて、確かにそうです深刻よ。うん深刻よって。なんとかしたいです。ということで、そうですね。いろいろ、まあ、そうですね、家族が幸せに暮らすためにもちょっと片付け頑張っていきましょう。はい。ちょっと重なるんですけども、最後こう、物を減らしてどんな生活してるのかお伺いしたいです。自分もそうですけれど、下の部屋が何もなくなって、で、3階、子供たちの部屋が、あそこはもうそのまま割と使えるんで、子供たちが家族と一緒に帰ってきて、何年か後に。でその時に、みんなで楽しく、その場所もちゃんと確保ができてっていう、そういうところを作りたいですね。いいですね。ちょうど今、撮影日は11月なので、まあ今、頑張れば、年末年始もすっきり迎えれるので、6日間ですね。はい物を減らし頑張りましょう。お願いします。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに、概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。まあということで、ちょっとカメラが回ってない時にね、どこから片付けていくんですかっていうのをね、いろいろ話してたんですけども、早速ですね、どこから片付け始めるかで言うと、あっちの部屋ですね、寝室にあるクローゼット、服から減らし始めていきます。行きましょう。じゃじゃんということで、こちらが寝室兼クローゼットになっているので、早速ですね、ももママの服から減らしていこうと思ってます。早速タオルをね、また習慣ですよね。ここに来たらこう洗濯物とかをパッと取るっていう感じで減らしていくんですけど、ももさんがゴミ袋を持ってきてくれてます。持ってきたよ。準備バッチシ。持ってきたよ。というので、多分ですね、このお家片付けようと思ったら、この45リットルのゴミ袋100は減らさないと片付かないですね。なんぼでも買いに走るわ。はい、もう50枚セットをね、持ってきてくださってるんですけども、ということでゴミ袋も持ってもうやる気バッチシということで、早速服から減らし始めていくんですけど、僕服から減らすのをお勧めしてる理由としては、服減らした翌朝からこうコーディネートが選びやすくなったりとか、まず変化を感じやすいからっていうところと、クローゼットを片付けると、床置きしてあるものとか含めて、ここが開けば、必要なものも入れ込めたりして、でしかもクローゼットって大体寝室とかリビングと直結してるんで、クローゼットが片付くとそこから芋づる式でどんどん部屋も片付いていくっていうところからまず服から減らすのをお勧めしてるのと、特に女性の方とかはやっぱりそれこそね、さっきセールで買うのが好きみたいな話があったと思うんですけど、ちょうど今季節の変わり目で11月上旬なんですけど、街に出かけるとね、もうアパレルが結構セールやってたりとかでつい買いがちじゃないですか。そうですよね。っていうのもあって、みんな結構ね、片付け終わってないご家庭で結構やっぱ服が多かったりするので、まず服から減らすのをお勧めしてます。はい。ということで、ここにお母様の服がいっぱい入ってるということで、ちなみに服、ここで全部ですか？他にもあったりしますか？上の階とか下の階とか。上の階はフォーマルがちょこっとあるかなっていう。フォーマルがちょこっととか、あとそっちにもあったりとかですかね。これ、はい私のワンピースかかってます。了解です。なので、服減らす場合は、もう家中にある服全部一箇所に固めます。上着下にあります。下にかかってました。あと玄関のすぐとことかに。はい、入って、左側に多分そこも含めて、もう家中にある桃ママの服全部ここに集めます。持ってこよう。持ってこよう。あれは一回来たけどっていうニットとか、あそこから普段選んでるんじゃない？めっちゃ最近直近で来たやつはそこや全部。それも含めて全部、服ってトータルコーディネートって言葉があるように、やっぱりこう着回しとか考えながら減らしてもらいたいので、全部集めます。そうですね。ここに早速どんどん置いていこうと思ってますが、メルルが。ということで、お家大冒険、服探しのために出かけます。ということで、お母様の服を探しに行きます。ここは冬物とかですかね。そうです。コー
トです。コートとか。まあ、なので、出かけるときに多分着ていくものだから、ここに置いてるとは思うんですけど、そこも含めてチェックしたいので、一旦全部集めます。で、もしかすると、ここ以外にもね、多分、あっちとかにも出てくるかもしれませんが、もう多分、こっから先出てくる服っていうのはもう多分いらないものなので、まあ、今後出てきても、もう減らすと思います。結構、ピンク系が好きですね。今着てるのもね、桃色の服ですが。なので結構、そうなんですよ。服がこういう風に、まあ、何箇所にも散ってるっていう状態ですね、今。というので、服を抽出しました。持っていきます。大量ですよ。大量。これもですね。で、これも、その減らした中の誰かにもらってもらおうシリーズが。誰かにもらってもらおうシリーズっていうのがあるんですね。もらいはいっぱいおんねんな。そう、多それでね。分サイズさえ合えば。結構ね、売る譲るを後にしようって言って溜まってる友達ですね。なんで、これだけ別にしといていいですか？ほんますぐ渡せるものだけ。そう。っていうので、ちょっと、それも含めて一旦こっちにでも置いときます。まだまだありますね。だよな。上に置いたら嫌だな。でももう、ご自身の服なのにもう置くのが嫌っていうくらい使ってないんですよね。汚れてるってことだから。シンコかけられてんな。これ絶対汚れてんのな。こういうカゴとかがですね。まあもう後ではい後で。もう全部そうですね一緒やわ、もうここまで来たら。ちょっとフォーマルな服とかも上にあったと思うので、ちょっと上行きましょうか。という感じで3階に登ってきまして、こっちにもまだフォーマルな服とかが置いてあるっていうので、結構ですね、これ、ももさんのご自宅だけではなく、意外とこういうフォーマル服を別の階、なんかお子さんの部屋とかになんか別に分けて置いてあるご家庭って意外と多くてですね。それも含めて全部、これ今出してもらってます。素敵な、これはドレスかなとかありますね。はい。発表会とかが多いので、この辺全部。パパかな私かなもう、私やな。っていうのもちょっともうね、混在して分からなくなってるっていう。ここも含めて、ちゃんと把握してもらうために、どんどん全部集めます。子供とお揃いのやつ。何これ。うわ、何の馬ですか、ちなみになんかはい昔見た気がするような。まあ、なのでやっぱりこういう風に上にもまだまだ服があったりとほんか、ま誰のほんまもう。掘れば掘るほど出てきますね。こんな感じですかね。はいもう。大量です。あるやん。なんかワンピースがいくつかあるのは分かってたんですけど、思った以上に、この辺ですね。それは把握してたんですけど、まさか。ありましたね。これを持って、なんか寝室、クローゼット片付けますほ。んまに足元注意で。これで家中にある桃ママの服は集まりましたかね。はい。今もう頭抱えて出しちゃいましたが、もうそれくらい。こんなにあるなんて。そうなんですよ。本当に物が多いとあっちこっちね、脱ぎ散らかしちゃったりとかして、一箇所に集めるとこんだけありますし、はい。頑張れって。そうですね。あとこういうところにも多分一部服があったりすると思うので、ちょっと軽く仕分けしていきたいかな。こういうコートとか、まあ冬のおしゃれ着に当たるものをちょっと先に分類していただきたくて、でちょうどですね、今撮影日が11月ということで、今結構冬物とかここに固まってるので、まあこれからの季節、着たいものだけをちょっと厳選していこうと思ってます。ないですそよ。れにあったものも着るのないです。あ、ないですね。はい、ただ衣装とかはお姉ちゃんもピアノの先生してるんで、別にドレス部屋衣装部屋があるんで、そっちに移動しますはありですか？まあ、使うんだったら、今ここに積んであるのが、1階にあった物置部屋の服たちですね。と3階。 3階も。なので結構ここはもういらないものが固まってますよね。なんでどんどん減らしていきます。ということで早速、ちなみにそちらのコートはいきなりもう入れちゃいましたけど、こちらは、何年前に着てたのかもわかんない。これの良さそうやで、でも。あったかくなさそう。せや。というのでもうどこで買ったかも覚えてないみたいなものはどんどん手放してもらって、でもっと言うと、まあ、今後はもうちょっと考えながら買い物していただいて、そうするとこういう風にどこで買ったか忘れるみたいなもの出てこないと思うんですよね。はい。なのでこれはどんどん手放していきます。昔のものはもう、さあなります。まあそうですね。まあ、なので、これは絶対自分で買ってなくて、多分実家から母のか姉のか借りてきて、そのまんま借りパクして借りパクして。仮パクしても、でも何十年も経ってるみたいな。はい今後仮パクが起こらないように。前で。これちなみにさっきお子さんの服もありますね。これお子さん、妹さんもいらっしゃいますけど、ももさんの。でもえ、来てたよな、絶対。入学式どこに来た小学校の ?20 年前じゃそうですね。20年前本当。可愛いな、でも。まあ、なのでちょっとこう可愛くて捨てられないとか、もしかするとお母さん目線で、ももさんがちっちゃい子に着てた服だからちょっと思い出もあって残したかもしれない。そのあれは捨ててもらってます、もう。そうですねキーヒもういらへんねん。僕もいろんなご家庭できて、特にお母さんがお子さんのもの捨てられないってすごい多いんですよ。例えば、よだれかけが捨てられないとか、例えば人によってはもう小学校1年生から6年生の漢字の練習ノート全部取ってるみたいな。お子さんはいらないと思ってるんだけど、お母さんが思い入れがあって捨てるねみたいな。子供たちがもういらんからほっといてって言っ
たものをそのまま置いてたりはてるので確かにあります。まあ思い出あるようででもなんかなさそうな感じがするので仮に捨てづらかったら写真撮って手放すっていうのがおすすめで、まあ、今回ももう動画に残ってるので、まあ、この服のことは思い出せますのでなんか着てる写真あるよな、多分。そう多分探せば出てきますそういう、自分のかなパパのかなって言ってるぐらいなんで、で大丈夫何の未練もない。ですどんどんもう減らしていきます行こう行こう。そう終わらんで。そうなんですよ多分自分のじゃないんかな。パリパクもう持ってたかも忘れてるような服は手放して大丈夫です。年末年始こういう風にこう片付け手伝ってあげて捨ててるっていう。あ、本当にそうですね。なかなか持ってくれよって言ってもそこまではいかないんで、ここから引っ張り出すぐらいしかできひんかったな。そう去年してた時は本当にもうこれもほんのこれもほんのほんのごめんなありがとうなって言いながら飲んだったんですけど、ここは3階にあったのも分かんなかったんで。そういう存在を忘れた服はもうどんどんさよなら。はい、さよ手放してる。これはいっぱい来ましたね。ねなんならあったら来年着るけど。一つ考えてほしいのは、まあ、今ちょっと迷ってますよね。この迷ってるって感覚があったら僕手放してもらいたいんですね。はいでなんでかっていうと、明らかに必要なのに対しては迷わないんですよね。例えば今使ってるスマートフォンとかって手放そうって思わないと思うんですよ。ないと困りますよね。はい。とか、今着てるこのパーカーとかも結構お気に入りですか？普段着てます。そうですね。なんか結構普段着てるので、まあなんかこの服じゃあ手放しますかって聞いたら、いや、着てるから手放さないですって答えると思うんですけど、はいまあその必要なものに対しては迷わないので、あれば確かに来年着るかもしれないんですけど、はいあれば着るってよりも、来年も着たいかどうか、着れるで残すと、どれも着れちゃうからずっと残っちゃうんですけど、心の底からテンション上がるくらい、着たいかどうかっていう風に取ってもらって、どうでしょうか？長いことありがとう。はいありがとう。これも好きでよく着てた服ですね。結構もうそこから今引っ張り出しましたけど、いかがでしょうか？好きで着てたけど最後に着たのはいつですか？もう何年前かわかんないです。わー、懐かしいっていう感じなんで、ありがとうね。おー、素晴らしい。よかった。なんか、最初、大体僕片付け始めて、はいで物量を見て、物量的に言うと実際6日間はやっぱ頑張らないといけないと思うんですけど、それに加えてやっぱり服減らし始めた時にめっちゃ迷われてると、あ、やべえ、終わらないかもみたいな結構、あ、でも、ドキドキするんですよこことかその、普段着てるやつってなると、そうまだわからん。基準としては1年以内に着てるかどうかも考えるといいですね。まあ、春夏秋冬で着なかった服は今後も着ないので。これは、 3人おそろいや。メルちゃんも。あー、確かに、これすごい。お揃いなんですけど、なんと、3つお揃いの服ですね。はい、姉のところも、はい姉と女の子2人で、ええどっか行くときに、それ貸してって言ってもらったんで、姉に返却パターンはありですか？一旦ちょっとじゃあ、それを分けといて、はいその代わり、結構ウルーズで出てると結構後回しになってこういう状態になっちゃうので、お家は近いので、まあ6日間片付けますね。はいその間に引き取ってもらうんだったら OK にしましょうか。っていう風に、結構皆さん譲るからっていうのを残しがちなんですけど、本当に譲るんだったら、そういう風に期日決めて約束して、今回言ったら片付けの期間中に渡すみたいな。そうでも結構みんなそれでこう、譲る、売るって言って何ヶ月も、ましてや何年経ってみたいな、ありがちなので。何年も眠ってたで。たっちゃんに今聞こう。あ、そうそう。まさに今聞いて、もうそこまでしてちゃんと譲るんだったら OK にします。みんなこれは結構やらないんですよね。もうええよって言うかもしれない。そうなんですよ。で、これずっと眠ってたものだから、親切心でこう、渡そうとしてますけど、もしかすると向こうもいらないと思ってるかもしれないし、そこも含めて確確認してもらって、ずあこれっと、パパの皿おー、これタグついてますね。なんかええもんやん、これ。おーだから、父ちゃんが着るかなと思って、これなんとタグ18,000って書いてあるので、値札も高いし、捨てるに捨てられへんと。ちょっとお父さんも後ほど帰ってくるので、まあお父さんの服とかもちょっと仕分けておきます。っていうので、ここにもともとなんかこう譲れるかもっていうのでずっと書きといた服らしいですね。連絡来ました。懐かしい服やね。一応戻してもらおうかって。ああ、じゃあ教えてくれる。聞いてくれるはい。これは知らないわって。たっちゃん。これ、んっていうかもう、はい15年ぐらいママが持ってるから、覚えてないななの。で多分確認するとこういう風にもう向こうも存在忘れてるとか、感じでどんどん。ここからが、まあ普段のプライベートで着てるアウターとかですね。こちらのコート、どうでしょうか？去年着倒しました。去年は着倒した。去年今年も着倒しました今年も着倒したいですか？着る予定。じゃあこれはいるやつでこ、れも今年もうすでに着てます着。てます。あ、じゃあいるもの。なんでここ見ながらちょっとこう少しでも迷ったものあったら教えてください。これ買った時パッツンパッツンだったんですけど、言ってたみたいに、去年しようとしたら着れるようになったんで、去年やっと着出したところなんで、今年はもうワンシーズンぐらい着たいです。一旦じゃあ置いておきましょうか。ただ現状そうですね、もう結構ダウンコートがすでに3種類あるから、ちょっと後で要検討ですね。これ今、はい週3週4で着てま。ますすこれバイク用なんで、これこれも週バイク用3週4で使っております。こちらは車で出かけるときは結構使ってはいる去年着てました。今年も着たいです。これな
これちょっと迷ってほますとんど着ね。てないんですよね。はい。これどういった服ですか？これ多分これの一番古いと思います。アウター、冬物アウターで、まあダウンですね。はい。なんでそんな悩むの？うん。ね、もうこんだけなんか言ったら一個ぐらいこれ掘りますっていうのを作らなあかんよなと思って。いやいや、いらんやろ。だって黒いっぱいあるもん。そう、黒のダウンもすでにありましたし、ねまあ同じような厚手のコートも、そうですね、ダウンもあるので、ですよまあね。これは手放していいかなと。なんでそんなこれ着なかったの？思い入れが。思い出？ああ、これなんか多、分だから自分で買ったっていうよりは多分、なんて母が、ああ、かはい。ら来たかが使ってたやつやったか、なんかの、なるほどね。うんうん。多分ね、ちょっと思い出せないぐらいの、はい。何らかの思い入れが。これがあったけども大丈夫ですね。はい。こちらはすごいショッキングピンク、紫かな。欲しい色で着たいなって言いつつ、そっちばっかり着てて、去年も結構着てないんです。うんうん。なのでそれが、そうですね、着てないっていうのが答えですね。まあ、なので迷った時は、まあそのさっき言った直近1年着てるかとか、まあ着用回数、頻度で考えると、はい。これはいらないですし、まあ着回しもしづらいですよね、この色。結構存在感ある色なので。マイメイコ。皆さはい。次のものん。いいかな。買った年はね、ものすごい着たんですよ、でもこれでも。まあでもそうです。結局多分長く着てるのはここにあるようなナチュラルな色とか黒とかが多いっていうのも、まあ減らしたことにはこれ分かりますよね。こういう服着てるんだなとか。これはいらないって。見覚えないって、これとこれの2つは。お姉さんですね。はい。今ちょうど LINE の返信も返ってきて、いいですね、確認してもういらないっていう許可も取れたんで。し、さっきこうね、お姉さんに譲れるかもって残したものも、いざ確認してみると、まあご本人はいらないっていうこともね、あったりするので、よかったです。確認できてよかったですし、まあ、こう何でもかんでもこうありようとしちゃうと、自分としてはね、こう、親切にやってると思うかもしれないですけど、まあありがた迷惑になることもあったりはするので、もう長年着てないのであれば、極力どんどん捨てる方向で減らした方がいいです。この服がどういった服ですかね？これが、はい言ってたみたいにちょっとサイズアウトしちゃった卓球のユニフォームなんですけど、ああ、卓球の、はい。この間20着30着ぐらい教室来てはる人らにサイズ合えばどうぞって言ったらうんバーッとみんな持ってってくれはってでその時にいなかった人が「まだないですか?」って言って言いはったんでもう一回厳選してまあなので、これを今度の時に持っていこうかなと思ってよけてたやつです。そうですね。なので結構なんで、ももさんの家庭は結構まあ音楽教室やってたり、親戚の方が家の近所にいていろいろもらったりくれたりっていうので、こういうのもあって結構物溜め込んじゃうのかなっていうのは見てて思った。なのでね、こういらないものが循環するのはいいことではあるんですけど、それゆえにちょっと残しちゃってるとこもあるので気をつけないといけないですね。次こっち行きましょうか。ここのクローゼットが、まあお母様のものがいっぱいと、こっちは旦那さんかな。はい。もうクローゼット片付けるというのは鉄則で、もう全部出すっていうのをいつもやってて、まあ全出しって呼んでるんですけど、はい。見ました。あ、見ましたね。僕の YouTube も見てくださってるところで、はい一旦ここのも出したいんですけど、こっちにも多分季節物とか入はい。ってる感じですね。ここ私です。先にお母様の服、衣装ケースも含めて全部出しちゃいます。また太るかな。あー、なるほど。体型の変化用に、まあちょっと大きくなった時に備えて取っときたいっていう、まあ10キロぐらいでしたって話があって、まあサイズアウトした服とかも結構取ってあって、でそれが、まあ特に女性はすごくそういうのが多くて、3000、35やみたいな、まあ妊娠の直後と後でまた体型が変わったりするから、意外と S、M、L でサイズごとに取ってたりとかするので、まあそれより残っちゃってるとは思うんですけど、サイズアウトしたものは結構もうここまではいらないかなっていうのはあると思うので、極力ちょっと減らしてもらいたいですね。これはなんか3点セットとかなんとかの一部だと思います。いりません。いらないですね。という感じで、全部出しながらいらない服あったらもうどんどん減らしていきます。汚い靴下なんか。奥から出てきた奥からって感じで全部出していくとそういう風に奥底にあったものとかも出てきますね。なので奥からどんどん出てきます。もう触るの嫌だって言ってるくらい実際そこもですね、もう大量の埃が。キャノンのなんかパーツ。もうわからんな。はい、もう大丈夫です。大前提ここに眠ってたものなんで、卓球の X です。これももう大丈夫ですかね。使いますこ。れはなんかの景品で出します。これはカバンかカバン。なまあカバンとかもこういう風にご丁寧に箱に入れてありますが、ちょっと後で出します。これ私の写真ですね。独身の時の。あ、思い出のものも出てきましたね。思い出のものは最後に見ます。思い出のものって結構ね、捨てるのに時間がかかるので、最後ですね。一箇所に書かので、いっこれで拭こう、後で。ぱい持ってきてくれてます。そしてここに本です。本ですね。好きだった漫画とか小説があるのかな。そうですね。これはもうさよならで大丈お夫。ー、これはもう手放すそうです。さすがにな。さすがに。読んでへんしな。覚えてますか？ざっくり覚えたかもしれないです。あれは、あれのは知ってました。でもあれと同じシリーズで、朝木夢見しどこ行ったわからん。っていうのをって言って多分子供たちに高校生の読ませてあげ時に読んだ。たのは覚えてるんですけど、あー帰ってきてないから、上
かもしれんな。片付けながら探しましょう。どっかにはあるもんね、この家の。 6日間の片付けで見つかるといいです多ね。分なんか絵本シリーズ。読み聞かせした時の、ちっちゃい頃に多分読んでもらったんだと思いますよ。多分仕事で使ってたかもしれないですね。ちっちゃい子相手に。ここにあるってことは思い出のものなのかな。これいります？孫ちゃんと遊びたいです。じゃあもう一旦保留しておきましょうか。思い出系なんで。これ最後でいいです。はい。っていうので、ここ一応、こっちがお父さん、こっちがお母さんっていう風に分かれてはいるんですけど、結構もう、下が私です。のものがあったり、人ごとに分類がされてないから、結構探し物もね、何がどこやらってので大変だと思うし、これは人にあげますって言って去年置いといてんけど、娘にいらんねやったら掘りって言われたんで、今年はさよならしようかしら。さすがにね。はい。もうこれはいらないです。はい。なんか、これはライブグッズです。タイガー。あ、そのゆうすけのはい。ライブグッズ。さっきの、ひまわり。ひまわりを必ず持っていくんで、なんか毎年買ってたやつがどんどん溜まって。ゆうすけさんの応援グッズ、ひまわり使うんですか？ひまわりってよくありましたよね。多分、その時にファンの人がみんな出して、素敵な。なんか僕もですね、結構アイドルのファンの人ですみたいなご家庭はいっぱいいてるから、ペンライトとかをよく減らしてきてるんですけど、ゆうすけってありますけど、こういうのは定番ですけど、いっぱいありますね。応援グッズ、ひまわりもあるっていう。去年のがここに。去年も行かれて、もう一個ぐらい丸いのなかった？ちゃんとここにあるっていうのは把握はされてるんですね。どこだこれ最近見てんけど。まあ、後で見つからんちゃう。そうですね。っていうのが、物が多いことによって、探し物がね、早速発生してますけど、僕らもゆうすけの。ゆうすけの。っていうので、あとなんか他にもちょっと、どっか違うペンライトとかありそうって感じですかね。多分ライブグッズはまだあると思う。まだありますねうわ、でも中が。まあもうこれは大丈夫ですかね。結構しわくちゃになってますが。今、新しく買った方のやつばっかり使ってるんで、はいライブ行くときはまあ古いのは大丈夫だと思いますし、またライブ行ったら新しいの欲しくなります、絶対。買います。はい、そうですよね。だからまあそういう風に好きなアーティストがいて、ちゃんと応援続けてる人ほど定期的にこう手放していかないとどんどん溜まってって、新しいものも買えなくなっちゃうんで。この中に T シャツがものすごいいっぱいあります。おー、いいですね。最近買ったカバンどちらになりますか？あそこに赤いの。ここにもひまわりとペンライトがあったりして、ちなみに2人にクイズです。人間って人生のうちに探し物をどれくらいしてると思います？さっきもね、ちょっとファングッズがどこにあるかみたいな話があって、まあちょいちょい探し物なくし物がね、発生してると思うんですけど、一生でですか？一生で僕たちが探し物何日で起きてるか、時間にして。 1年間分ぐらい。おー。余裕で多分ライブ行くってなったら、まず今年の買うからいいやって、もう一個どれ持っていこうかな、何年前のにしようかな、つくかな、電池変えようかなとか、なんかそっから始まるんで。まあそういったそうですね、いろいろ探し物、実は153日って言われてますね。あ、言い過ぎてる。まあ一応半年、まあでも結構本当にそれくらい僕たち物が多いことによって153日、まあ平均だから、まあ、こういう風に多分多い人は、もしかしたら1年ぐらいの人生のうち、でももったいないですよね、そういうの。もったいない。そう、っていうので、そのままチケットも出てきましたが、まあなのでこういうのもパッと取り出せるように今後ちょっと整理していきつつ、古いものは手放していくっていうので、いいですね、ひまわりがいっぱい。まあそうですね、一旦この中に、最新のカバンの中に、こういうペンライトとか応援グッズはまとめるっていう風にしときましょうか。いいですね。でもお母さんもちゃんとだいぶ行って、ちゃんとペンライト振ってるんですね。去年は3人で行きました。ゆうすけのやつに。15周年記念のあれだったんで、子供たちは初めて、それこそ羞恥心の時に、そうですね、僕もそこまではギリわかるかな。というので、ここも掃除も進んできて、あと1個、あのカゴなんだ。一番奥底から出てきた。ごめん。これさっきのゆうすけさんの。まあ綺麗にしたら埃まみれで見つかることもなくなるから。ほんとそう。でもちゃんとライブグッズは入ってたやろ。はい。ここに入れてるっていうのは入れる場所にいいかなって。そう、まあでもこれも本当に片捨てとけば、まあ、埃も被らず、しわくちゃにならずで。さっきの赤いカバンがもうあるので、大丈夫ですね。ぬいぐるみですね。あ、ぬいぐるみ、ポケモン、ポッチャマの2つ同じのあるけど。発表会の参加賞じゃないけど、全員に最後、プレゼント配っとったやん。で、それで妹の分と、出た子にもらうやつ。全然ポケモン好きじゃない。一回も出てない。未開封なの。そうですね、両方とも未開封なんですけど、特段思い入れもないですよね。ポッチャマがかわいそうですが、行きましょうか。と、これだけでしたね。これですね。ちなみにこれは、けど、もういいですね。はい、いらないです。なんでここはもう人形が入ってるだけで、これも絡んできます。これも手放します。おー、久しぶりの床ですね、きっと。もう理想言うとここ何も置かないくらいが一番いいです。あ、大量大。だいぶ年季もあるし、埃もだいぶ被っちゃってますが。あ、やばいサングラス。ケノンのサングラス。もう使ってない。ないですね。なので、まあ、この2つは手放します。そして、裏でももさんがもうゴミ袋をたくさん出して、お願いします。
これ動画でわかるかな。よーく見ると奥になんか詰まってますね。パパの危ないもんとか違うやろな。なんだこれ。これ何でしょうか。開けたらあかんやつ。そういう系。ちょっとそのまま捨てましょう。はい、このまま。中身気になるけど、そのまま捨てます。仕事のなんか、画用紙とかが今から出てきたんですけど、もうこれは大丈夫ですね。パパのようなほこりが出てくる。以上。以上で一旦隙間は出せましたね。はい。おー、もうこんなにゴミ袋はどうですか？今、まだ減らして1時間も経ってないですけど。物はいいとして、埃がやばくても。そうですね。お二人ともマスクしないとっていう。もう何十年もずーっと多分埃かぶってたものがあると思うので、まだまだ出ますから。水張りが刺さっちゃったそうなので、取れました。よかった。はい。お気をつけて、結構片付けてると物に殺されるってことがちょいちょいあって、過去には画鋲を踏んだ方とか、紙の本とかで切ったりとかですね。あるのでお気をつけてください。ということで、一旦ここら辺出し終わりましたが、いかがでしょうかこの景色。まさかの、ここがあるから、ここは短いものだけにしましょうって決めて、ここに釣ってあるんで。そうですね。で、そのまんま、実はですね、ここは、引き出しになってます。なので、ここの服も一旦全部出していきます。これ開ける場合は、なるほど、こうして移動させて開けると。これが今からのものです。冬物、ニットとかがいっぱい詰まってますね。ちょっとあそこら辺に出てたのはもうすでに着てるんですけど、これがこれから使うやつ訳していくらしいです。というので、引き出しの服も全部出していきます。そしてなんかちょいちょい石鹸が出てきてるけど、なんか芳香剤的に置いてるみたいな。そうです。なるほど。引き出し全部に入ってるよ、多分。多分。なるほど。ちゃんと専用の芳香剤なんかなと思ったら、普通に石鹸ですね。すごい、石鹸の有効活用。こんな方法があるとは。旧石鹸、それでしか見たことないうちで。確かになんかちょいちょい片付けてなんか石鹸の香りするなと思ったんですけど、謎が解けた。いや、量多いね。減らしたと思っていたが。まだまだあります。これがこれはライブ T シャツ。ライブのタオルそうとライブの T シャツそうとイベントの時にもらったブランケットで。で、これもう歴代のライブのやつ全部買ってきたって感じですね。はい、素晴らしい。で、こっちが運動着とかかな。そうです。はい、これも太いね。あもー、ういい。もういいって感じで出しながらいらないものはどんどん減らします。これ着てないね。もう長いこと。もういい。結構この引き出しにあるものはそういう長年着てないものを、ここのほど着てない傾向高いのでお願いします。はい。って感じで全部、こっちは出し終わりですよ。まだありますもんね、こっち。ちなみにこっちはお父様のものでもなく、私の夏物とパジャマです。なんでお父さんの服ここしかないんですよね。多分あっちでもうちょっとあると思うんですけど、なんでここ家族のものが混じってますが、ほとんどママの方ですね。これもゆうすけさんなのかな。そうです。ちょいちょい、そうですね。こっちにも。これ今年のライブ T シャツ。まだ引き出しの多分上の段とかは結構新しいけど、下の段は多分古いとか、ここにも石鹸が、顔のやつと、これが、ここも夏です。どうしようかな。他冬あります？今年着て洗濯したやつここ入ってます。じゃあ一旦ちょっと冬とか秋物系全部ここに出せたので、先にここから見直していきます。あとなんか吊るしてるものとかでも冬物あります？そうですね。なのでこのタイミングでちょっと冬物一気に出しちゃいます。あとこれだけ。これとこれと、あとそしてハンガーが可愛らしいピンクのハートのハンガーですね。ピンクが好き。なぜか僕の YouTube に出る人、みんなピンク好きなんですよ。けどなんかピンクっていうのは、その女性から見た時に母性をくすぐる色だったりするから、ピンク色があることによって見てて落ち着くとか安心するっていうので、実はピンクってそういう意味ではこう女性にとっては必要な機能性を持ってるというか、そうだから結構ピンク、物が多い人は特にっていう。はい汚いなぁ。っていう感じのめっちゃぬくいんですよ、これ。はい。ぬくいっていうのは暖かいっていう。そうです。あったかくて、めっちゃ着てますし。さあ、私まだ着てないんですけど。まだそっちにも冬物あります。これは完全に卓球用。卓球用。すごい量だ。ここでメルルがくつろいでます。埋もれちゃう。早く減らしてあげないと。これ一回でなんかの時に、はいスーツとかって全然持ってないんで、そういうようなあれをしたことがないんで、はいで一応まあフォーマルので時に、はい、そうですねこれは大学の卒業式娘の時に、入学式かなにするように買いました。ここも変わらずピンクですね。ありました。こっちのクローゼットにもいっぱいありますね。冬物って言われたら、あそこ短いのしかなかったんで、丈が長いのをこっちにはい。置いてる感じかな。そうですね。娘さん目線からするとね、今、お母さん頑張ってますけど、こんなにいらんやろうっていうふうには多分ね。そうですね。何日かかんのこれ全部金のって思いますね。そうですね、本当に。無限に出てくる。ね、冬服だけでもこんだけあるから、結構冬多いですね。特に冬物ってやっぱりこう、私寒がりですみたいな方とかだと、結構たくさんニットとか、さっきもぬくいっていう言葉が出たと思うんですけど、冬物はね、みんな買っちゃうんですよ。はい、っていう感じで、一旦冬物が全部出し終わりましたが、これ全部着れないですね、冬。毎日がコーディネートしても余るんじゃない
ゃないかっていうくらいいっぱい服がありますので、このタイミングからちょっとクローゼットもぼちぼち開き始めてきたので、この冬絶対に着たいですっていう冬服は、もうどんどん書きていきます。これ絶対着る。発表会の時とか、けどはい普段のちょっとどっか行く時に使うよねっていう。っていうのも、まあ、発表会も兼用してるっていう、これもお家用でお。家を。スーツもう着る機会さすがにないか。であれば大丈夫ですね。まあ、最悪必要になったらもうレンタルとか借りれるところもいっぱいあるので大丈夫です。これ去年も悩んでんな。これもう役目果たしてるわ。おー、いいですね。役目果たしてるっていう言葉が出たと思うんですけど、そうですね。まあ、去年迷ったくらいね、着てた服だと思うんですけど、で多分去年、いやもうじゃあそんなん言うんやったらもう今年着倒してって言って着倒した結果これなんで、どうも長いことありがとう、ぬくかった、あったかかった、大好きやったっていうかここも着たな。ほんまやで。というので、まあね、今くらいこう、すごい情熱的に語れる服を今後残してもらいたいんですけども、これは、はいお役目果たしてるっていうので。このまま着て外歩けるかって言ったらあ歩きたくはない。歩きたくないでもそう思うんだったら、すごいもうそれはもう迷う余地ないですよ。迷う余地ないし、まあこうやってやっぱり、買った時は多分おしゃれだと思って買ったと思うんですよ。多分もうこれも時間が経って趣味思考が変わってきて、普通に買ったのいつ頃ですか？ざっくりで3も。年か前ぐらいかな、もうちょっと前かな。多分なんか試合会場でどっかのおじいちゃんが着てるなと思って見てから嫌いけになったなくなった。はい。なんか着てる時にそのお揃いのおじいちゃんっぽいとか、例えばオレンジ系だと着た時にジャイアンっぽいとか、自分がおしゃれじゃないものと連想される時は手放した方がいいです。これね、お気に入りでなんですけど、ちょっと座ったら座りじわがひどくって、クリーニング出してもいまいちあかんかった、洗ってもあかんかって、いいお値段したからずっと来れなかったんです。でもなんかどっかにさあ着ていこうって言って入っていくと、立った瞬間にシワだらけ来たなーってなるんで、外にも着ていけないんはです。桃はシワが結構気になるってちょっとあると思いますね。今後の極力買う時とかもちょっとシワになりづらい素材のものを買ってもらったりするといいかなと。素材の問題ですかね。これ結構素材の問題ですね。タグ見ていただいて、レーヨンっていう生地が入ってるんですけど、質感はすごい結構高級感が出やすいんですけど、シワが寄りやすかったり、まあちょっと毛羽だったりとか、ちょっと扱いが若干難しい服です。値段も高かったですよね。ちょっと。はいそう。で、レーヨンってまあちょっと割かしお値段高めの生地で、実は値段が高い生地ほどクリーニングが必要だったりとか、管理が結構難しいです。まあ、例えばユニクロとか GU で買う服って大体綿素材かポリエステル化学繊維のもの。そういった安い服って意外と全然なんかもう適当に洗濯とぶち込んでとか、ガシガシ洗えるじゃないですか。逆に高級繊維の服ってなんかおしゃれ洗いが必要だったりとか、結構管理も難しいと思うんですけど、そう、高い服ほど結構手入れが必要になってくるので、まあ、そこも含めてちゃんと、クリーニング持っていくとこまでしていきたいかというのを考えないといけないですね。はい、ただそのクリーニング出す以前にピアノを教えてたりすると基本座るんで、帰りしないにはどうしわがってなるんではいさようならです、そうですね。まあ、なので今後そういうパンツとかちょっとシワになりづらい、まあポリエステルとかが多めの服とかを見て買ってあげると失敗が少ないかなと思います。これ買って1回ぐらいしか着てないけど、なんでやったかな、なんでかわかんないけどあんまり出番なかった、シワちゃん。これもシワ寄ってるからじゃん、結構。そう、せっかくなのでちょっと捨てる時にもこうちょっと原因分析セットにしてもらいたくてですね。今後も同じミスを繰り返さないようにって言って、こうやっぱ捨てるからには必ず理由があるので、そうですね。まあでも確かに見た感じこれもちょっとシワかなと思いますね。それこそまたアイロンかけたりとか、クリーニング、まあメンテナンスしてまで行きたいかって言われるとどうですか？もうめんどくさいですよね。と思ったら捨てる時です。お気に入りではい去年痩せてやっと履けるようになったスカートなんで置いときたいです。めっちゃ着たいかって聞かれたら何のコメントもないんですけど、何のコメントもないっていうので、ママに教えたいことで言うと、はい、ニットのやつめっちゃぬくかったとか、熱弁しましたよそうそうね。熱弁しましたよね。はいああいう服を残してほしいんですけど、本来は。これ特にもうノーコメントで語ることもないっていうはいことだと思うので、まあこれはもうなくてもいいと思いはい。ますし、って思いました。だからさっき喋ってて、うわめっちゃ喋るやんって、まだまだ多分喋ることあるわって思ってこれ、はいなんかあるかなって自分でも思ったんですよ。何にもなさすぎて。そういう熱弁できる服だけにするっていうのが理想です、今後。はいあれできる熱弁。まあまあ今のとこここにある服たちは熱弁できそうですか？例えばこれは。みっこちゃんがいつも思い出系。可愛い。ああ、はい。数ヶ月前に旅立っちゃって、あ、そうです若いまま。ね。それくらい思い入れがあるものだったり、まあ他にも思い入れ関係なく、これとかはま。だ去年かなんかあったところで、すごい着やすかったんで、今年もいっぱい行きたいです。うんうん。っていう風に語れるものを残していってもらいたいですね。ということで、これ、ノーコメント。はい。今ちょっとスカートまとめて見ていきます。これはこれは、いいですかね。これはもう、そうですね、結構明るめの黄色ですけど、今まで多分残した服たちにこういう色ないですもんね。なんで普通は、
あるんですけど、冬のこまあ、れは、秋冬は着ないですね。まあ、まさになんかこう、夏場だったらこういう明るい色着るけど、まあ、秋冬はこういう色あんまり着ないですね。でも、まず今後はちょっとこういう色分からない。はい。ちなみに、こういうのってどういう場所で買われたりします？普段服買うときって。さっきのちょっといいのとかはデパートで買デパートで買ったり。ってます。あとのはでもイオンモールとか多いですね。さっきの黄色いスカートとかどうですか？黄色多分通販っぽい、なんかあんまり試着して買った記憶がないかも。よくあるその何ぼ買ったら送料無料とかで仕方なしなんかあとこれぐらいの金額のもんなんかないかなって選んだ気が。なるほど。それ一番良くない買い方ですね。もう送料無料にするために。でも結果高くついてますね。多分それで。多分送料払った方が良かったんじゃないかっていうくらい、結局さっきの黄色いスカートですね。はいほとんど着ないで。そう、ほとんど着てないって言ったらあれもそうやし、なんかはいここがプリーツになってたこれだ水色っぽいの。はい。これやな。この辺は多分通販で買ったような。通販で買うと本当に失敗するんですよね。僕ももういろんなものが多いこうやって言ってきてるので、やっぱみんな聞くと、やっぱ捨ててるものは大体通販だったりして、で逆に残したものはやっぱりみんな実店舗に行って買ってたりするんですよ。ちゃんと袖を通して試着して買ってるから、まあ、最悪ね、通販とかだと届いて試着して失敗した場合も、買って1ヶ月以内だったら返品できますとか、あってみんなそれで買っちゃうんですけど、まあ、結局返品がめんどくさかったりして、で、埃かぶっていくっていうので、なんで今後は通販で買わない方がいいですね。買う場合はもうイオンモールなりお店行ってもらって、ちゃんと試着してから買うっていう。そうします。はい、そうなんです。やっぱ試着しないと、まあもちろんサイズ感もわからないし、そもそも女性だとフリーサイズとかも多かったりするから、フリーサイズって言っても結構ね、本当にブランドによってサイズまちまちだったり、やっぱ手に取って触れないと生地感とかもわからなかったりするので、今後はちょっとちゃんとお店に行って試着を。はい。お願いします。咲かないですね。それも、はい。悩んで、これ何年も履いてないまま捨てれてないんです。ああ、なるほど。悩んで。でもそうですよね。悩むってことは多分、いつか着ようみたいな理由で残して、なんかが嫌だったんです。多分履いたら、あ、そう、これが嫌やってんってわかるんですけど、なんか捨てれなかったでです。すね。もう大丈夫ですね。さすがにね、もう去年も一昨年も言ってたから、さすがにな。これはこれも痩せてやっとこれ可愛いな履けるようになったやつ。けどここ実は避けてん。お、これほんまや。どうにかなるかな。まあそれはまあリペアして、まあ持ってったりとか、ね、なんなら僕もですね、今ちょうどパンツピリピリにこと破けて、結構思いっきりパンツ今縫ってるんですよ。あさって福岡に帰るからもう一着の方帰れるんですけど、今片付け飛び回ってて、もう一着しか持ってこないで僕ここ来たから、買えなくて、100均で黒いの塗って、めっちゃ破けてるんですよこれ。これぐらいやったらいけそう。はい、全然まだ直せると思います。で、今みたいにリペアしてまで着たいかっていうのを考えて、イエスって答えたんだら残していってます。これがさっき言ったクリーニング持ってってまでとか、そういう時にノーって答えた服は減らすっていう。はい、僕ももうこれ直してまで着てるくらい好きなんで。ちなみになんかこう、普段の体重で言うと10キロ多かった時っていうの方がデフォルトですか？その間ぐらいが多分ずっと、はい。だから今からプラス3ぐらい、そこがずっとデフォルトでした。ちなみになんか体重が増えた理由とか聞いてもいい理由ですか？増える時っていうのは大体、身内に不幸事があると、いろいろといただくじゃないですか。で、何日までにこんだけのお菓子をみんなで食べなきゃっていうので、さっきキノコの里もね、ボックスでありましたけど、ああいうのですよね、おそらく。そう。今までも結構プラスマイナス5ぐらいは上下はしてる方なんです。なんで、また減らせるしって言ってたら、今回はプラス10までいったので、さすがにやばいなと思って減らしました。なので結構そういう風にダイエットも頑張られて、着れる服もね、出てきたと思うんで、今が着るタイミングですね。なので、こちらは。これね、色違いなんです。あ、本当だ。黄色と黒でありますが、着てますか？両方とも着てます。今年も着たい。できれば着たい。できれば着たい。絶対残します。あ、でも色違いで買うくらい気に入ってるものですね。そうですね。はい。ちなみにこれはなんかどこがお気に入りで買われましたか？ふわふわ感と、でこっちは多分ライブの時とか、さっきひまわりなんですとか、なるほど。言ってたみたいに、上が黒い T シャツとかの時は結構これ、ライブ T シャツに黄色とか。黄色。じゃあいわゆるこれ参戦服って言われる色ですね。ゆうすけさんのひまわり直してて、じゃあライブ会場行くと結構この色の人が多かったりするのかな？まあ基本みんなライブ T シャツは着てるんで、下はもうみんな自由です。じゃあこれは残します。はい、お気に入りですね。こっちはこれが一番古いかな、この3つでいくと。どれか絶対この3つの中で掘らなあかんってなったらこれですかね。そうですね。と思ったらこれは手放していいと思うんですけど、あとは、ここに割とスカート今残してきてるので、こことの組み合わせというか、色とかデザイン機能が被らないものを残していったりするといいかな。そうですね。お母さん割と結構毛玉ができてるかどうかとか、シワがあってるか結構気にされてるので、そこでも大
大事で、結構本当気にしない人は気にせずにどんどん可愛いからって残す人もいるので、この後とかあんまり毛玉ができるような素材じゃなくて、スウェードですよね。なので、ここ毛玉できづらい素材の服買った方が長持ちすると思います。っていう風に、こんな風に、僕、物別で片付けるのをお勧めしてて、まあ、よく皆さんやりがちなのが、例えば場所別ですね。リビング片付ける、寝室片付けるみたいなことを皆さん結構活躍する時にやりがちなんですけど、まあ、今回服から一気に減らしてる理由は、こういう風に、さっき黒いスカートもあったからいらないよねっていう風に、物別にやると、こういう風に比較検討しながら減らせるからすごい効率いいので。残した服、ここにありますけど、どうですか今こう、ざっくり残してみた、今こういう服持ってるんだっていうのが、なんか把握できるようになってきましたよね。はい。っていう風にこれ繰り返していくと、もうこの色のこの素材はあるからいいやっていう風にどんどん減らせるようになってくるので、この調子でどんどん服を終わらせちゃいましょう。これ大のお気に入りっていう言葉が珍しく出ましたけど、こちらどういったところがお気に入りですか？いっぱいいろんな色が入ってて、確かにこれ可愛いですね。じゃあこれは残すで。でもさっきのやつとちょっと似てる。なんかこう、下からこうスカートがあるような感じで、上はその肌見せもなく、ゆったりと着れて、それがいいんじゃない？確かに。そうですね。今後こういう服買うと失敗も少ないし、気に入って長く着れると思いますし、これだと服装選びもこれ1個で済むから楽ですよね。女性の方とかは結構ワンピース使ってあげると、服装選びも楽だし、服の数も減らせるので、男性にはワンピースってなかったりするから、そこはミニマリスト目線だとすごい羨ましいなと思うことがよくあります。で、服減らしたい方とかはワンピース多用していくといいですね。今年の春に500円か1000円かでなってたんで買って、まだ着てないんで、とりあえず着てみたい。まあ、ただ500円か1000円で買ったみたいなところが多分安さを理由に買ってるものは大体長く着なくて、これ自体が着たいというよりは安いから買ったっていうのが大きな理由だと思うので、まあ一旦もう少し着たいということで。まだ1回も着れてないんで。今週着てみたら。着てみる。っていうので、そこ見てたら、ダイソーの文字が見えたんですけども、これ未使用の布団カバー、そしてなんか、呼ばれついてませんこれ。いくつか買って、で、その使っていって余ったやつが、最悪別に買い直ししようと思えばダイソーなんで、100均で買い直しもできますし、僕できたら、クローゼット、上の階も含めて、どんどん空にして、圧縮しなくてもそのまま置けるくらい、十分クローゼット広いから、なくてもいけます。はい、で今、服減らしていってるんですけど、ここどういう風にしようかなっていうのを、僕どう考えてるかっていうと、理想を言うと、もう引き出しもなしで、すべての服、ここお母さんのが吊るせていけるといいかなと思ってて、クローゼットが大きいの2つあるんですよね。で、今、片方の方にお母さんとお父さん2人の分が入ってるんですけど、それぞれ別で、こっちはお母さん、こっちはお父さんという風に分けてあげると、ファミリークローゼットとしてちゃんと使いやすい。今結構ね、ごちゃごちゃで2人入っちゃってるから、なんかお父さんのスペースにお母さんのものがあるとか、で探し物もそうですね、無駄に発生しちゃってるし、何より、こっちは今開けれるんですけど、そう、開けようと思ったらこれをゴロゴロって動かして、で、開けるっていう。この玉めんどくさくないですか？すっごい。めんどくさいですよね。で、多分実際それで、この引き出しの下の方とは使ってない服だったりとか、まあたまにしか使わないライブ T シャツ詰めてたっていう状そうです況ね。だから衣替えしていらないものをここ入れてっていう感じ。なので、ここを減らせば、めちゃくちゃクローゼット広いので、もうこの引き出しなしで多分全部吊るせますし、全部吊るせるくらいの物量が一番いいです。やっぱ管理もしやすいし、実際引き出しに入れるっていうのはもう持ちすぎなんですよね。吊るせずに詰めてる時点でまず持ちすぎだし、もっと言うと、詰めてるとどんどんシワができちゃったりとか、まあ通気性も悪いから埃かびてきてっていうようなことにもなるので、極力僕はもう持ってる服っていうのは全て吊るせる量まで減らすっていうのをお勧めします。なので、もうここを空にする勢いで引き続きどんどん減らしてもらいたいですし、ちなみにこのタンスは思い入れはあったりしますか？なんか。嫁入り道具？はい。コンレンダースですね。そうですね。で、ここに入るものがいいっていうので、こういう形になったんですけど、でももうあの時に買ったのにっていう母ももういないので大丈夫です。これケースとかで例えばなんか残すんだったら、これが残るのかなと思ったんですけど、その使い勝手のとこもありますよね。そうですね。この木のタンスって引き出す時も結構重いと思うし、さっきもね、なんか何気なく水針刺さって、木のなんかが破片が刺さったりね。なので木のタンスって正直あまり僕お勧めしないです。で、特にちょうどお母さん世代の方々が、コンレイダンスとかで結構みんな引き継いでる方多くて、もう僕もたくさん捨ててきたんですけど、形見もあったりして、っていうのはあると思うんですけど、もしも手放す決心ができてるんだったら、これ手放す前提で動いていこうかなと思うので、もうとにかくここの服減らして、で、こっちにお母さん、こっちがお父さんの服っていうので、もう全部吊るせるように、もう引き出しを使わない生活目指しましょう。そしたらここの恐ろしかった氷が溜まってることもなくなりますしね。まさにそうです。ああいう手間も省けますし、ここのね、わざわざ開けて出すっていう手間も省けるから楽だと思います。
ということで、こっちはいい感じに入れるぐらいまで太りません。さよなら。おー、決意が。でもなんか、どんどん捨てれるようになってきましたね。そしてこれ手放すと、あと持ってると、減らした後に結構リバウンドする人とかって、やっぱり、減らしてもまだこういう収納ケースとか引き出し持ったままにしてて、で、ここに隠せちゃうからどんどん買っちゃうんですよね。そういう意味ではもう隠せないように、この引き出しも減らしていこうと思ってます。そちらは、ニットですね。珍しい薄手やけども、今年も着る間なく寒くなったんで、ねえそうなんかですよね。今年はまあちょっとイレギュラーというか、もう半袖からいきなり厚手の服着るくらい急に寒くなったからですね。まあでもどうですか、来年着たいかっていう観点に考えております。来年とか次の春とかに着たいかですね。もうワンシーズンで出なかったら、その時にさよならします。ももさんがちょっと本当かなとか思いながら、そんな表情してたから。まあまあてかその春も多分、うん去年来ましたかって言ったら来てない。うん、じゃで、出番あ、が少ないねんな。であれば、まあ多分他にもまだ出てくると思うし、はい。全然未練はないな。じゃあ大丈夫です。潔く行こう、潔く。最悪。あとその後ですね、もうここを引き出しもなくして、ここをお母さんのクローゼットにするって決まったので、お父さんの服も一旦出しちゃいます。こう見てみると、お父さんの服はまあ、お母さんに比べると少ないのかなと。あとなんかこういう、いつ金のみたいな服が多い、パパは。このなんか重いジャケットとか、上の革ジャンとか。ももさん目線でもあんまり着てるのを見たことないみたいな。もう全然ないですね。めっちゃ重たい。やばい。もう着ててほしくない。あの時代言が。葉悪いですけど、僕中学生の頃に着てたみたいな感じの、お父さんが着て見たことありますいや昔とかやな。ネクタイ。汚い。ほんまにやで、ここにあるもん全部もうほこりまみれ。そう結構、キャーって言うんで、お父さんの周辺の服も結構ハンガー含めほこりかぶってるものが。ほこりだらけなの。ハンガーもだいぶほこりかぶってたりしてて、古いハンガーしてます。これじゃない、なんかワンポイント用のベルトっぽくない？細いし。もう破れかぶれ。なんか固まってますよね、ハンガーが。なんか直立してますもん。すごいね、このハンガー。お父さん見てもらいましょう、これは。明らかにいらないと思うんですが。これもお父さんの。もうほっても気づかん、さすがに。だいぶボロいですね。もう内緒で捨てたいぐらいし、捨てても何か言われないとは思いますが、一応そうですね、お父さんに確認してもらいたいので。そう、なんかそれね、めっちゃボロボロで。やばい、どんどん。やばい、そっち。ほら、うん。そうこれさよなら。お父さんこれさすがに着れないですね。これはボロ無理や。、ボロッボロ剥げて今。だって、ほら。錆びてますね、これ。錆びて生地がボロボロになってるっていう。だから多分下手するともう本当に2、30年ずーっとそこにある、着てないみたいな感じだと思います。さっきのやつが、こぼれたやつが、この上ももいっぱいや。さっきのレザーのやつで剥げちゃって。もうこれ、あんま着てなかったから、これも捨てちゃいましょうか、いいですさっきの。ライダースジャケットがあんなボロボロになったの初めて見た。ちなみに結構お父さんなんかライダースとか、なんかワイルドな服が多かったんですけど、よくこういうの着てるなとかあります？今は最近着てないな着てないだろうし、普段の服っていうのはどこから取ってきてらっしゃいますかね？使ってる形跡がもうなかったここは本当に使ってないと思います。上の階ですか？いや、上もずーっと着てないと思いまってことはじゃあもう洗濯したところから取ってきてるみたいす。な。あ、そうだと思います。ああ、だからそう、なんかあんまりこう、ちゃんと使ってるクローゼットというか、と、あと、あそこに出てまあ、そうそうしたね。ブルブルの上にかかってる。はい、なるほど。あれか、ここから取ってきてるみたいな感じか。じゃあ、お父さんのスタメン服ここにあるんですね。謎が解けた。であればそこ多分ほとんどいらない服でしょうね。あ、これは、だから本当は、これの時に全部捨てたいくらいなんですよ。そうですね。上も。そうですね、多分上と下、おそらく捨てても気づかれないレベルのものだと思うんですけど、もうお父さんとね、向き合ってもらいたいんで。 80センチのハンガー。子供用。じゃあ、ここからまたいる服どんどん借りて、もうここお母さん専用のクローゼットにしていきますか。こちらは去年着た覚えないです。捨てましょはい、どんどん行くよ、どんどん行くよ。巻いて巻いて。う。巻いて巻いて。これいっぱい着ました。はい、オッケー。これもさっきのとこのやな。毛玉なんです。おー、これも好。きやけど毛玉できんねんな、ここ。でもここもな。じゃあいいもん。はい。なんか白がないって言って、白を買おうって思ったら、なんか白ばかりになってます。ちょうど今ここに白ニットが3つあるんですけど、白ニットブームがあったのかな。多分下が暗いから、白が多分欲しかったんだと思います。これ3つ全部着ますか？ V ネックなんで、これは着るんです。こっちとこっちはやや被ってるので、確かに今どっちかでいいかなっていう。長い方かな、これ短いんで。はい。こっちを残して、これはなくてもそうですか？うん、でもこう買ってまだ1回も着てないで、去年長かったから。そう、逆に言うと、去年買って1回も着てないってことは、これすぐ袖通しておけばよかったんですよね。そう。本
本当に好きだったら買ったらすぐ着ません？一応多分着るのは着てるんですよ、去年。これを着た、これを着たっていう区別の記憶はないですけど、白いのを着てたなは。今年着たいのはもうこっちですかね。はい、残すなら、長い方かな。こういうデザインは好きって感じか。毛玉ですかね。離れると毛玉なんか自分で全然見えないんですけど。そうですね。やっぱり毛玉っていうキーワードが多分もうこの形中に何回も出てると思うので、これから先もいっぱいこう、可愛いデザインのニットとか服出てくると思うんですけど、出てくるよ毛玉が気になる服は捨てるっていうルールでいきましょうか。はい。服まだこんなにあったとは。こっから先まだまだ服あるんですけど、衣装ケースもまだあっちにもあるので、もうまだまだ減らしていくんですけど、こっから先は結構今残した服書きてるので、ここ見ながら判断してほしいですね。例えばこれだったら黒いスカートはすでにあるからもういらないとか。同じ服いっぱい着ていいねんで。そう、まさに。去年の家族旅行の動画見た？これ着ててんね。そうなんや。もう春も秋も冬もこれ行きますよ、私は。そうです、そうです。そういうもう自分が気に入った服はね、何回着ても OK なんで、ここも考えながらどんどん行きましょう。これ去年残したやつ、結局、着いひんかってん。そっか。よしよし。ももさんがお母さんみたいな。捨てられない娘の片手手伝ってるみたいな。いやー結構僕もいろんな子片って言ってるんですけど、服はトップクラスに多い。もうなんだかんだクローゼット3時間ぐらいやってるんですけど、まあ、大体2時間以内くらいで終わることが多かったりするので。やばいよ。はい。ただ焦らずで全然大丈夫です。時間はたっぷりあるんで。どっちかのやろ？じゃあもういい。え違うもう自分らのもんはもう向こうにあんねん、十分な量が。こっちにあるもんはもうオプション。おー、いいですね。こっちらのオプションって。ね、さっきもね、1週間分の服、カバンありましたけど、まあ、着たい服自分で持ってきてますよね。あ、そうですね。これはもういいやつ。着いひんかってん。着ひんかったんや。あの理論でいくと好きそうやのに着ひんかったんや。ワンピースのデザインですよね。こう配色が。で、多分ね冬はここあんのに、ここ短くて寒くて着る。確かにな。いつ着るんって。相当着れるシーズン限られてますよ。ハイネックで、でも半袖だから。夏から秋に変わる、ちょっと肌寒い日に着れるぐらいな。だから着回しはしづらいと思います、正直。多分その理由で着てないね。大丈夫ですね。はい、これは大丈すごいいい指摘なんで、どんどん言ってあげてください。これわざわざね、取り寄せてもらってまで買ってんけどね、広すぎて、広いよなーって言いながら、いや、なんか中に着たら着れますよーって言われたんですけど、そう、でもその中に何着るか考えるのすごい面倒じゃないですか。この結構女性の方、このネック広いやつ買って、でも中に着るのを考えるのが大変だからする人結構多いです。まさしくそれです。じゃあ大丈夫。はい。夫。シミ発見。シミありましたシミありました。白これかいのよう飛ばしてんな、なんかな。汚な。やだ。と思ったらする気です。これめっちゃ長いこと着てんねん。うわ。めっちゃ汚れてる。もう洗濯しても取れない。頑張れば取れると思いますけど。頑張りたいですか？でももう長いこと着たんで、いいです。ペース上がってるよ。いいよ。うんうん。毛玉よね。はい、毛玉です。同意を求めてくるからな。背中を押してほしいところ。この衣装ケースもなくしちゃいます。そうですね、しかもだいぶ大きい衣装ケース。やっぱり衣装ケースに入れちゃうと、まあ中身見えないし、奥の方って取り出しづらいから絶対着なくなるんですよね。なので、これもどんどん減らしていきます。今年着たやつはとりあえず置いとく感じで大丈夫？いやいや、それはあれですよ。今後ももう大好きで着るかによりますよ。僕がいなくても、もうももさんが先生で、いやいや。減らせそうなくらい、どんどん言ってあげてください。いっぱい着たのって結構なんかそっちが水色とか青とかなんか緑とか多いね。いいですね。そういう風に減らしていくとなんかやっぱり傾向分かってきますよね。毛玉注意報です。毛玉注意報。で離れたらほんまほら、や。ルールやもんな、もう。そうですね。そういう風にもうルールで、今のところルールは毛玉があったら着ない、ボーダーは着ないとかね。結構もう着ないものの傾向も分かってきてるので。という感じで一通り見終わって最後まだまだあります。夏服がタンスの下に引き出しを下します。ほい。ちなみにもう夏服はですね、結構こっちにあるので、ここ見ながら本当にいるかっていうのを見ていきましょうか。はい。いや、これはね、着いひんかってんけど。でも早速やっぱいらない服がどんどん出れるので行きましょうか。それくらい、これ全部他着ます？言葉が。もう少し頑張ってほしい。何年も着てないです。さっきこうめっちゃ着てるって言ったりね。なんかさっき結構この辺りもめっちゃ着倒したって話はあったと思うんですけど、やっぱもう何年も着てないものとかもあったりするから、多分ね、この動画見てる皆さんとかもご家族のものを片付けていくと、動線的にどう考えてもやっぱ使ってないよねってとこからも、ご本人に聞くとやっぱ使ってますっていう風に言ったりはするので、ここに似たような黒い T シャツが2着と、これがニットか。そうですね、どっちかでいいかなと。違いとしては胸ポケットあるかどうか。まあ僕目線だと着回しやすいのはこっちかな。シワになりづらいのもおそらくこっち。じゃあ、こっちにします。はい。って感じでこういう風に機能が被ってるものはもう減らせますね。っていうので結構中身が空になってきて、で、いる服もどんどん吊るしていって、
て、まあ今のところね、オールシーズンこんな感じで、元の量を考えると、だいぶ減らしてるって感じで、だいぶ頑張ってはいますが、最後の一押し、ここですね。ここはちょっと今迷ってるっていうので、まあなんか全体的にピンクとか赤とかオレンジとか、似たような系統の色がありますけども、ここ迷われてると。あっち見てもらいましょうか。クローゼット今見ていただいて、真ん中ら辺に半袖とかそうですね。今、ももさんが持ってる服とか、結構似たような色味のものあるので、もうこれとか多分、T シャツと半袖ブラウスって感じですけど、両方欲しいですか？用飛ばしが運でできれば何を外でなんかの作業する時とか、そうそう、これここらかこれ辺もかってそうですね。まあ同じような T シャツはまだまだありますが、これかこれどっちかですね、置いとくの。いいよ、作業全部一つの半袖 T シャツでいいよ。まあ、実際そうです。 3つのうちの1個いや、この中から1個。T シャツは作業用やねやったら1個でいいよ。でこれ置いときます。はい。で、これは手放します。はい。こういう感じで迷った時は、こう、クローゼットの中身と比較しながら減らしていくといいですね。これもなんか作業用とか。そうです。どういった作業されてます作業用っていうのが。だってはい。いいよ、卓球のユニフォームいっぱいあるやん。作業していいよ、うん卓球のユニフォームで。あるな。全然いっぱいあるよ、うん作業用。だな。まあ、なので、もうここシンプルにおしゃれ着っていう風に考えてもらって、もう自分が取り、これがあれば OK です。いいですね。はい。まあ、あと、半袖ニットが、これは、なんか迷ってる理由は、どっちもできたら。まあ、可愛いなと思って。まあ、18着ぐらい一応夏のトップスあるので、まあ、夏場がまあ4ヶ月だとして120日ですね。3回ぐらいは繰り返し着れますね。たったの3回ですって。そう聞くと1人当たり。まさにそう、たったの3回ってことが出ましたけど、もうこれある時点で全部着ても3回しか着れないですね。はい、ということで、ここもすべて見終わりまして、一旦オールシーズンの服、全部おしゃれ着に関しては吊るせて、右がスカートとボトムス、こっちがトップスっていう感じですけども、いかがでしょうか？一旦おしゃれ着だけですけど、全部吊るせてあるので、それがすごいなと思って。と、後ありがとうごろ、ざいます。どうしても決めきれなかったのってもうここを見たらいいよとかっていうの言ってもらったんで決めれたんで。そうですね。まあ、一旦1日目としては、まあ、合格かなと。全部吊るせてますし。まあ、まだちょっとね、ここになんか卓球用、バイク用とか、ちょっと一旦おしゃれ着じゃないものがまだあるので、もう少し見ていきますけど、まあ、一旦普段自分のお出かけする時とかの服はここに収まっているので、いいので、ないでしょうか。そうですね。これが一旦ママの服すべてというので、全部数えてみましょう。75、56 77。 77と、冬物のアウターとかも足して、まあ、84着ぐらいあるっていうのが、お母さんの服の量になります。いかがでしょうか？これ見たとき、これで十分着回せそうだなと。わかんないです。そうですね。一気に減らしたからはいし、今までたくさんもういろんな服着たいっていうね、お母さんなので、まあお母さんの感覚すると、こんだけ減らして結構不安かもっていうのはあるかもしれない夏はですけど。たくさんあるけど、冬。結構ニットもいっぱいあるし、まあ十分洗濯の頻度的にも全然もう余裕で回せますこれ。一応僕ももういろんな人片付けてきてるので、ここまで減らせるといいねって基準は一応60着です。60着くらいになってくると、まあそれなりにコーディネートは楽しみつつも、クローゼットはぎゅうぎゅうにならないですね、まず。一般的な賃貸のクローゼットにちゃんと吊るせるのは60着くらい。で、もうストイックに少ない人だと20着ぐらいでオールシーズン回してる人とかはいますね。ミニマリストの方とか。で、まあ40着ぐらいだとまあ結構クローゼットもスカスカになってきてっていうような感じですけど、まあ一旦でも一通り1日でここまで全部吊るせるようになったので大成長ということで一旦いいと思います。ももさんどうですか？ここまで厳選して。よく頑張ったなと思います。ありがとうございます。そうですね。だからもうももさんも今まで年末年始何回も何回も片付けてきたから、でもこの短期間でここまで減らしたことなかったと思うんですよ。そうですね。いや、これからはこれに慣れたら、あ、もっと少ないのでいけるやんということに気づいてくれると思います、次は。そうですね。なので、まあ、一旦今日はここまででいいと思ってます。まあ元の量を考えて減らしてますし、まあ、それこそ、多分もう今日服から減らした理由なんですけど、明日の朝起きたらここに来て服選びするときに感動すると思います。あ、めっちゃ楽や、探しやすいし、まあ、僕もあとね、今日3日連続片付けて、その後1週間ぐらい飽きてまた来るから、多分生活していくうちに、あ、これなくても良さそうっていうものを気づけると思うので、なのでちょっとこれで過ごしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、休憩するんですけど、すごい。1、2、3、9、10袋以上減らしてますね。こんだけ減らしたら、そりゃ全部潰せますよ。もうタンスからですからね。4時間ぶっ通しで片付けたので、ちょっとお疲れだと思いますが。そうなんですよ。ちゃんと時間取れば逆に言うと4時間でここまで減らせるんで、不要品いっぱいでちょっとね、戸惑ってるよね。これがね、3日連続続くんで大変だと思いますが、まあ、やりきったら楽です。本当にすごい、これをずっとされてるのが。なんか僕50日ぐらい毎日行くことになってるんですけど、ありがたいことにいっぱい申し込みいただいたので、今24日連続やってますすごい。それでパンツが破けました。なんか自分はそのガチミニマリストとかでは全然ないんですけど、最近はマジで平日毎日同じ服着てます。おー、もう普通に5日間。ちなみになんか僕のチャンネルはいつ頃から見始めたとか、そもそも多分見てくださってるからなんかこう物減らさなきゃみたいなきっかけがあったのか。大学
3年生か4年生ぐらいだったと思うんですけど、はいなんかそれまではすごいもう買うことが楽しかったんですよ。うんうんいろんなものを買って置いとく。で、高いものとかもたくさん買いたかったんですけど、大学の友達とか経由でミニマリズムという概念を知って、そこから多分調べるようになったのかな、今。なんか友達がミニマリストって言葉使ってたり、減らしてる人がいて、そこから気になって調べて、だったと思います。で、自分もちょっと実践しようっていうふうに。大学生の時ってことは、 3年前とか。3年前。東京にお住まいだから、それこそ、こう家賃が高くてっていう。そうです、そうです。本当に、あと、大阪に帰ってこようかなと思ったりとか、引っ越しの回数も向こうでも多かったりしたんで、もう強制的に少なくしなきゃいけない。あーだったりとか、引っ越しのためにめっちゃ大変だったりしたんで、めっちゃ厳選するようになりました。おーなので結構もうミニマリストマインドはね、3年ぐらい形できて身についてると思うので、お母さんにも減らしていただいて。あっこんばんは、こんばんは。はじめまして。はじめまして今日はありがとうございます。ど遠方よりお越しいただきましてありがとうございます。いえいえそうだね。お菓子の差しうまい棒をたくさん持ってきていただいて、これは渋さんに食べていただきたいと。ありがとうございます。唐揚げ粉もあります。いかがでしょうか。えぐい。うちの姉がはい渋さんの本持ってまして、で、その話したんですよ。はい。この本の渋さんって言って、愛読してるらしいんでありがとうございます。す。で、うちの姉の家はむちゃむちゃ綺麗そう綺麗で、おー、渋さんの本を参考にしてもどんどん掘って、ほぼ家の中何にも。素晴らしい。桃さん宅がいっぱい僕のこと知ってくださってる人もいて、結構 YouTube やられてたみたいで、そう、喋りがうまいなと思ったんですけど。喋り抜群やんな。えぐいな、これ。引っ越し前みたいな。うわ、めっちゃ片付いてるやん。うわ、すごい。僕の服どこ行ったけど。左側にあります。この後、お父さんの服もちょっと一緒に書かせていただこうと思います。はい。大体ね、はい僕、一応厳選して置いてあるつもりなんですけど、去年な、一緒にやりまして。ですので、僕の一番の問題は1回かなと思いまして。と思うやんか。ママの服も去年やったやんか。んで、これや。これママの服も全部ママの服だけ。う思い切ってやったそんだけ残ってんねん。だから、まだまだいっぱいあるかもよっていう話。渋さんの過去動画拝見させていただいて、だいたい予習はしてるつもりなんですけども、服の数を把握できるぐらいにちょっと減らしていきたいなと思っております。お、予習済みということで、ありがたい。さっきもね、旦那さんの服ちょっといろいろ何があるかちらっとチェックさせていただいて、はい実はそこにかかってるものがほとんど着てなくて、スタメンの服がこっちにあるっていうのはちょっとお伺いしてるので、お母さんに比べると全然少なくはあるんですけど、多分見直せる服まだまだあると思うので、頑張りましょう。ありがとうございます。はい。というので、今、ここをゴミ置き場にしてるんですけども、旦那さんも一応、ここ、いつからこんな状態になったんだろうっていう、はい。気づけばこんな感じになってしまいまして。気づけばですね。はい。もともとね、ピアノのレッスンルームやったんで、綺麗に片付いてあったんですけども、幾分物が増え出してから、物置みたいになっちゃいまして、買って満足するタイプなんで、はい。で、満足して、で、取らずに溜まってしまうと。だからもうはい子供にはね、もう物買わんといてくれって言われてるんで。そうですねせっかくなんで、このまんま、お父さんの服ありますよね。はい、あります。これちょっと一旦上の階に持っていきます。どんだけあんのやんの、ほんまに。自分のですかね。冷静に見たらやばいな。ほんま冬だけで。体一つやな。もう名言めっちゃ言ってますけど、大移動が始まってます、また。じゃあこういうことなんでパパ厳選したって言うてな。確かにななんねん厳選した言うけど。重い服ばっかりなんよ、これ。やっぱ着てて肩凝ったりとか、重いなと思うことありますね、レザー関係はね、僕結構おしゃれなんで、はい。昔からこう、ファッションを取り入れる。こんなんはもう時代遅れになってきたんで。そうですね。おしゃれだからこそトレンド意識していただいて。そうなんですよ。これ積んでみるとすごいですね。しかもまだあっちに吊るしてある服もあるので。こうクローゼット方針決まったんですよ。そう。方針を先に言っておくと、こっちがお母様の服。で、こっちが旦那さんの服っていうので、もう完全に分けちゃいます。今まで一緒にごっちゃになってたので。渋さん、今まで歴代で一番やばいですか、ここ。トップ3には入ってます、絶対。うわ僕今まで、マックス片付けた人は8日間、8回行ってるんですけど、まあ、今回6日行くので、まあ、予定通り終わればそうですね、やっぱトップ2か3ぐらい。ゴミ屋敷と気づいてないでもパパや僕らが怖いですよね。まあ、ゴミ屋敷とお部屋の間ぐらいですかね。本当にゴミ屋敷の方は結構もう生臭いとか、もう本当に床の踏み場ないみたいな人もいらっしゃいますし、まだまだありましたね。これゴミにしようか。もう早速ぜひいらない服あったら、もうどんどん減らしちゃって大丈夫です。なんでこんなにあんのこんだけ買ってるいうことですからね。まさにそうです、本当に。買っても脳内で着てるイメージで、もう満足しちゃうんですよね。うわ、まだある。ズボンいっぱいある。こんな持ってたっけっていう風に、まあ、存在忘れてるものはもう、どんどん減らしちゃって大丈夫です。毛玉出てるなああ、いいですね。お母さんとして毛玉、すごい気になってるっていうので。これ皿で一回も履いてない。これはいる。高いって、あんな真っ白な。白は履くんやいつ履くんや。夏履く。
マジで。夏終わったって。来年の夏履く。あ、これがあかんねんね。ももさんのアドバイス通りなんですけど、今ここに衣装ケースの奥にあったから僕ちょっとこう怪しいと思いますって言ったんですけど、まあ衣装ケースって奥に行けば行くほどやっぱりもうね、使わずに眠ってるものが固まってると思うので、あれは僕目線から見てももう着ないだろうなと思うので。もう捨てていきます。というので、親戚の方が近くて欲しいとのことで、まあ音楽教室とかで使う、まあ演奏会のドレスは結構ね、値段も高くてっていうので、まあ欲しがってるので、さっきももうももさんが親戚の方に LINE でこれいるかって聞いて、当日中、もう夜この後すぐ持っていくっていうので素晴らしい。こういうのねずっと後回しにしちゃうと思うんですよ、今まで。そうですよね。今がやる時です。なのでこれはもう今からすぐ渡しに行きます。今ね、多分僕がいるからこういう風にテキパキ動いてくれてるとは思うんですけど、多分年末年始一緒にやってる時はね、多分言っても動いてくれないしっていうので、悩んで僕のとこに来てくれたと思うので、これからの6日間が一番の捨て時なんで、頑張っていただいて。もうこの6日間にかかってるよ。わかりました。もうここでできんかったら一生できんからね。はい。どうやって保管したらさ、ハンガーがこう半分にすごいですよ、これ。何があったらこんなハンガーバチって割れるんだろう。僕ももういろんなご家庭で片付けてますけど、ハンガー割れてる家庭初めて見ました。かけてて勝手に割れるみたいな。勝手に割れるブラウス見て、これもちっこいの出てきて。もうそのぐらいからかかってるってことやろ、もう。そう、これ子供服ですね。10何年かかってんね。美味しそ大阪やな、これは。う。いただきます。仲いいでしょ。もう仲良し。あとはお家が片付けばもっと仲良くなります。そうですね。はい、というのでご飯も食べ終わりまして、時刻が6時半。こっから8時までちょっと片付けていきます。ラストスパート。はい、ラストスパート。では、バンバンいきます。いいですね。もう片付けたくてしょうがないっていうので、素晴らしい。やる気に満ちてますね。はい。というのでですね、今からお父さんの服を減らしていきます。もうやる気に頑張るぞ頑張るぞっていうので、どうですかこのご自身の服の量を見て。えぐいですね、これ。というので、こっちに今お母さんの服が一旦入れ終わってるので、こっちをお父さんのクローゼットにしていこうと思ってます。衣装ケースも結構多くて、こうね、お母さんのものもちょっと混じってますもんね。先にじゃあ、この衣装ケース全部出して、こっちに移動させます。お連出します。これ結構大変なんですけど。いかつい。やろう。まあ、4人いるんでね、いけるでしょう。確かにこれちょっと外します。大丈夫ですか？お母さんがあちらでめちゃくちゃ大怪我してる。なんか頭打ったそうです。っていうので、結構こう出してるんですけど、汚いですね。まさに、ここに被ってますが出していきます。これで、俺も服が結構、こんな感じで。そうなんですよ。収納が多いと、こういう風に、埃と一緒に暮らすことになっちゃいます。おー、ちょっとやばいこれ。ちょっと待って。恐怖映像。うわこれ見て。吸えへんやん、これ。すごい、もう、綿あめみたいです。綿あめみたいな。埃の綿あめができてます。という感じで、ここから、いる服だけ戻して、少しでも迷った服は手放すっていうルールでやってます。手に取った時に、最近着てないなとか、いつか着るかもとか、少しでも迷ったら教えてほしいです。逆にこれは絶対着たいってものに関しては、こっちにどんどん戻してもらって。こちらはちょっと普段使いに来てます。これちょっとおしゃれなんですけども、もう何年も袖も通してませんし、結構いけてるんですけど、これは掘ります。これ空調服なんですけども、おー、タグがついてますが、そうですね。これ未使用ほ。んまです。いらんのね。いらぬ。もう、頼んだって、ほんま。こちらがですね、昔、梅田で服を買いに行きまして、ミスチルの桜井さんの、はい似たモデルって書いてたんで、買いましたけども、もう掘ります。でもこれはよう来たんちゃう、昔。せやな。うん。もうありがとうね。ありがとうということでありがと、ミスチルの桜井さんが好きだったそうですね。こちらは、あ、これですね。はいちなみにこれが思うことがいっぱいあると思うんですけど、ももさんこ。れはもう来てたら一緒に歩きたくないっていうのはあります、正直。さっきも、これ一緒に片付けてて、これ着て欲しくないって言ってました。じゃあ、掘ります。おー、いいね、いいですね、ね。 3パワーで。もうでも、こういう機会でないと、そうです。かないんで。もう今が一番釣れます。これはどういう。これはですね、確かに。なんか同じような迷彩柄が2つありますが。衣装って言うんですか、私の。はい、衣そんな装。感じです。もう定番の私服みたいな。そうですね。こちらは薄い用、こっちは極寒用です。生地感が違うと。そうです。まあこれは着ております。で間違いないです。わけわからんやつ。が昔はね、結構流行ってたんですよ。はい。わけわからんから掘ります。そうですね。シェフには説明できないもの、最後着たのいつかわからないとか、わからない服はどんどん減らしちゃっていい。はい。もう何十年と着ております。そして、こちら空調服ですね。こちらは、現役で使っております。いらないね。夏用のこの、ごじゃれたスーツ。着てないもんね。そうですね。着てないというのが答えですね。これカビてる。さっきもですね、実はお父さんがいないので一着だけ入れさせてもらったんですけど、パパね。何もうボロッボロにカビて穴が開いちゃったライダースがあって、もう動かしたらそこ真っ黒。そんなんあったこのやつと並んどって。そうなんです。だからそれ残しとくと他の服にもどんどんそれがついちゃって売れちゃうから、そういうので減らしたんですけども。はい、こちらは現役で着てますスーツでございます。これは今風のね。さっき一着捨てましたけど、これがあれば大丈夫ですね。はい。そしてこちらはですね、カッターシャツ。これも使っております。それもクリーニングの服、服取っちゃっていいです。あ、
取りますか？はい。うんうん。埃が被らないようにっていうのは多分、つけっぱなしだったと思うんですけど、ない方が通気性もいいし、そもそも減らしていけば、もう埃被らなくなってくるので、なるほどですね。そう。ない方が綺麗ですよね、クローゼットも。そうですね。若い時はね、色つきがったシャツが好きやったんですよ。これいつ頃のスプレーですか、ちなみに。 20年ぐらい。 30年とかでやってる。はい。こちらももう、はい傷んでますもんね。そうですね、ちょっともうこの辺りとか色があったり焦ってますもんね。しますね。さようなら。ありがとうございました。っていう感じで、こっちは見終わりましたねお。ーかけてる服も半分ぐらいはいらなかったですね。問題はここからです。まあでも逆に言うと、ここかけてるから結構使ってるものも多かったと思うんですけど、こっちは結構もう上とか下にあったものだから、いらないもの多いんじゃないかなと。お父さんの服はここにオールシーズン、春夏秋冬全部吊るしてるっていう状態を目指して吊るしてる感じで、もう収納はしない。そう、まさに、衣装ケース全部出した理由もそれなんですけど、もう極力使わない目標に。でもうこれも未使用なんですけど、これちなみに、いつ頃買われたものですか20年ぐらいあるね。知らん。知らないですね。こんな形がいいかなと思ってた時もあったんですけどそも、未使用。はい、未使用でおりますね。まあ、だからこれ買って満足したみたいな感じですかそうね。なんですよ。ベージュのジーパンもいいかなと思ってたんですけど、履いてみたらもう意外と不評で。タッさんはもう昔のことすぎて覚えてない。そうですよね。多分それくらいのものだったから、そういったものはもうどんどん行きましょう。はい。こんな派手めな T シャツなんですけども、もう渋さん1、2年来たらさようならですか。1年来ても本当にここから先聞きたいとか、だいぶ芝が寄っちゃってますけど、アイロンがけしてとか、クリーニング出してまで来たいかっていうのは考えた方がいいですね。じゃあいらないですね。あ、そうですね。迷彩が好きなのはシンプルに趣味ですよね。もう迷彩が好きってのと、なんか仕事柄使うことも多かったとか。いや、自衛官ではございません。わかるよ、大体。これは入っております。まあなので、直近1年以内に着てるものは残すってことそうですね。考えてもらって。ほんま買いすぎってことやで。そうやね。し、まあ20年間一度も捨ててこなかったってことですね。そうですね。まだまだ着れそうな感じではあるんですが、が、着れそうだけど着たいですか？若すぎますね。あ、そうですね。っていう風に20年経ってるから、結構もう若い時と趣味思考も変わってきてると思うので、はい、ありがとうございます。おこれも続いて迷彩。また迷彩。でもいいですね。まあ迷彩が好きっていうのは分かりやすいから、まだまだ出てくる無限デニム。しかもなんかちょっとこれすごい時代感じますね。デニムの裏地、和柄のとかね。はい、もうさようならでございます。まあでも早いですね。結構捨てられないっていうのが割と女性特有の悩みだったりして、まあお母様の方は結構一個一個ね、手に取った時の買った時の思い出とか記憶、途中涙するくらいのものとかあっいや、たんですけ子ど。供の圧がすごいんで、これよって有名してるんで、まあ僕が横にいるよりも、ももさんが横にいる方が多分圧が強いから減らせると思う。全部これって有名してる。そう。出ました。レザーシリーズ。レザーシリーズっていうので、ここにいっぱいライダースとかあるんですけど、はいありますね。こちらいかがでしょうか？セットアップで買ったんですけども、おー、パンツもありますね、ちゃんと。はい本当だ。当時は革が流行ってまして、で昨今は流行ってませんので。迷彩ですので、時代は迷彩やからな、もう。レザーから迷彩に変わって、で、迷彩も掘られました。し、多分ね、ももさん目線から見て、あんまり着てるの見てないと思うんですよ。もう全然見てないです。まあご家族いるとこういう風にやっぱ着てる着てないが客観的に分かるからいいですね。もう今後は使ってなんぼっていう風に考えてもらって。そうですね。使うやつ以外は買わないようにします。おー、素晴らしい。解決したい課題というか悩み、はいもう一個ありました、大きいの。うち赤字経営なんです。赤字系、あー、常にもう、家計が。なんでそうなるんかなと考えたら、無駄な出費が多い。で多分、この動画見てくださってる人って、はい例えば一回ピアノがあるとか、うんうんこうなんか服いっぱいとか、けど、これでも、そうでもないよね。動画見てる人がすると、まあ、要は買うだけの経済力あるじゃんっていう風に。と思うでしょ、はいない人が結構買うんですよ、これは。はっきり言いますと。真のお金持ちはあんまり物を買わない。今ちょうどそれ言おうと思ってて、はいまあ僕言葉もそうですね、はっきり言うとまあ貧乏人の家ほど物が多いって話を僕、し、まあ一つはこう安物買いの授乳しないで結構安いものポンポンたくさん買って数が多いと。そうです。まあ私もそうですし、奥さんの方もね、どんどん買っていくんで。もう赤字家計にならないように。で、ここでもうそうですね、この短期間で一気に減らしたら今後絶対無駄なもの買わなくなります。こんだけ捨てたっていうので、多分買う時に手が止まると思うんですよ。前こんだけいっぱい捨てたしなっていうので、これまたちゃんと使い切れるかな、これ捨てることになるんじゃないかなっていうのは、今後ね、めっちゃ考えると思うんで。おっしゃる通りでございます。重いのばっかりや。そそうですね、重いですね。またまたレザーパーカーでございます。はいこれは僕の一番のお気に入りで、おー、1番。軽くて、柔らかいおー上質な革を使用しております。でも、なんか、今のこの1番って言いたじゃないですか。はい極論も全部ここにある服をそれくらいの熱量のものにしてほしいんですよね。まあ、ここに今いる服どんどん書きていってるんですけど、今後そこに入るのはもう今と同じくらい熱量語れる服だし。一番と思えるのしか買ったらダメですね。そうです、そうですし、はいここから先、あれと同じくらい熱量持てないんだったらどんどん捨ててください。こちらがレザーの中でも高級な部類のレザーダウンジャケット。これは使っております。
おお、じゃあち使ってんの、これはよそ行き用ですなみに高級とのことですが、これいくらぐらいでしょうか。ね。5、6万です。おお、結構しますね。まあ多分今捨てた服たちで、もちろん着倒して捨てた分はね、ちゃんと役目果たしてるからいいと思うんですけど、まあ、着ないで捨てた服たちだけでももう、下手すると10万とか、超えてますね。超えてますね。はい、もちろん超えてます。結構満単位の服が結構あったりするので、そうですね。赤字家計の原因はやっぱここにあると思います。そうですね。もうなくなったんじゃないですか。そうですね、ここに積んであったものは、なくなりはしたんですけども、もうあっちですね。あっちはもう多分全部掘る勢いで。あーですね。はいそもそも衣装ケースに突っ込んである時点で、しばらく使ってない可能性高いと思います。しかもね、着てる服はもうそもそも吊るしてるか、さっきのウォーキングマシンの上に書いてますもんね。そうなんですよ。だから衣装ケースって本当に良くなくて、もうみんなここにね、物が溜まったら片付けようっつって衣装ケース買って、はいで、どんどん隠して詰めていって、で、もう収まらなくなってこうなる。ここは、そうですね、もう結構みんな、このスペース埋めようとして、さっき見た衣装ケース買いがちなんですけど、むしろここも何も置かないくらいの心意気で、空いてる方が美しいですよね。そうですね。掃除もしやすいですし。はい。そう、なのでね、皆さんもここ埋めがちなんですけど、まあ極力全部吊るして置かない空間目指しましょう。もう30分ぐらいでこんだけ大量のゴミ袋が。で、ここがもともとクローゼットの下にあった衣装ケース、ここ大量にホコリがありましたけども、あれだけホコリ被ってるということは、ここ使ってないということなので、どんどん出して減らしていきます。まずはね、パジャマなんですけども、1週間が、7日ですよね。ですので、7枚は置いとくよ。 7日間毎日違うコーディネートでパジャマ組みたいんだったらその理屈だってるんですけど、ただまあ、パジャマなので、まあ、7種類コーディネートしなくてもいいかなっていうのはあるし、その観点でいくと洗濯頻度から考えた方がいいですね。なので洗濯だったら極端な話、毎日してるんだったらもう2着でもあったりするんですけど、まあ、予備で取っといても、まあ、各シーズン3枚もあれば洗濯十分もあるかなっていうのはありますが、天気が良かったら2日に1回。まあ、7つはいらないかなと。わかりました。まだデニムパーカーがありますわ。まだありましたね。ただ、まあさっきね、街で必要な分残しましたけど、なので、それと比較しながらいるかどうかちょっと考えてほしいですね。ほぼいらないです。これはいる。着心地抜群。今、着心地ってキーワードが出たんで、多分着心地いい服を残すと、なんかそうですね。大事にしてる価値観なんで。はい。まあ、衣装ケースの中が、そのお父さんとお母さんのものがごっちゃになってるっていうこの条件もよくないですね。まあ、さっきなのでクローゼット左右に分けましょうって言ったのもそこが理由で、探し物が減るようにそれぞれ分けていきましょう。まだありました。お乳の靴下。こういうの。まあ、ここら辺はなんか、タグがついてて、480円になってるの280円で、頑張れビジネスマンっていうので、はい靴下買う時のおすすめとして、極力同じセットで買った方が、それこそ洗濯する時とかにペア探さなくていいので、まあ、僕とか実はもう、1年間でもう毎日同じ服ずっと着てるっていう。服を全部同じしろとは言わないんですけど、結構肌着とか靴下は割と実践しやすいです。まあ別に靴下はネイビーとなんか、黒でそこまでおしゃれになんか使い分けてます。いや、使い分けてません。ですよね。はいで言うと今後はまあ黒とか普段使ってるやつで統一すると、洗濯の時にそのペア探ししなくていいので楽ですね。ちなみに実践してます。おー、素晴らしい。全部しろ。賢いね。冷静に考えると今、娘さんがお父さんのね、下着の片付け手伝ってるっていうのは、ありがたいことです。ありがたいことですし、恥ずべきことでもありますからね。自慢できることでもないですよ。去年の冬に片付けしました。そっから出してないやつこで。んなん誰運ぶそれ去年言うたって。ほんでいるって言うて置いといたそう。 1年前の下着わざわざ覚えてますからね。相当インパクトあったんですよね。履き心地がね、シルクタッチで、サラサラでね、肌触りはいいと思いますけど。いいんですけど、はい、恥ずかしいんで。まあこの辺りもだいぶぎゅうぎゅう詰めにそう入れたっても、奥の方とかしばらく着てないんじゃないですかね。いや、もう、ほぼ見てないですね。これも最近買った T シャツですね。タグがついて未使用ですが、500円に値下がりしてますね。昔に買ったやつほど高くて、最近買ったやつほど安いんです。生活のレベルがだんだん分かってきたな。確かに。もう、あれですね、シムさん、傾向が分かりました。やっぱり無駄にいろんなもん買ってしまうと、だんだんやっぱり生活の質も追ってくるんで。本当にそうです。はいで、まさにもうミニマリスト的な考えで言うと、もう量より質に切り替えるタイミングですね。そう、だからこれ極端な話いっぱい捨ててますけど、これ買わなかったらもっとね、一個一個ね、お金回していいもの買えるんですよね。し、必需して買ったものの方が長く使いません。ですよね。やっぱ安く買ったものって安く雑に扱っちゃうんですよね。ですぐ傷んできますんで。そう。冷静に考えるとすごいもったいないことしてますからね。もうお金の損失ですからね、これは。大損失ですよ。はだから実はお金が足りてないのってその稼ぎが少ないからとかじゃなくてシンプルに買いすぎなんですよ。買わなければみんなお金貯まってるはずです。それでも収入以上にどんどんこうやって考えずに買ってしまってし、もっと言うと、買ったとしても今後はその僕ワンインワンアウトっていうテクニックを教えてるんですけど、
まあ、ワンインワンアウトなんで、買う前に1個手放してから買うっていうので、当然人間生活したら必要なものが出てくるので、本当に必要だったら買っていいんですけど、買ったら古いものは手放すっていうことをやってもらわないと、どんどん20年分のものが溜まって、でこういう風にまとまった時間取って片付けないといけなくなるんです。そうで、まあ、たまたまでもマイホームですし、まあ、お家も広いからなんとか保管はできてましたけど、これがもっと狭い家とかだったらもうそもそも生活スペースまで圧迫されて、とか、まあ、掃除もしづらいし、埃も被ってきてっていう風に、まあ、使わないものはもうどんどん手放さないと、赤字家計を脱出するためにも、快適に暮らすためにも、今後はどんどん買ったら減らすっていうのも習慣にお願いします。これが強烈なのが、ヒョウ柄買ってみたんですけども、はい、当てるだけでちょっと合ってないんですよ。大阪イコールヒョウ柄みたいな。そうですね。もうこれは処分ですね。なんで似合うと思ったの？迷彩はいけるし、ヒョウ柄もいけるでしょうね。そうですね。次にセーターですね。はい、同じコーナーから T シャツが出てきたり、急にセーターが出てきたりっていうのも、おかしな話です。そうですね。まあ、本来だったら季節ごととか機能ごとに分けておかないと使いづらいはずなんですけど、仕分けされてないってことはとりあえずぐちゃぐちゃに入れてるから、使ってない服が眠ってる可能性がありますね。こちらで3段片付きました。この辺のセーターばっかり着といてほしいね。あ、そう。それと。そう、多分女子受け良さそうなのはこのあたり、シンプルな可愛いニットとか、まあ確かに気持ちはわかりますねこういう。落ち着いたのだけ着といて。そうね。今後そうしますね。娘さんが隣を歩きたいと思ってもらえるようなお父さんに。なります。おそらくなんですけど、お父さん今まで衣装ケースに入れて畳んで収納するっていうのがもう習慣になってますよね。はい。で今後なので畳まずにもう全部吊るすで大丈夫です。あ、ハンガーに吊るして。という感じでどんどん飽きていきますが、ここはスカスカですね。あ、まだパンツが出てきました。もうここはもうちゃいます。そして、うわー、これが悩む。着てないんですけども、チャンピオンのセットアップですね。まあさっきもちょっとチャンピオンのパーカー出てきた時に、チャンピオンだからっていうのはやっぱ、お父さんの世代的に言うとチャンピオンってこう、高いブランドというかいいね。ちょっと捨てるのもったいないいいブランドっていう。もうこれ、何年もしまってあって出してなかったんで、おります。チャンピオン、ありがとう。そうですね、チャンピオンが当時好きだったんですね。そうなんですよ。昔流行ったこう、はい黒と金色のね、さよならでございます。そして、まだタグついてるこんな島模様。タグ、そう。でも、タグついてるってことは着てないってことですからね。ああ、これがまたあれですね、浪費の原因ですね。これはもう大反省していただいて。はい、まだありました。こちらはパジャマとかパジャかなマですね。はいパジャマも4枚ですか。そうですね、4セットあれば洗濯頻度的に回せると思いますし。 4セットどころじゃないですね。そうですね、これ。ちょっと奥の方もあるので。うわ、まだそして、デニムが。デニムが奥の方から。なんでこんな奥にデニム？お気に入りの4組ちょうだい。お、いいですね。お気に入りの4組ちょうだいって言うんで。あ、もうあと1 1、2、3。 6なんないな。もう3つでいい。洗濯頻度的に言うと2日に1回だったらまあ3着でも回せますし、さっきもうこれ残して、もう他は全部捨てるっていう。本来で言うとこの考え方が一番いいです。今までってひたすらこういらないものを選んできたと思うんですけど、一番早いのは残すものだけ先に取ってそれ以外全部捨てるっていうのは。はいそれでいこう。そうですよ。捨てるものより何残すかの方が大事なんで。うわー、名言だらけやな。今ベスト4決めたと思うんですけど、まあ、ここのパジャマは結構自分の中でもこう好きなパジャマというか。まあ、パジャマで別に好き嫌いはないんですけど、着心地ですね。そうですね、着心地がいいとか。はい。なんか今までたくさんセレクトで結構反省点も見つかりましたね。毎日ね、新しいのを着たいなという考えだったんで、ついついもう数を買ってしまってまして。安くてとにかく数を。そうです。ということで、お父様のものは全て見終わりましたね。おー。ありがとうございます。まあ、ただ一旦全ては目通して、ちょっといるものがここにあるんですけど、まあ、それを一旦あっちに戻しつつ、もう一回チェックします。ダブルチェックした方がいいです。絶対1周目は結構雑になりがちなんで、後半に行くほど。そうですね。ちなみに、下着とかはどう収納した方がいいですかね。まあ本来で言うと僕はなんかこう、すべて吊るすのをお勧めしてるので、まあ、例えばなんか無印良品とか、そういう雑貨屋さんに行くと、吊るす収納っていうのがあって、ハンガーのとこに吊るせる、まあ、下リールみたいなのがあったりすると思うので、まあ、今後はそういうのでいいと思うんですけど、まあ、一旦そういうの買うまでは、おすすめは、この引き出しだけ中身入れて、下着管理していくっていう方法。これやると、引き出しに入れちゃうと、奥の方取り出しづらいですよね。見えないですもんね。そう。こんな風に、もう直置きしちゃって、で、上にどんどん置いていくっていう。で、ここでちょうど干してると思うので、で、お父様の下着はここにどんどんポンポン入れていけば楽ですよね。で、こんな風に入れていきます。衣替えの概念ない。僕の形では基本衣替えしなくていいように、もう全部吊るしてもらってます。はあ、そういうことですか。なので、多分、今の残った量で言ったら多分、オールシーズン全部吊るせるので、もう今後衣替えがいらないです。なるほど。そして衣替えがいなくなったら時間が浮いて、まあ、ご家族やワンちゃんと過ごす時間も増えて、そういうことですね。メルルも喜びます。というので、こんな風に靴下こっち、パジャマはここ、パンツはこっちみたいな感じで仕分けしていただいて、しかもダブルチェックしたらいらないものが出てきますね。出てきました。あとはこれをもう、そうですね、あっちに戻しましょう。はいこんな形で、やったー。
素晴らしい。そうですね。だからもうパジャマ、肌着、もろもろ、運動着とかも全部ここにあります。いいじゃないですか。まあ、ここのクローゼット何が問題かって、はいこっちにベランダがあってこっちで干してるんだけど、結局お父さんお母さんがこっちのクローゼットしか使ってなくて、こっちほぼほぼまあ結構使ってない空間ありますよね。だからそう、今後お母さんはここで服洗濯して干したら、まあ、あとそこにポンポンしたりお父さんの入れればいいし、お母さんそこつるつだきだから、多分洗濯が楽になると思います。ねえ。はい。畳んでいいですもんね。そうです。畳まなくていいし、その多分今までは引き出し開けて、しかもお父さんのはどれかみたいな、開けて探して詰めてみたいな。パパのもう分からなすぎて、場所の決まってないのが嫌だったんです。それなのになんか空いてるとこ入れてが嫌だったんで、畳んで置いとく。勝手に片付けて。だから詰め込んでいって僕がわけわからんようになってそれの悪循環ですね。そう、それを今断ち切れたので、今後はね、お母さんも何も別に意識しなくても、お父さんのものはそこに入れてっていうのがポッ、と投げるだけほんで数分かってるんで基本4ペアしか残してないので、いいですねこはれ、い、めちゃくちゃ楽になるはず。まだでもこれ多すぎますね。まあ、一旦全部吊るせてるから、はい合格ラインではあるんですけど、合格ですか。まあ、これで収まるなら、後でちょっとまた服の数全部数えます、終わったら。その時にまたその時にまた、はいはい。ありがとうございます。あいえいえほんまにいやでも貴重なお時間いえいえ、こちらこそね、こう YouTube 出ていただいたりとか、いえいえやっぱね、なんだかんだで、特にもう見てる視聴者さんには、演者さんに感謝をしていただきたいというか、ぜひ、出てくださってありがとうございますとか、頑張りましたねとか、こう、励ましのコメントを皆さんいただきたいんですけども、特にご家族で出てる方っていうのはもう、やっぱ YouTube にその、お顔とお部屋出してっていうので、もう覚悟を持って取り組んでいただいてるので、ちょっとハンガーがいっぱい。ほんまや、なんでハンガーがこんなにあるかっていうのもこれね、こういうのね、こうそうですね、アズールの。こういうので頼みます。ちょっとこれ着といて。ももさんが隣を歩きたくなる服。はいで、夏になんかこれ着てって言ったら、どっか行く時用に置いとくから着いひんって言って、あんまりだから着てるの見ないんです。昔の人ってどういうたらいいんですかね。ちょっといいやつは置いときたいっていう普段着にはしないっていう。とか、まあ、特にこう、お若い時にたくさん働いて、ボーナスで買ったとか、結構そういう自分が頑張ったご褒美に買った服とかもあると思うんですよ、そうですね。だから、うんそういったいい感じの服は結局着ずに飾ってしまう。そう。実はこれ、お気に入りの服ほど着れない現象っていうのがあって、ちょっと奮発して買って、汚すのが嫌とか、洗濯するとどんどんね、やっぱ劣化しちゃうから、着るのがもったいないっていうので、そう。でも、お気に入りの服ほど着てあげないと、価値がないですもんね。そう、価値がなかったり、それこそ年齢とともに趣味思考も変わるし、もう来年トレンドが変わって、女性服とか特にそうですね。もうトレンドの移り変わり激しいから、今年いいと思ったら来年見るとちょっと古臭く見えたりとか、それからお気に入りの服ほどもたくさん着てあげないと、後で後悔するんですよ、これい。や、ほんまにわかります。 1年経った後に、これ結局着なかったな、でもっと当時着とけばよかったっていう風になっちゃうので。以上でございますか。おー、いや、本当以上ですね。どうですか？お父さん頑張ってますよ。もう1時間半で。そうですね。ちょうど1時間半で。決断は早いんで。決断早かった。早いはい、悩みませんから。じゃあそのまま残した服の数ちょっと数えてみましょうか。はい。50、51、52、53着になります。おー。だいぶ減ったよ。そう。ちなみに、はい60着以下が合格点と僕言ってたりするので、適正量。そのアウター率がどうのこうのとかっていうのはそこは関係なしに。まあそうですね、アウターが、まあレザーのが好きっていうのでありますけども、まあ別にそれが好きだったらね、その分他の数減らしてあげて、もうトータル60着だったら、まあそれなりにコーディネートも楽しみつつ、で、ちゃんとクローゼットに吊るしても、まあそんなぎゅうぎゅう詰めじゃないっていうので、いいと思いますよ。ありがとうございます。じゃあ今日は一旦こんな感じで終わりましょうか。よし、じゃあ今日1日目はこんな感じで、お父様とお母様のおしゃれ着はもう全部見終わりまして、お疲れ様です。ありがとうございました。素晴らしい。というので、ここ撤収しまして、また明日はここから再開していきます。そしてここがすごい。いや、さっきもね、もう下に持っていきましたけど、いや、こんだけの衣装ケースとゴミ袋ありますから、今日で30袋ぐらい捨ててんのかな？プラスこの衣装ケースもですけど。いや、ペース順調なんで、このまま頑張ってもらえれば、絶対このうちは片付いて年末年始、すっきり、光が見えてきましたね。だからご家族は軽いから深刻な感じはしないけど、もう娘さん本当に長文でね、書いてくれてたんで、それくらいね、お父さん、お母さんに捨ててほしいっていう悩みがありますし、そうですね、お父さんの前では言ってなかったですけど、ね、これ減らせなかったら、1階の物置部屋っていうのは、ももさんが片付けないとこと。になりますから。そうですね。就活でもありますし、ね。あ、お二人にとっては就活、そうですね生前整理も兼ねて。はい。なので、ちょっと残り5日間も頑張りましょお願いします。お願いします。う。もう使わないトイレに、はい。今入れてます。トイレ全部、ゴミ袋、15袋あります。
はい、ということで2日目です。おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はパパがお出迎えということで、ぐっすり眠れました？はい、もう久々にもう10年ぶりぐらいに熟睡できました。おー。いや、本当になりますよね、物減らした後。ね、もう精神的にももう疲れてたもんが降りたような感じがしました。素晴らしい。たった1日片付けだけでも、そんだけ変化感じてると思うので、今日2日目もバシバシ減らしていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、ももさんは今日黒ですね。あ、そうですね。普段こればっかり着てます。平日5日間。定番のコーデ。はい。素晴らしい。仕事着です。仕事着、僕と同じような黒いトレーナーですが、お母さんもいらっしゃる。特に昨日はね、お母さんががっつり減らしたんで、どうですか？昨日減らしてみて。なんか不思議な感じで。不思議な感じということで、じゃあ早速2階に上がりましょうか。はい。お、パルル、おはよう。メルルとパルルが朝からお出迎えで、ゴミ袋ありますけど、なんかもしかして。下着類とか一緒聞きながらもやりにくいかなと思ったんで、なるほど。減らした分ってことやな。はい。僕が帰った後も、減らしていただいてて、素晴らしい。はい、ということで今日2日目クローゼットも片付けていくんですけど、うちの服減らしてみて、で、今日の朝から早速着る服選んだと思うんですけど、服選びどうでした？服選びがものすごく楽になりました。おー、そうですよね。そしてどこに何があるかというのが一目瞭然なんで、もうあっという間に服が今日はこれにしようっていう決まりました。お気に入りのアディダスのね、はいパーカー着て、即断即決でしたね。はい。やっぱ見ててテンション上がりますよね。もうなんか違う家にここだけ見たらうん似てるんじゃないかと。ね、本当に新しい家に引っ越したくらいのインパクトありますよね。あります。お母さんそして何より洗濯本畳んでこう吊らすだけなんで、畳まなくていいんで。そうなんですよ。めっちゃ楽なんですよ、全部吊るすと。はい。お母さんはどうでした？寂しいなと思いながら。はい。そうですね。だいぶ減らしてるんでね、昨日。はいあともう少しそうですね、季節ごととか、もう少し見直していったら使いやすくなると思いますが、今までね、衣装ケースにあったものがなくなって、もう全部ここにあるっていうのははい分かりやすくなったと思うんで。でも、これがあってあれがあってこの子たち残った子たちと思って愛しく眺めてました。おー、素晴らしい。ということで、じゃあ2日目はですね、昨日あっちのクローゼットの、おしゃれ着、デカ着に関してはもう減らし終わったので、ここのちょっとまだ減らし終わってないタオルだったり、運動着とか、あとここのちょっと衣装ケースも片付けていこうと思ってます。ここあとあれですよね、お母様のものが結構多いかな。私のもんだけでですね。残り寝具。あと寝具か。子供のパジャマと子供たちのバスタオルと、この辺枕カバーとかですね。じゃあ早速ちょっとここも見ていきましょうか。もう出しちゃっていいです。なので、例えば今パッと見ただけでも、バスタオルがあったり、シーツがあったりっていうの結構混在してて使いにくいかなとは思うので、理想を言うともうバスタオルとかも洗面所周辺に全部収納できるようにした方がいいかなと。特に結構タオルとかの置き場所を迷ってる人もいると思うんですけど。てか昨日出したけど分けんでいい、まず。自分ら専用じゃなくていい。確かにね、家族共用にしてもいいしてもいい、全然。なんかそこは気にならないのであれば全然共用にするとか、共有しないにしても、後で洗面所の方を片付けて、あっちに全部固められるように。例えばさっき食器があったりしたと思うんですけど。おかしな話ですよね。そうなんですよ。食器がそこにもあって、洗面所にもあってっていう。いう場所減らしたら多分スペース空くのでこういうものも入れられるかなっていうので。誰よ一応ね、ちょっとそういう風に今私と妹確認してもらって。こんなん2枚でいいわ。1枚ずつでいいわ。残り僕用にいただければ。僕のは分けられてるんで、3回して。そうですね。男性陣、女性陣はいで。パジャマってちょっと見ましょうか。もうよれてるやつかわいそうじ姉妹用にお母さんが残してたパジャマっていう感じですかね。そうです。なるほど。ちょっと見させていただいてもいいですか？ゃん。ボロボロですよ。1個ずつあったらいいみたい。こっちはなんかまだ全然しっかりしてますね。ので、古いやつはどんどん手放していただいて。あと、ここはシーツ系ですね。枕カバーですか？枕カバーとか未開封のものもちょいちょいありますけども。この間新しく枕を買ってそれ用の枕カバーだったんで。まず枕減らしたらいいんじゃん。枕枕がなんか多分多すぎるからいろんなサイズのやつが必要なんじゃん。来客用の布団っていうのは上ですか？いろいろ置いてますね。下にもありましたし。下にあったのはなんか友達がたくさん泊まりに来るからって言って布団を用意して、上にもでも敷布団がありました。他がありますね。そうですね。来客用の布団一つとっても結構あっちこっちに散り散りなので、そこもちょっと片付けながらどんどん整理していきます。じゃあ次ちょっとこっち行きます。衣類系まとめてやっちゃいましょう。パジャマですね。私です。腹き。腹きかいの。じゃあ一旦これを全部出しましょうか。4枚って言ってはったの。今5ある。そうですね。4あれば洗濯品の時に絶対足ります。これいいだね。はい、4枚になりました。で、このままちょっと他にも他の時期のパジャマがまだあるという。まだまだあります、パジャマ。ここはなんか生地的に真冬。最
ならするならこれかな。はい、4つです。 4つあれば足りますね。はいまだあります。あります。はい、違うシーズンの、なんか結構使い分けが多いんですよね。大量のパジャマが掘れば掘るほど。夏の服ありますね。はい。と、こっちのパジャマはこれの長袖バージョン。長袖バージョン。そうですね。なのでちょっとパジャマの種類が多いかなっていうのは率直にあります。例えばさっき最初に見直したやつとか、春秋に当たるものとかと結構生地感的にもほぼ同じようなものもあったかなと思うので。これはもう大丈夫。うん着るときないわ。正直これなくてもさっき残したこっちでも、ほぼほぼ同じような生地感のものもあったりするので、結構春秋とか夏は大体兼用できるので、特にここはなくてもいいかなっていう。覚えてます。もう穴開いてるの覚えてるくらいですかね。なので、さっきのものと合わせて、これあれば全然足りますね。七分袖とかも半袖もあるんだったら、長袖、七分丈、半袖も全部対応できるし、こことこれですね。入れたらもう十分全部対応できますね。半分ぐらい減ったんじゃないでしょうか。続きまして、こっちが、大量のパンツとストッキングですね。足元系っていうことで。これはフォロかなどうしようかなって悩んでるやつです。じゃあ、一旦その冬のモコモコ系の靴下全部出しましょうか。4、5個あるって感じか。これは別になくてもいいです。そうですね。4つあるので、こんだけあれば困らないと思います。はい。あと他のシーズンの靴下もちょっと出しちゃいましょうか、全部。これが、ショートソックス。これが短め。ここら辺が一緒かな、全部。僕だったら、ここから1個はなくてもこと足りそうだなと思いました。こっちの方が入ったかな、下手ってる。これ、こっち。はい。はい。靴下これだけあれば、冬、春、夏でこと足りると思います。もし今後家事を効率化したいなら、同じものと移してあげると楽になります。という感じで、こっちも行きましょうか。実際こっちをよく見てみると、結構肌着とか割と黒系が多かったりすると思うので、靴下もこの要領で同じ色で統一してあげるといいかなと思います。で、ここがどういったものが入ってますかね。タイツでヒートテックとか。とかですね。これがあったかめのキャミソール。これ薄い普通に夏に使うキャミソール。これがぬくいやつやけど半袖の分。ここがとってもぬくいやつ。で、ここがノーマルヒートテック。そうですね。冬用インナーが3種類ぐらいあったかさ違うのがあるって感じかな。一つこれ減らすテクニックで言うと、もう寒い時は2つ重ね着しちゃうとかですね。僕とかは実際同じやつも札幌行くとかめっちゃ寒い時とかはもう同じの2枚重ねたりとかして対応はしてるので、そういう風にしてあげるともう少し減らせるかなっていうのはありますね。さっきのパジャマしかり、半端なシーズンのものがかなり細かくパジャマが種類豊富にあって、もちろんね、もう無限に数持てるんだったらそれはあってもいいですけど、結局ね、僕たちももう使えるスペース限られてますし、そういうのってあると便利くらいのものなんですよ。別にね、極端し、なくても困らないのあったと思うんですよね、パジャマも。あると便利で残し続けると、どんどん物は増えていきます。ないと困るってものの視点で見てほしいですね。半袖もあって、タンクトップもあって、さらにその中でもタンクトップでも薄手のがあって、ぬくいやつがあってみたいな、結構いろいろ分離しちゃってるので、僕だったらタンクトップと半袖は別にどっちかでいいかなと思ったりしますね。そう、でもこれはもう分かってんねんけど。穴が開いてる。こんだけ広くって、半袖とかの下に押し込めるから、ここの部分そんな変わらんの。そう、もう本当におっしゃる通りで、長袖ぐらいな。この丈いります？長いのが嫌いなんで、本当はこれも全部もっと短いのが欲しいぐらいなんです。僕とかも実際インナー長袖持ってなくて全部半袖にしてるんですよね。冬場でも別に今ちょうど冬用インナー着てるんで、これ半袖で使ってますね。っていう風に長袖嫌いっていうのも僕もちょっと似た感覚あって、中に着るものだから、長くても、ね、短くてもそんなに外からは見えないし、今聞いてる感じだと、長袖のインナーとかなくしてもいいんじゃないかなっていうのはありますね。長袖のインナーが1日1枚のイメージじゃないんですよね。試合行きます、午前着てます、で昼試合で帰りに帰ってきて、でお風呂入ったら着てとかいっぱいあるからなんですけども、みんなめっちゃ着替えるんで、じゃあ多めにっていうのが言い訳としてはこういうときたかった理由です。なんでそれに着ないやつはもう逆に全然じゃあ減らそうで、はいという感じで見直しも終わってまして、少しスペース空きましたね。こんだけあればほど足りますね。はい。運動着見ましょうか。卓球される時のすごい数。一旦もう一回必要なものだけちょっと教えてほしいです。一緒に出る相手によるんですよ。なのでお揃いでユニフォームをダブルスとか団体戦とかっていう関係で、結構いろんな人といっぱい出るんですね。はい。これがいい。大丈夫。なんでサイズがちょっと大きすぎるものは減らしてもらったのと、あとこっちも同じような感じですかね。
一緒に出てないけど、いつかそういうことがあるかもしれないシリーズで、あー一応。こっちが現役で使ってもらうから、こっちちょっと見直しによっちゃあるんじゃないかなと。はい、というので、ここが昨日ちょっと終わらなかったやつ、運動着とかタオルとかあるので、ここも見直していきます。今、結構お母さんのこう、運動着だったり、下着系が多くて減らしてる最中ですが、お、可愛いって感じで、トレーナーみたいになってますね。まあ、一つ言えることで言うと、多分あっちの運動着はもうほんと試合中とかに使うやつ、で、こっちがじゃあ体育館に行く途中までとか、試合中の待機時間とかにそうです。使うようなやつですよね。根本数減らしたいとかなってくると、まあ、運動中のやつはいると思うんですね。行く途中のやつとかは、例えばまあ、バイクのものと兼用できたりとか、普段着のものと一部兼用してもいいんじゃないかなとは思ってますね。こっちが何でしたっ治療に行くときに下すぼんでるズボンの方がいいっていうんで、2週間に1回行ってるんですけど、け？僕だったら一番多分減らすと思ったのはここですね。僕よく言ってるのは、中間的なものを極力使わない方がやっぱ数は減ります。まあ、極端な話これ別にダル着なくても、まあ、普段使ってるおしゃれ着着てってもいいと思いますよね。ダル着で着てると、やっぱなんかこう、ちょっと気も引き締まらないと思うんですよ。まあ、最近だったらなんかワンマイルウェアみたいな言い方したりするんですけど、コンビニ行くよとか、近所用みたいなものの服とかなんか打ち出してることあったりするんですけど、そういうあれば便利的なものはやっぱ、持てば持つほどどうしても物増えちゃうので、その中で言うとこのダル着はまあなくてもいいんじゃないかな。運動着はもう逆に絶対使うってことだったんで。はい、ちなみにさっき、ももさんがバスケされてるって話が出たんですけど、はい。バスケします。ね、ちょうどこの自分が持ってる服の量だけあるみたいな。そうですね。これがもう全部釣り、クローゼット全部ないくらい。はい。こんなにズボンあってどうすんのと思いますが、まあ、もう用途があるということで。ので、そうですね。というので、ここが普段持ち歩いてるハンカチですね。これ枚数がですね、ちっちゃいのとか長いのとか、ちょっと大きめとか。基本的に使ってるサイズこれですよね。そうですね。まあ、例えばハンカチは1日2枚使うとかある感じですか？ 2枚ぐらいは入れてます。出かけるときは。出かけるときは、じゃあカバンにも絶対ハンカチを2枚。1枚だとダメ。まあ2枚は使ってると。ってなった場合は、4日分だとすると、8個あれば多分足りると思うんですね。なのでここの3枚はなくていいかなっていうのと、あとこっちもそうですね、この辺り若干なんか、ちっちゃめ。これとこれ、生徒さんからいただいたやつ。思い出があって捨てづらいみたいな。そうですね。だとすると、僕だったら、ここの8枚と入れ替えます。思い出もあって捨てづらいとかだったらもうちゃんと使ってあげるとか。あ、なんではいちっちゃいシリーズの時に使ってます。ちっちゃいシリーズも合わせて8でいいと思う。ちっちゃいシリーズっていうのってどういう時に使う？試合の時に持っていきます。ちっちゃいポケットに入ってトイレ行けるんで。普段もこれ使ったチコリ。チコよりすぐビチャビチャになるやん。僕だってできるだけちょっとこう、極力水分取ってから服とか、そういうとこでもサイズができると思うんですけど、まあまあ、逆にこれはもう本当に運動の時しか使わないですか？ほぼほぼ。まあ、だとすると運動着のとこに入れてあげてもいいかな。なので、じゃあ必要な分はこれだけということで、メルルが見守ってくれてます。じゃあ続きまして最後、残されたのがここの棚。まあ、好きなアーティストさんの物販のタオルなどなど。なのでちょっと一旦出しましょうか、これも全部。まあ、そうですね、ここはもう本当に趣味のもの、思い出のものに当たるものなので、ちなみにここはパッと見て減らせそうなものはありますか？ギリこれ。羞恥心。懐かしの。まあ、これはまあ、もう大丈夫かな。ギリ。ギリ、まあ、どうしても何か捨てなさいって言われたら。まあ、ここも本当に、もうお母さんがどこまで減らしたいかっていう、ちょっと価値観の問題にもなってくるので、使うのはどう？そう、卓球とか。まさに、それ僕ちょっと同じこと思ってて、好きなのであれば、例えば普段のタオルとか、卓球の時に使ってあげるとか、そういった方がタンスに眠らせておくよりも、ちゃんと前に使ってあげた方がいいかなっていうのはあります。それに、タオル系って、それこそ多分今後もライブ行かれますよね。新しいライブのために多分タオルできて欲しくなりますよね。まあ、なのでこっから先もどんどん増えていくもんなんですよ。まあ、だからこそ残したいものは使ってあげて、でも古くなったものは手放していくっていうような感じがまあ僕からのご提案になります。置いときたいのは分かる。使いたくないのも分かる。コレクターとしては。じゃあ一旦これまだ急ぎやらなくても大丈夫なので。最後にしよはい、まあそうですね。進めへんもんね。まあ、捨てたくないものを無理やり捨てさせるたいわけでもないので、僕も。まあ、ただそうですね、その分、ここ残すってことは、もう他をもっと減らしてもらう必要あります。トータルで帳尻合わせてもらうために、ここ残すなら他のとこは頑張るっていう。頑張ります。バカでは済まさんよ。う。この家タオル多分集めたら200枚ぐらい出るから。そうですね。はいやっぱ T シャツもダル着に作業着にしていいと思うで。ほんまや、これは着ていった方がいいんじゃん。まあでもね、多分なんか使わずに取っておきたいんですよね。動画見てる人は多分どっちの気持ちもわかると思うんですよ。物を減らしてほしい娘さんと、もうコレクションしておきたいという気持ちとね、もうぶつかっておりますから。でですね、もうお母様が必要な運動着とか、肌着が今ちょっと全部そこに積んであって、まあ、ざっくりこれくらい残ってます。で、これ管理するにあたって、
て、あの引き出しじゃなくてもいいかなっていうのが僕からのご提案になります。出しちゃいましょうか。はい。はい。というので、もうこの衣装ケースも全部は使わないので、古いやつは掃除して、埃やばいですね。うわえぐい。でもこれは本当にお母さんから引き継いで何十年と使ってきたものたちですね。26年間ありがとう。おー、26年。すごい、ギリギリですね。ギリギリですね。どんどん物が溜まっていきます。はい。というので、今、すごいこれ、詰めるために床を開けて、うまく綺麗にはめ込まないとっていうので、頭使いますね、この作業。いやー、てか、こんだけ衣装ケース減らしたのか。そして、あのクローゼットの収納力もすげえなと思いますね。マジですごい。こんだけ入ってたんだもんな。結構広めなクローゼットですよね。奥行きもしっかりあるやつを選んでるからな。確かにだからこそ買っちゃうんですよね。ですよね。買っても溜めな込めちゃう。んぼでも入るんで。で、この部屋もむちゃくちゃ広いんで、なんぼでももう僕の趣味の本をもう片付けずに置いてしまう。20年間ぐらいはなんとか収まってたと思うんですけど、ついに物が収まりきれず爆発しちゃいましたね。ここ5年ぐらいですね、物が急に増え出したのは。ごめん、赤字家計になってから。そうですね。はい。物が増えるイコール赤字家計になる。それです。というので、ここ、広い。下のタンスがなくなっただけで、ピカピカ。じゃあお母様の分はですね、この6段はまだちょっとあるので、戻してはいくんですけど、多分木製のやつよりはだいぶ使いやすくなるし、スッキリはすると思います。というので、3階とかにあったものも含めて、家中にある寝具持ってきてもらったんですけど、ちょっと全部見直していきましょう。とにかく服もそうですけど、寝具もすごい量です。そうですね。はい。敷布団とかは上にもまたがって。まあ、上のは来客用って感じですかね。なのでちょっとこの回で使うものはちゃんとここに収めていきましょう。じゃあ、ここは、お母さんが寝てるところだと思うので、僕の上、一人一人。それぞれの回で置いていきましょう。っていう感じでいるのが整理できたので、こうしたら、どこに何があるかわかるんで、いいですね。そうなんですよ。もう直置きでそのまんま今はい置いてもらってるんですけど、そういう発想がなかったんで。ケースなくて全然いけますね。正直いらへん。今の耳のやつなんですか？はい。ユニバのキティちゃんですね。ユニバのキティちゃんがどえらいとかでいきましたけど、はい。もうカバーはなしで大丈夫ですね。寝具もようやく見直しできて、大量のゴミ袋出てますし、ありがとうございます。布団も見終わりました。じゃじゃんということで、もう必要な布団は全部左上ですね。クローゼットの中は全部これで片付け終わりましたね。ありがとうございます。ありがとうござい素晴らます。しい。服も布団も運動着も全部ここに収まってます。うん涙出てくるね。初めての光景ですよね、これ。はい。はい。いつもね、年末年始お片付け手伝ってたと思うんですけど。てんやわんやでしたね。うんしかもなんか、全部の布団見ようという気にならない。気力にならない。やっぱり、去年も実は言ったんですよ。はいこっちとこっちで一言に分けようって。もうそんなん無理みたいな感じでやっぱなるんで、不可能だと思ったんですけど、もう実現できて嬉しいです。おー、よかった。って感じで、ここはじゃあ一旦終わりということで、お疲れ様です。ありがとうございありがます。とうございます。じゃあ、続きまして、こっちですね。じゃあちょっと一旦休憩挟みましょうか。はい。まあちょっと今、ご両親がいないタイミングなんで、お母さんが結構ね、大変ですね。細かい使い分けが多かったりで。そうですね。でも、もうそれが当たり前で、ずっとそうしてきてから、それがないなんていけるのっていうところが不安なんだと思います。そうですね、今日もなんかクローゼットどうですかって聞いたら、お父さんはもう最高って言ったけど、ちょっとお母さんはね、逆にむしろ少なくて不安みたいな。まあでも、自分もその生活をやってみて、あ、いけるんだということに気づいたんで、ちょっとやってみないと難しいだろうな。そうですね、急激に1日で変わったから結構で戸惑いも多いと思うんで。けど、数年にかけて、力を減らしていこうかなと思ってます。バトンをきついですね、多分減らした状態で生活したら絶対マインドの方も変わってくるから。もうね、安物は絶対買わんようにします。ほんまに。難しい。ももさんは今東京で 1K とかですか？広さは。結構狭いワンルームで2人で住んでるんですよ。なんか物理的にマジで物置けなくて、はい。少ないんですけど、私も彼も少ないんですけど、はい減らすよって言って。なるほど。昨日着てたパーカーとか向こうのやつなんですけど、兼用できて、自分のはもうこういう普段平日5日からもうずーっと着てます、はいマジで毎日。すごいコンパクトなバンドで2人で暮らしてるからだいぶ減らしますね。ということで後半戦リビング行きます。ついについにでリビング行くんですけど、先に僕片付けで意識してることとして空間別じゃなくて物別にやるっていう、今回で言ったら家中にある服を集めてそこで片付けたんですけど、次やりたいのが紙の本と書類ですね。この辺りに結構そうですね。書類固まってるなと思ったんですけど、逆に他の回そんななかったですよね。本系はあるかもしれないです。3階と1階に。 1階は結構取り出すの大変そうだな、大変だと思う。じゃあ3階行きましょうか。それと合わせてちょっとここで見ちゃいます。はい。というので3階に来まして、この辺りちょっと見ていきましょう。本棚見ると何を勉強してるかわかりますね。セールスコピーだったり、経営だったり。うわ、ネクステ夏。ももさんが受験した時のそうですね妹さんもかな。はい、2人とも。うんうんそれは、はい友達
の本ですね。そう、友達の会社で出版した本。お赤い下敷きとかが。これも受験期。受験期に。あと妹も私も好きなメイクブック。しかも2冊ある。妹さんのもの以外は全部出せたので、ここ見直していきます。じゃあ下持っていきましょう。あ、持ってこう。そうですね、本があっちこっち散ってるのをできるだけ一箇所に固めていくっていう方向で、ここ結構雑多にいろいろ外箱だったり、回路だったり、ぐちゃぐちゃに書類も入ったり、メガネケースもあったり、おみくじもあったりっていうので、ここ全部出します。もう中身を全部ひたすら出しながら減らしてもらいたいです。はい。多分もう奥の方に詰まってるやつとかしばらく使ってないのばっかですよね。そうですね。もうこれもゴミか。あ、ネットキャップこんなところにあった。探してたね。探してたものも見つかって、ここは結構お父さんのものが多い感じですか？そうですね。これは掃除せずに風化したやつです。掃除道具。ブラインドを掃除するやつ。もうすでに汚くなってます。掃除道具が汚れてるっていう。はいこれは、ゆうすけさんが出てるから買ったであろう、関西ウォーカー。ワンちゃんたちがびっくりしてます。何事だって。もうとりあえずボックスっていう感じで積んでありますが、出しましょう。出しましょう。取説関係ですね。もういらないですね。そうです。で、説明書に関して言うと、まず大体もう見てないですよね。見てないですね。保証期間ももう過ぎてますよね。そう、まさに。大体これ買って1年以内に保証が説明書に付属してることがはい。多いんですけど、もう過ぎてるから減らしていってるのと、最悪言うと、もし見たくなったら、エアコン自体の型番を検索してもらえたら、ネットでネットでチェック入れますよね。はい。ので説明書は基本1年以上過ぎてから捨てていいです。そうですね。もうこの箱に入れてるものはもう使わずにとりあえず奥にやっとけっていうので。なんか知らんけど、マスクもありますしね、これ。なんか、うわいらなそう。はい。もうゴミや。もうこれ色変わってるから、あほんで。かんあかんあかん。はい使わんすね、こんなんもね。未開封だし、この中もですね、結構ホコリ、汚れが。はい。もう全部ね、こういう契約書とかね。あ、ジェイコムだけ置いとく使ってるやつやな。ただ、契約書もですね、はいやらなくても OK で、基本的に何かあったら J コムに問い合わせて、お名前と電話番号言ったら大体向こうが個人情報持ってるので、この現物がないと何か証明できないかってことはないので、これも捨てちゃっていいです。でもし、例えば今後こういう契約書にマイページのログインパスワードとかそういうのがあったら、メモに控えたり写真撮って送ってもらいたいんですけど、この契約しましたって内容自体は別にもうぶっちゃけこの書類なくても全然大丈夫です。解約の時困ったりとかはないです。大丈夫です。もう全然、お名前と電話番号言ってもらえれば、向こうが何契約してるかっていうのを把握してるので。例えばマイホームですよね、こう。はい。はい、なんかマイホームなので、そういった不動産の契約書とか、そういうのは取っといていいです。現物がないとその土地の所有権が。はい。今度は回路が出てきたり、これ期限がもう2022年で切れております。という感じで全部出し終わりまして、こっからちょっとなんか重要なもの入ってそうなゾーンとか、あとさっき持ってきた本とか、はいここからいらないものをどんどん減らしていきますお。願いします。で、まず、紙の本から行くのがおすすめです。おー、これ、ヘキサゴンドリル。これは、いりますでしょうか？全く覚えがない。めっちゃやってる。丸付けもしてる。じゃあ、ももさんがちっちゃい時にやったとか買い物とか。とかちょっともう覚えてないですね。で、小学生やもんな。っていうふうにこういうのね、見返してるとね、つい懐かしくなって話が弾むと思うんですが、どんどんいきます。なんだっけどんどん行きましょう。はい。すごい。なんか、9割捨てて要約力10倍伝わる。会話も文章も短さこそ命っていうので、ミニマリストっぽいタイトルの本が。多分大丈夫なんですよ。はい。というので、なんか妹さんの本とかもあるので、今、写真撮って、これ捨てていいか確認してもらってます。ご家族とかいらっしゃる方とかは、みんなが集まれないときは、個別にちゃんと、写真撮って送ってあげると。要約力だけ置いといてほしい。っていうので、そうそうもう妹さんが確認してくれて、もう LINE がポチポチなってますけど、要約力だけいる。それ以外はもう読んだ。これは記念品って感じなんですけど、どう思いますか？これはももさんの思い出るもの。まあ、そうですね。一般的に売ってる本だったら別に買い直しはできるっていうのと、僕だったらそこは自分が載ってるところだけ写真撮るとか。まあ、確かに。あと、ここがノート系ですね。多分、なんかちょっとしたメモに使ってるやつばっかりなんですよね。いらんっちゃいらん。とかこれはなんか自分が学生時代とかに書いた時の記録みたいな感じですね。まあそうですね。あとはもう妹ですね。全部2、3ページ、5ページ分ずつぐらい。メモの魔力とか。妹さん勉強熱心ということで、0秒思考とか、メモの魔力とか、多分読んだ本の内容を思考の整理で文章に書いておかな。最初の数ページ書いて終わりみたいなものがいっぱい。で、お母さんは、上地さんの本は残して、鶴野さんとか、他のメンバーになってますよ。羞恥心の中にもちょっと序列がありそうで。鶴野さんとかはあるんですよ。こっちはもう手放して大丈夫ですか？コルちゃんありがとう。それの不安からバッシング。これが読みたくて買ったんじゃなくて、何度連続ではい購読すれば、このペットカメラついてきます
よって言って、そんな何号だけでっていうのが解約し忘れて、こんないっぱいになってます。なるほど。大変いや実はですね、僕ここの使い方どうしようかなって今考えてるんですけど、おそらくこれ減らしたらいらないんじゃないですかね。しかもその下にもなんかまああるし、いろいろ。そう、まさにこのカラーボックスなくしても多分ここで全然収まると思います。そしたらそっち側結構広く使えるし、よし、じゃあそのカラーボックスなくしちゃいましょう。よし。どうせこれまた置いちゃうと絶対便利だからどんどん詰め込んじゃうんですよ。それはあります。でも収納は根こそぎ減らします。はい、列挙いたします。そしてまたカラーボックスの奥からも大量に外箱ありますね、ここ。これが捨てれない人の典型ですね。これでも絶対お父さんのですよね。僕のですね。はい間違いないいやー、マジやばい。1日半でこんなに出ました大量の衣装ケースにカラーボックスにゴミ出しが大変ですね。やばいかも。ということでそこめっちゃ広くなったんじゃないでしょうか。こんなんやったんですね。やばいですね。後ろがケーブル配線ごちゃごちゃ。そしてそのまんまこっちも見ていきましょう。はい。うわ、なんでしなこんな外箱ばっかりあんねん。外箱ボックスだ。こんなリビングのめちゃくちゃいい場所に。一等地にね。ここら辺はもうあったら便利だけどなくても困らないものがいっぱいのはず。この外箱なんかもう早く捨てりゃいいのにっていうこれは Bluetooth スピーカーの箱ですね。箱の中身は空からですね。空です、はい。外箱が捨てれないみたいな愛着があったんでしょうなんで置いといたんかもわからないぐらい。売ると起用とかでもないですないですね。あと書類ですね。ああ書類がまた出てきました出てね。きましたね。せっかくなので一緒に見ちゃいましょう、これどえらい埃かぶってますよこのドライヤあ、それ掘るやつ。ー捨てますね。はい任天堂の 3DS の懐かしい。ちなみに聞かなかったことにしてほしいんですけど 3DS は今結構売ると値段が高いです。ちょっと。コレクターの間で今値上がりしてるんですよ。そうね、言われるんですよ。YouTube とかで渋さんそれ高いですよとか言われると、いや俺が知らないわけないだろってことで、なんか Wii とかのゲーム機で配信されたやつが、はいはいこっちが終わっちゃってなんかこっちしか遊べないゲーム機とかで、レトロゲーム好きの間で入ってるんですね。流行ってますね。まあ言うて1万円とかそこら辺ですけど、まあまあ。これ、なるといらんやつちゃう。もうわからない。私のじゃない。わからないからとりあえず紙袋を入れるっていう。部屋が変わったみたいな。うんうんついでにもう汚いのも掘ってしまいましょうか、仏壇の。はい、あの周辺も行きます。はい特にこの右上のこれなんてもうやばいです。怪しい。もうこの動線見てもらったらわかるんですよ。あんな一番奥にあったら絶対誰も引き出してないですよね。ですよね奥の方わざわざ行って。ですよね。物が物を呼ぶって言ってるんですけど、カラーボックス買って、で、さらにそのカラーボックスの中で仕切るためにこの収納ボックスが増え、で、ここに入れ込むことによって大量のまた物が溜まってっていう最悪の負の連鎖がありますので、これもはい。捨てていただきます。はい。多分カラーボックスにあったやつもほぼほぼいらないはずです。ですね。ちょっとパッと見えた書類のとこにも、このマイナンバーカード交付申請書って、しかもこれ懐かしい、最大2万円もらえるマイナポイント第2弾実施中ですって多分これ、いつのだかなり前ですね。初期の頃ですね。はい、だいぶ初期のやつなんで、もうこういういらない書類もいっぱいあるはず。あそこの収納がこんにちはしてる。カラーボックスの奥にあった一番奥の扉とか多分もう扱ってないんですよね。開け開けれないですもんね。何が入ってるのあそこ。それも謎です楽しみ。。謎ですね。それは動画の後半で。何やねん。お楽しみに。もう風水グッズももうお役目ごめんですね。お風水グッズはいこれちなみにどちら様のネットで買ったやつです。お父さんが買ったんですね。どっちかというと風水っていう言葉ができたからお母さんが買ったのかなと思ったんですけど。もうそ私が別途風水的に良くなるように観葉植物などああ、ここに置いなるほど。お父さんが風水に一応ハマって。まさに風水好きだったら絶対物を減らしておかないといけなくて、はい例えば、まあ植物をこの方角に置くとなんかいいことあるんですよね。はいそういう時にこれ減らしておかないと置けなかったりしますよね。ですよね。今後多分例えばなんか風水によってはこの絵をこっちの方角に飾らないといけないとか出てくると思うんですけど、はいこれ物を減らして余白の空間作っておかないと置けないので、これを機にやっていきたいと思います。結構僕の片付け企画とかでもそういう風水好きな人が結構申し込んでくれて、ちなみにこれをあそこに置いとくとどういういいことが、いや別に何も考えずにとりあえず風水グッズを置いてみたかったというそれそうなんです。だけなんです。とりあえずはい置いたら運気上がりそうみたいな。はい。全然上がってませんけどね。なるほど。方角は特に関係ないんだ。関係ないですね。ありがとうございます。さ未使用のクリアファイルとかあるんですけど、これ使う予定あります？整理したいねんな。ここだけに。はい。ただ基本は僕はもう特に片付け苦手な人はこのクリアファイルあんまり推奨しなくて、これがおすすめです。このどこでも買えるシンプルな。これに中身が見えるように入れて、もう直接クリアファイルに挟むっていうのが一番パッと中身がわかるし、かさばらないです、特に。これ何が問題かっていうと、まず中身が見えないっていうのもそうなんですけど、全部使い切らないと、その余った分、傘が無駄に溜まっちゃうんですよ。
これだったら使う分だけ挟めばいいから傘の部分が膨らまないっていうのでこれがおすすめです。これだったらどこでも買い足せるんで、なんかこういうのってまた追加で増えたら同じので統一したくなっちゃったりとか、で同じのを買うのを探すの手間ができちゃったりとかするんで、極力ちょっとこういうのはなくして変えていきましょう。というのでこっち見てる裏でお父様が引き出しを、はい、もう引き出しの部分もこれ撤去したいなと思ってますんで。ここほとんどお父さんの方ですか？そうですね、あとは家族間のこの書類ですね。ほぼもういらないと思いますんで、これを機にもう全部捨てたいと思います。なんかもうこの引き出し自体も結構年季が入ってる感じある。むちゃむちゃ汚いんで、これを機に捨てたいと思います。あ、これさよならする。お、これいいですね。もう上地さんの大好きな。こういうの、今後も手放されそうなんですけど、こういうの手放しづらかったらもう写真撮ってっていうのがおすすめです。ゆうちゃんの写真いっぱいあるんで大丈夫です。ですね。でもこれ、そこに眠ってたやつじゃないですか。はい。で、今日みたいに片付けしなかったら、こうやって見返されることもなかったので、片付けをきっかけにこうやって懐かしいなって言って楽しめてるから、もう思い出も残ってます。すごい、分娩確認書って合ってるのかな、読み方。足の指紋があったり、姉妹が生まれた時の記録ですね。母子手帳と一緒に入れて、母子手帳ってみんなどうされてるんですかね？母子手帳。てかもう少なからずですね、今は必要ないですね。もう、どっちかというと、もう思い出のものなので、まあ、お母さんの気持ちの問題ですね。まあ、なので、こういう思い出のものちょいちょい出てくると思うんですけど、最後にひとまとめにして、ある意味思い出。交通事故証明書っていう、事故った時の思い出があるみたいな。ちなみにこれどういう交通事故だったんですか？それが単独でこけて、バイクで両手骨折しました。その時のあれでな、いろいろ後遺症が残ってんねんな。そうなんです。だからちょっと重たいものとかもあんまり運ばないとかっていうのができなくって、拭き掃除とかもできるだけ左手でやってとか。なんか聞いといてよかったです。単独でよかったのか、まあ、人は巻き込まなくてよかったですね。止まってんやん、こう。使えへんかったんやん。どうされました？こういうのが去年もたくさん出てきて、いっぱい溜まってる。このサンプル品、これね、入ってますけど、ここから出てきましたからね。書類のところから。少なくとも今年のではないし、結構こういうの見て買いがちですか？定期便を取ってるんで。定期便のやつも使い切れてます？はい、それはまあじゃあ溜まってきたら調整して止めたりして。まあこれはサンプルはもういらないですね。これサンプル使う場合はこの書類のファイルじゃなくてもう洗面所とかメイクポーチにしとかないと。だから必要なやらなあかんやつはもうすぐやるってことですね、少なくなったら。まさにこういう契約書類系は結構かなり減らせているんですけど、問題はこの封筒ですね。でこれおそらく税金払わなきゃとかいろいろそういうの溜まってると思うんですけど、これもう今から使おうにも多分期限が切れたりとかすると思うんで、このねもう後回しにせずに極力すぐやるっていうのと、取っといてもどんどん期限切れていくんで。見ていこう。はい、すごいマイナンバーカード作りなさいって何回も送られてきて。そうなんですよ。これ家族の人数分、このマイナンバーカード交付申請書が大量に、早く作れって来てるんですよね。最速の。しかもすごいこれ面白いのが、こっちは最大2万円分もらえますっていうのが第2弾ですって、こっちは12月末までにっていうので、もう作らないからこういうシリーズごとにこれ歴史を感じますね。ぼちぼち作んないと保険証とかがもう今従来のが、もうなんなら来月から使えなくなりますね。はい、従来の今までの国民健康保険証青とか紫のやつ、あれも全部マイナンバーカードに統一化されるんで。作るにしてもこれいらない？それもいらないですよ。古いから使えないと思います。マイナンバーぼちぼち作っとかないと結構不便なこと増えると思います。そうなんですね。取っとくべきは、銀行のパスワードとかログイン ID とか載ってるものの引っかは忘れないために取っといてもいいかなという感じ。というので、お母様もたくさん減らしてくれて、必要な書類系は一旦ここに収まってます。あんだけぐちゃぐちゃに放り込んであって必要だったのはこれだけですからね。これ思い出系ですね。これ私のんちゃう？うわ私ですわ、新婚旅行ですわ、これは。若い。こんな写真どこにあったん？あら、オーストラリア行った時のやつや。僕もね、はい昔はちょっとイケメンやったん確かに、はい。オーストラリアのコアラ持ってます。お母さんもまんまですね。はい。懐かしい。今がこんな感じになって。あとさ、ちなみにゴミ袋がなんと50枚だったやつなくなりつつありますが、まだあります？これだけ？じゃあ後で買っていきましょう。っていうくらいもう50枚近く捨ててきてる。で、だって後ろを見てもらうと、もう大量に今日捨てたやつでもこんだけありますからね、あそこ。というので続きましてこっち見ていきます。でちょっとどんなものが入ってるかちょっとざっくり扉がない。日用品みたいな感じですかね。文房具とかファイルとかもういろいろ入ってますね。そしてでこちらが虫除け虫除けとかなんですけど、これ今でこそちょっと今テーブルをどかしてるからここに僕たち入れてますけど、ここもともとダイニングテーブルがもう目の前にあって、ここをほぼほぼ使ってない
はずなんですよね。もう全部使ってないと思います。使ってないですよね。多分ここがママ使ってて取り出しにくいながら頑張ってちょっとここだけですね、使奥ってるがのは。救急箱なんで、これですねほぼほぼ使うことがないので、奥には貯金箱とかいろいろ、これをちなみに、何ですかこ絶対あれ。れやで。処分したいねんけど。あかん、それゆうちゃんの。ユースティグッズはもう何が何でも捨てないから。置いとくんやね。はい汚いで、これ。はもうどんどん出します。い。ちょっとここにやばやばいです、これ。埃が。中身は。からでわおござい。ます。もったいない。一応ね、ここからになりましたねお、。なんか隙間から。これも多分、紙時間系やと思いますね。これもいる。行ったところでもらって、黄色いのは別のところで使ってるんです。はい。なんで、あるのはあるんで、それなら、大丈夫ですね。はいだからこれも存在忘れてたものだと思うので、これは大丈夫そうです。こちらはですね、思い出ですね。はい、こんな風に大量に写真とアルバムと、まあ、通帳とかかな、いろいろ入ってますが、ありますねここは、右の下の年賀状、それは掘ってるやろ。これはいらないですか？はい。もういらないですね。このままいっちゃおう。はいありがとうございまはい、あした。りがとうございます。まあ、ちゃんとなんか分類して保管はしてありますけど、もうずっと埃かぶって特に大切にしてる感じでもないと思うので、どんどん減らしちゃいましょうか。てか、この使用済みの通帳どうする？なんかこんなの通帳だらけや。おー全部通帳です。これ全部だからも全部掘ってないもん。全部通帳です。億万長者みたいですね。こんだけ記録してるとの、そんだけお金の出し入れがあるってことですよね。 26年分です。まあ今は結構もう通帳もデジタル化してる人とかも多いと思うんですけど、まあ最近は結構そうですね、ネットバンキングとか、もう紙の通帳を使わずに、引き出しとかもなんか今 QR コードでできるような口座とかもあったりしますね。まあなので、一旦そういったものを切り替えてもらうとか、使ってる場合もこんなには全部いらないと思うので、これがあれですわ。フィルムのネガですね。もういらないですね。連動するのもめんどくさいですよね。はい。目がつくももさんは25とかなんでもう全然世代、まあ僕も世代じゃないですけど、こういう片付け企画初めて知ったっていうので、もうこれフィルムネガがいっぱいあります。まあ、これ光当ててみると一応見えるんですけど、知らない世代ですね。もうなんかどっちかというとこれ見てエモいっていう世代だと思うんですよ。これはちゃんとそうですね、もう写真屋さん行って現像しないといけないやつなんで、僕ら結婚したてはまだデジカメとかなかったんで、うん一眼レフのいいやつ買って子供たちを撮ってましたね。なんか最後思い出系でまとめて確認するでもいいですか？うん、そうですね。なので、ここちょっとまとめて一旦どっかどっかやりたいな。っていうので、こんな風に思い出系ってやっぱり、まあ残す残さないみたいな話で結構時間もかかりがちだし、捨てる場合も結構手に取ると懐かしいっていうので結構時間かかっちゃうので、一旦後回しにして、まあ、こういう風に思い出ボックス作って最後に回すのがおすすめです。特に写真とかってね、こういうのって買い直しできないんで、もう一回捨てちゃうと最後っていうので、これ最後に回します。あっても使い切れないですよね。はい、もうそれそうですね。まさに。なので、裏でお母さんにはいろいろまだ片付けてもらってますが、この辺がメモ関係いろいろあるんですよね。けどではいメモはメモで使ってるのは使ってるんで、まあ、なくなっていけばっていう感じなんですけども、使い切れなさそうなんですけども、それだったらいる時にいる分買えば。そうですね。まさに、もう大丈夫ですし、これ懐かしの羞恥心メモ帳とかありますけど、もう大丈夫ですね。はいこれだけユースケメモの帳クリが、ア。これだけ取っときたい。はい。はい、わかりました。じゃあ他は手放しで。まあこういうのもね、値段が安いからっていうのでね、ちょくちょく、まあ可愛いっていうので買ってたと思うんですけど、いや、もらったもんですね。あもらい物なんだローンとか。あ、じゃあもういいですね。はいこんな思い出もないと思う。なんちゃら生命。これぐらい置いといていいですかね。まあかんな。そうですねでかすぎてあんまり一言、なんか連絡用には使わないんで。あ、いいですね。お母さんも少しずつ残そうと思いつつ、いや、やっぱりいらんねっていうので、ちょっとずつ減らせてなってますね。っていう感じで、どんどん出してますけど、そっちは何が入ってました？主にメモリアルですね、こちらも。ああ、でもここもともとね、カラーボックスが手前にあったから、まあほとんどカラーでしたね。でもまあ、ここ、だから全部基本思い出系か。思い出系がだいぶ大事な場所を占めてますね。そして、なんでかわからんけど、はい水槽に入れる OK の石が出てきました。なんか、熱帯魚を買ってたんですよ。ああ、はいそ。の時の飾り石がこんなところから出てきました。うん、そういや、この家魚いたっけと思って。昔ね。じゃあもう、じゃあ大丈夫。はい。両端空っぽで、じゃあ真ん中行きましょうか。はい。ドドン。あ、よかった。そんなに詰まってなくて。はいしかもカバンで行きましたね。はい。空になりました。空になりまして、はい上、じゃじゃん。なんかこっちも結構書類系が。ここ、カードの書類たち。じゃあ次、ここ。私です。そしてこっちもお父さんの私の。あ、じゃあここ見れますね。これなくして。理想はこういう系の方がいいですね。中身が見えなくなるんで、まあ例えばあとはもうこの扉取っちゃうとかですね。ドライバーオープンで。にそう、オープンにした方が絶対物は溜め込まないです。C パッド取り出せて使いやすいですね。というのでちょっともろもろ出し終わったので、ちょっとお父さんはお父さんで、お母さんはお母さんでちょっといろいろ頑張って減らしてもらいます。いやでもここが山場というか、最初僕服減らした後に
に紙の書類やってるんですけど、まあ、この2つがやっぱ一番大変です。紙の書類は結構細々したものが多いから見るの時間かかるし、でかけた時間の割にちょっと量が減りづらいところではあるんですけど、みんなこう後回しにしがちでね、やると本当に重要な書類とかはちゃんと整理して生活しやすくなるんで、ちょっと皆さんファイト一発頑張ってほしいです。そちらは処分を試みてたんですけど、ガラケーが3台も出てきました。古いガラケーですね。はいで、これはいらないっていうのは分かってても、これはバッテリーが入ってたりするので、家庭ゴミで捨てられないんですよね。おすすめは、携帯ショップ。まさにそうです。はいドコモ、au、ソフトバンク持っていったらこれ回収してくれます。わかりました。持って行ってきます。あとは、なんか近くにそのキャリアのショップがなければ、役所とかスーパーとかと、ヤマダ電機とかの家電屋さんとかに、小型家電回収ボックスっていうのがあって、はいまあ、そこにバッテリーが入ってる、まあ、スマホとか、ノートパソコン、ガラケー、あとワイヤレスイヤホンとか最近だと、バッテリー入ってるものは持ち込んでください。はい。整理してましたら、アベノマスクも出てまいりおーまし、アベノマスク3密の時代、もうこれ大丈夫ですね。た。はい。というので、こっちは空になりました。なりました。もうほとんどいらないものですね。そうですね。そしてお母さんも引き続き片付けててもらってますが、そちらは今度はチケットですね。これはいかがでしょうか。この後ぐらいから電子チケットになったんで、多分最後ので置いてたのかもしれないですね。はい、大丈夫です。続きまして、こっちは見終わったので、この上、隙間にも物が詰まってる、捨てても捨てても出てくるマスク、 LED 電球、カメラ、カメラ、ソニーの ZV-1。これ空箱ですけど、空箱です。わけのわからん釘、そしてカメラですね。これは使います。そして仏具ですね。これはね、一応置いときますね。以上ですね。必要なのはそれくらいで、はい他は全部いらない。いらないですもうね。外箱なんで捨てていいですし、またここも外箱埋まってるのめっちゃもったいないですね。ですよね。はい。っていう感じで、もろもろちょっと今、机の上も片付けてもらってるんですけど、この救急箱は、中の薬は取っといても、期限先切れてなかったんでいいんですけど、ちょっとこれ、使いづらいし、中身も見えづらいので、これ、箱取っちゃっていいです。はい。という感じで、ここの整理進めていってるんですけど、この奥も結構いろいろ大変なものが、大量のリモコン、これ使ってますなんかよくわかんなかったんで、とりあえず置いときました。前片付けした。そうですね。よくわかんなかったものがもうすっごい埃かぶってるので、これいらないです。あと気になったのが、この、すごい、これ大量に1円玉ありますけど、仕分けされてますね。仕分けされてる1円と大量の10円玉。これ銀行持ってってもらっても、書いてもらいましょうか。はい、ということで、机の上も、なんとか綺麗になりまして、一通り何があるかは、ここくらいまでは見終わったかな。あとちょっとまだね、カウンターテーブルの上とか、そっちの周辺が終わってないので、また、ご飯の時間だったんで、食べたらまたやりますけども、そのおかげで、この辺り一帯、全部ゴミ袋いっこちぱい、らもですね。こっちも。全部通れない。はい、通れない。ので、ちょっとここも一旦1階にゴミ出しに行きましょう。はい。なので、家族みんなでバケツリレーです。重労働。重労働です、ほんと。やばいってこれ。ゴミ出しの方が大変ですよね。頑張って、これも捨てに行きましょう。はい。でもようやく机の上が何も置かなくていいくらいには綺麗になった。何綺麗になりすぎて感動してます。嬉しいって。てかこの机こんな広かったんだって思ってこんなに白かったんですそう、ね。こんな白くていい机だったのに、半分埋もれてましたから。はい。何年ぶりやろ、こんなん何にもないとこ見たの。このテーブル搬入されて以来ちゃうかな。ということで、今から晩ご飯食べます。6時。という方も6時間やってますよ。あっという間ですね、そう、いやもうあっという間なんですよ。そしてカラーボックスがないから後ろ広いですね。広いです。後ろは広いし、前も真っ白で綺麗ということで、ご飯も美味しくいただきましょう。これは吉野家の牛すき鍋。豚骨醤油味です豚ね。骨。ここに収まんだったらめっちゃいいよな。これがなくても。うまいな。てかもう、ここのカラーボックス全然なしで生活できてますからね。物の住所がなかったから、これまで。物の住所が定まらない理由がもう物が多いからなんですよ。そもそもいらないものもあるし、物が多いせいで置くべき場所にも置けなくなっちゃってるんですよ。だからそれこそこの後食べたら、カウンターキッチン上は行こうと思ってるんですけど、そうですね、あの後で書かせてあげるともっと使いやすくできると思います。ですね。ほぼ僕のばっかりですわ。次は。スピラベはこっちの方がうまいかな。普通の方は。俺も食べて思ったんですよ。絶対普通の方がうまいです。好き鍋というより、ラーメン鍋ですね。そんな感じですね。やっぱ定番が一番です、はシンプルイズベスト。邪道な感じはあります。うん。僕も、邪道行くタイプなんですよ。意外と。私でも食べるんですけど、せっかくだったらチャレンジしてみるかみたいな。意外言っちゃいますね。逆に食べ物とかでそういうのを発散してるんですかね。あそれ以外のものは固定やから。普段食べてるご飯は、ある程度こういう食材食べたいとかあるんですけど、飲食店とか行くと結構邪道行っちゃいますよ。いろんな味体験してみたいみたいな。
じゃあご飯も食べ終わったので、次そっちのカウンターテーブルと左側の引き出しも終わってないので、残った部分やっていきます。はい。カウンターテーブルはお父さんのものが多くて、はい、こっちはお母さんのものが多いっていうので、一旦全部出しますね。はい、そうですね。もういいですね。もうなんか全部出しますねっていうのが癖になってるんで、お父さんも大体容量を調理しましたね。はい。僕、本棚ちゃうから。そう僕ずっと気になったのが、お仏壇の中に書類入ってるとそう思っなんですよて、これご先祖様を立て祀る場所にはい書類があるので、これ出しましょうか。それに関してはもうここに全部まとめるようにはい今整理してます。はいで、さっきここに大量にあったカラーボックスとか、もうここもろもろ全部片付けていったら、もう現状ここに収まってるので、でもあんだけカラーボックスとか大量に書類あったのに、ここに収まってますからね、書類全部。ですよね。そう、必要なもの全然多くなかったし、まだちょっと一部見切れてないのあるから。これそうそうもうちょっと減りますそうですね。そしてこっちはお母さんのものが多いそうなので、こっちを見てもらってます。そう、なんかイヤホンとか、あと、Bluetooth スピースピーカーとかがいっぱいありますね。1、2、3個。これ全部いります？気分によって使い分けてるのもあります。左こ家庭れは。はわけわかんない書類ですね。わけわかんない書類どころか、100均のレバー級式。もうこれいいっすね。ちょっと画角に収まらんぐらい出てきましたよ。おー、はいここは出せたのと、出せました。あとこっちもちょっと出しちゃいます。いるやつだけ戻して、いらないものはどんどん減らします。はい。で、あとここに雑誌とかがいっぱいありますが、もう雑誌自体がすごいこれ、埃かぶってますので、処分お願いします。はい。ご処理袋こんなにいらないので、直近使うこの3つだけ。おー、ゴミ袋なくなっちゃいました、ついに。これも明日ちょっと買っといてもらわないとですね。というので結構文具類とかを見てるんですけど、まあ使ってないからのクリアファイルだったり、いっぱいいらないものが出てきてます。スマホお掃除棒とは、これあれですわ。何ですかこれ端子がちょっと汚れてきて、接触あー不を起こすんで、まだライトニングの携帯なんで、すごいニッチな商品ですけど、まあそれ別になんか掃除機ですとか、このそれがね、この端子の間がもうすごい狭いんで、普通の綿棒とか入らないんですよ。ですので、ネットで検索した結果、こちらがいいということです。これはいるやつ。これはいいです。はい。このものが大量にありすぎて。そうですね。意外とまだなんか見た感じそんな減ってないですが。減ってないですね。盛大にはい折ったつもりなんですけど。意外とお父さんは結構こういう細々した系のものになると捨てれなくなりますね。そうですね。Bluetooth スピーカー何個あるんだ一応。はい Bluetooth のスピーカーの居場所をもう見つけたんで。あ、もうこれは絶対取っときたい3つ。はいまあ逆に言うと、これをパッと残してるってことは、まあ、ここに余ってるスピーカーとかなくてもいいんじゃないかっていうのがことですね。これは、一押しなんで。あ、一応しこれはもう処分ですね。はい。ゴミ袋買ってきてくれました。また45リットル追加で、これで減らせる。 30枚でした。 30枚で。まあ今日はそんだけあれば足りますけど、2日間で50袋捨ててるってことですから。恐ろしい。こんなんもいらんと募集しようと思って買ってたんですけど。そう、やってないですね。やってないですはねい。さようなら。処分。で、お母さん側もこういうちょっと使ってないエコバッグが大量に未開封で3つあったので、これも減らします。今回お父さんがちょっと戸惑ってる。そう、ちょっとね。こんなに時計とスピーカー、まあスピーカーは趣味だからまだわかるんですけど、まあ時計も好きなのかな。なんでも趣味言うたらええやん。趣味のものもちょっと節度を持って管理できるように、ちょっと後で絞りましょうか。こういうのもちょっとやめてほしいんですよね、娘的には。お、これは何ですか？これはほんま何？孫の手ですね。そう、孫の手。いや持ってます。背中を描くのに。はい。なんかそのさっき保険証が使えなくなるとかって話してたじゃないですか。あ、はい。この間なんかまた影に戻る？もしかすると多分一時的にマイナンバーカード持ってない人にそういうのが。そうですね。というので、こういう書類が来てまして、マイナンバーカード発行してないから、これ12月1日からなんで、もう1ヶ月後、皆さんが持ってる保険証使えなくなります。で、多分マイナンバー、まだ作ってないですもんね、はいマイナンバーカード。ってなると、これですね。確かに絶妙なサイズ感で困りますね。そう、でもこういうでっかいの持ち歩かないといけなくなっちゃうんで、もう早め早めでマイナンバーを発行された方がいいかと思いマイナンバーまを発行したら今までみたいなあのサイズ感のものが保険証として使える。す。そうです。マイナンバーカードの中に一体化されます。あと、免許証とかも持ってるんだったら、その中に、マイナンバーカードの中に一体化できるので、持っとくと便利というか、もう多分、全員もうすぐ持たないといけなくなる。そうですね、もう持たないといけない状態になってきますね。すいません、なんかガラクタも入ってるような気がするんですけど。これはそれにがちょっと、そういうのそこは書類系だけにしましょうか。そのはい違うのを詰め込むのはやめて、勝手にルール違反。そうですね、っていうふうに。見つけました素晴らしい出たな。さらにですね、そこだけじゃなくて、こっちにもなんと、100円玉が眠ってますね。なんか、引き出しに300円ぐらいありましたけど。なんで？さっきも1円玉がありましたけど、もうあっちこっち大事なものが。でもこの家昔から至るところで小銭見つかってたよな。はい、はいこ
本の中には結構お金バラバラと入ってこれはます。ちょいちょいありましたけど、ちなみにやっぱりお金の使い方、赤字家庭のお家っていうのはやっぱりお金があっちこっちから出てき典型。こんなところからなんか100円がとか500円がとかあるあるですね。あるあるなんですよ。でもちゃんとお金の管理ができてる方はそれがないです。確かに。確かに。はい。それ出てきましたね、また。そう出てきましたねそういう風にまたお金が出て出てきましたね。ここに入れとくお金って何に使いますか？試合の時とかに小銭を持っていっとかないとちょうどで渡せないからで普段現金使わないんで何かあった時にこう寄せといてまあ、としても、そうですね、ちゃんと場所決めといた方がいいですね。この引き出しも出しちゃいます。はいちょっとこれ、ほこりかぶってるんで、出した瞬間にもう拭きましょう。はい。このファイルボックス使わないから捨てちゃいましょうか。すごい、ほこりが。なので、中身だけ出して、抽出して、側捨てます。なんかようわからん。そう、ようわからん書類はもう捨てちゃっていいです、どんどん。平成19年、私7歳。はい、ということで、時刻が8時になって、今日は終了ということで、一旦終わろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、今日は結構エネルギー使いましたね。ありがとうございました。というので、一応どうなったかっていうと、まあ、さっきも皆さんでここご飯食えるくらいには机の上もう置かなくても良さそうなんですけども、ここの引き出しとかもだいぶほぼほぼ空になってますよね。これも全部空ですかね。おというので、この周辺も空になってます。で、このカラーボックスもなくしました。っていうので、はい、しかも、そこだけ減らしても、もう机の上にも置かないで済む状態にはなってるんですけども、最後ちょっと時間内に終わらなかったところで言うと、そこですね。ちょっとここに簡単な書類系かな一部。そこがちょっと明日僕が来る時までにちょっと見といてほしい宿題で。まあでもそこは多分時間かければもう減らせるものですね。なので明日はちょっと改めてそことキッチンやっていきたいと思うんで。そこはやっぱりないと広いですね、カラーボックス。このテーブルをもっと下げれますんで。いいですね、2日目。まあ、このペースで頑張ってくれれば、ギリッギリ。ギリッギリなんじゃないですけど。ゴミ袋、100は余裕で超えますね、これ。余裕で超えますね。60枚ぐらい使ってるんで。そして明日はキッチンと下の部屋もちょっと触れるくらいまでは。下まで行けたらすごい。っていう感じで、じゃあ、ちょっと最後下行きましょうか。これはやばい。やばいですか、これ。はい。見渡す限りゴミ。はい、という感じで、見渡す限りごめん。2日間で、こんだけ不要品出ちゃってます。えぐいです。えぐいですね。ちょっとこれ、明日ちゃんともう少し整理しますが。いやでも奥までびっしりですもんね。びっしり、もう足の踏み場ないんですよ。でも今日でそうですね、この衣装ケースだったり、カラーボックス、お母さんのクローゼット下のコンレンラスなど、いろいろ減らしてる。大変だこれは。こんだけ減らせば、それはキッチン、リビングもまだ綺麗になりますね。ということで、一旦2日目、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとまた明日も来ますので、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、3日目です。おはようございます。もう様になってきましたね。本日もよろしくお願いお願いしま。しますす。というので、お母様が寝室から出てきてて、もう早速ゴミ袋積んでますけど、僕が来る前にもうちょいちょいちょっと片付けされてるようで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。バタバタですね。もう本当時間との戦いという感じで、追加で100枚買ってまいりました。お、追加でゴミ袋がいっぱい、はいこちらもありがとうございます。ということで、この辺り片付けていただいて、ここの棚も空になってるので、もうこの引き出し撤去しましょうか。はい。ない方がいいですね。ですよね。はい。この引き出し、物が物を呼ぶっていうので、はい中にどんどん詰め込んじゃうと思うので、なくしちゃいます。この中も空ですもんね。は素晴らしい。これなんか小学生の時に、なんか技術みたいな時間に作ったやつ。これじゃあ、ももさんが作ったやつ。はい、私か妹かどっちかなんじゃあですけ作って、ど。でも、もう大丈夫。大丈夫ですね。はいお母さんが大事に使ってくれてた。はいはーい。本当ありがとはい、もう大活躍しました、こちら。お母さんはこう、お子さんが作った作品とかを大事に使ってあげてるっていう。これ20年間ぐらいおそらく移動してなかったんで、埃がそうですねこんなんですね。ほこりもいっぱいだし、はいまあちょっとこのケース自体もちょっともう、なんていうの劣化してますね。劣化してますね。はい取っ手がどんどん取れて、ここないですからね。掃除機がいいかな。正直どここうやって物を探すのも大変な状態なんで。そうですね。もう、はいもう大丈夫です。もう、この6日間で減らしきったら、探し物ゼロの生活が待ってます。おー、ということで、なくなって、スはいッキリじゃない方が絶対いいですね。うんうん。もう極力ここに必要なものは収めていくっていう風にしていきましょう。お父さんを減らす喜びに目覚めてますね。あ、そうですね。ほんまは全部いらないぐらいです。おー。おいや僕のはいるよ僕のはは。というので、そのまんま減らしたいのがお父さんのものなんですけど、はい。このまま、はい。ここも減らしたので、お父さんなんか身に覚えありますありますね。お父様の後ろにある、あれです。
あのマシンもう先になくしちゃいます。おどうぞ。撤去ですね。引き出しも下に持っていかなきゃなんてもうまとめてやっちゃいます。続きまして、はいこの隅っこに埃かぶってるウォーキングマシン撤去するためにここのものもどかします。すごい、もう下が山積みですね。ペット関連のものとかお父さんの服とかいろいろあると思うんですが、メルルとパルルのためにもここを広げてあげないと、この辺りも片付けてちょっとワンちゃんのこういうペットシートとかも置けるようにちょっと整理していきたいですね。こういう形だったんだ。そうなんですよ。ウォーキングマシンじゃないのかこれ。これ、ブルブルマシブルンです。ブルマシンか。はいなるほど。それすらわからないくらい物が埋まってますよ。そして、埃も。埃も。ここもまたいろいろカゴがすごい埃かぶってますけども、ワンちゃんがこんな埃かぶったカゴの前でかわいそう。かわいそう。無限に出てくるつぼ押し。こちらがストレッチ用のボードですね。おー、って感じでほぼほぼカラーですよねこれ。これも汚いので。はい、捨てちゃいましょう。どんどん捨てます。チロル君の形見もいらないね。一番初めに飼ってたワンコの。ワンコのチロルちゃん。あっちに写真があったそう、名ワンちゃん。前付きでさ、ちゃんとやったやん。これに連絡先とか書いそうなんて。です迷子になった時の。迷子になった時を。はいそして、もうこちらももう汚いうので。おー、はい。さようならでございます。はい。本来ワンちゃんが寝るためのはい。ね、リラックススペースなんですけど、はい物置になっちゃってますね。ほこりためになった。こんなとこでワンちゃん寝かせられません。無理です。という感じでここが更地になりました。い本来の姿を取り戻しましたし、はい。これ最後にブルブルしたのいつですか？わかんないだいぶ怪しいですけど、はいまあまあ、もう大丈夫ですね。そうですね。うおー、すごいこれ。またほこりな綿飴できてますよ。うわ、やばいですよ。やばまた綿飴が無限に出てくるほこりたち。病気になりますか？大きなる。割とそれ冗談じゃない話で、僕もいろんな家片付けてきてるんですけど、物が多い人大体体調崩してます。そうですよ。はい。なんかもともと寝たきりでとか、こういう部屋に住んでると、まあ、埃もそうだし、散らかった状態も病んでくるっていうので、割と冗談じゃない話。肌荒れますね。そう、肌荒れしちゃう。お気をつけて。困ります。なんか僕もそうなんですけど、僕の実家も結構物多くて散らかってるんで、実家に帰るのが憂鬱なんですよね。ちょっと家族に会いたいって気持ち以上に家が散らかってるからちょっとアレルギーが出るとか、そう肌荒れするとか、僕もなんか帰るのにそういう心配をしないといけないから、ちょっとストレスなんですよ。でもそれ言ったら母とかめっちゃ響いて、それ悲しいからもう片付けようっていう気になるっていう。おー、お父さん、もう娘さんが悲しんでますよ。毎年悲しんでるのは知ってるので。娘さんが笑顔で指定できるお家を、作っていただいて、しかも妹さん結婚されたんですよね。そうです。ってことは向こうのご家族の方とかもね、こっちに来る可能性はありますもんね。ありますよね。なのに、ね、こんな状態だと恥ずかしい。恥ずかしいですよね。大掃除ですね、これは。下も埃が。で、ほんま。ということで、お二人の協力もあって、ありがとうございます。飛び出せまして、3日目、どんどんまたキッチンとかも片付けて、ゴミ袋出ると思うんで、一旦ここの清掃に入ります。本当に足の踏み場ないもん。ウォーキングマシンも分解してちゃんと運んでます。お父さんが体力仕事をバンバンにやってくれる素晴らしい。扉開けるとすごいな、映画。フルオープンにしたら。フルオープンすると大ボリュームですよ。大変なことになってます。バケツリレーでどんどんゴミをお母さんが頑張って減らしてくれて、これが捨てられるようになってます。すっきりすっきりとは言うけど、これ画面越しだと全然伝わんないんですよね。すごい、すっきりしました。そう、画面越しだとわからない。僕たちはね、すごい今、大量に外出して、広いってなってるんですよ。というので今、ゴミの整理してるんですけど、お母様がすごい高く、ここでピアノ教室してたとは思えないくらいですけど、やばい。ね、でも本当に頑張ってる時は多分こう、すごい綺麗な空間だったと思うんですよ。ね、あんな素敵な花があったり、すごい。トイレってこんだけゴミ袋入んだ。2年この企画やってるんですけど、トイレにゴミ袋を詰めたの初めてです。うおー、いい家族写真になりますよ。はい、こんな感じで。これがリアルなんですけど、いつもゴミ捨てする前にゴミをきれいに並べて取るっていう。と僕ももう2年間この企画やってるから、きれいな積み方を研究して分かってきたんですけど。手前と後ろでブロックを分けて、で後ろは高さがあればあるほどきれいになります。YouTube のサムネイルも撮り終わったんで、飛び出します。いやーでもなんか、もう本当にこの瞬間って、もう多分人生で最後というか、ほんまにそもうないでしょうう。ね。もうない。私ももうない、多分。ないと思いたいですね。ないと思いたい。リバウンドしたらまた笑顔で捨てに来ますよ。やったらありがとうござい絶ます対ならへんように。いえほんまに環境にも悪いや、本当に遅いです。こんだけ捨ててますからね。人間ってこんだけ買ってこんだけ捨ててるんだっていうのを、思いますね。もう。これは桃3択だけじゃなくて、僕ももう何十とお宅訪問してきてるんで、はい。もうこういう光景いっぱい見てきて、そうですよもういっぱい買っていっぱい捨ててるなっていうのは僕も罪悪感というか、ね、環境に悪いって話だったと思うんですけど、本当思いますね。
もう自分は本当にいいもの、お気に入りだけに囲まれて過ごしたい。めっちゃ片付いた感があるんですけど、すごい今達成感あるんですけど。全然これで達成してもらったら困ります。そうですね。まだなんとこういうタンスとか大型家具もまだまだ続くんで。はい、わかりました。ありがとうございます。ということで、2階に戻ります。イエーイ。すみません、お父様からカラリー君をごちそうになりまして。大体僕、お片付け企画やると、みんななんか渋さん健康なものしか食わないからっていうので、どえらいヘルシーなもの出されるんですけど。たまにいいですよね。まあ、たまには、なんならうまい棒出されたのは初めてです。よし、じゃあ行きましょうか。というので、じゃあこのまま次、キッチン行きます。はーい。キッチンは今こんな風になってます。どうされました？喉に異変が。そうですね。はい。でも、本当に今のまま住み続けると、本当寿命縮みますよ。ですよね。はい。これだけの埃とはいいっぱい暮らしてますし、もうそれがなくなるように今からこのキッチンも片付けていきますし、キッチン片付ける場合はですね、もう先に食材行くのおすすめです。食材食材が結構みんなもう賞味期限切れてるとか、結構いるいらないで減らしやすいので、そしてここにちょうどね、大量の食材たちが積み上がってるので、これ一旦全部出しちゃっていいです。ここには水筒だったり、コーヒー豆だったり、こっちにはお菓子とかですね。ですね。そしてこっちにも食材があったりするので、そういう感じでどんどん出します。多分出窓にあるやつは意外とまあ最近の食材だと思うんだけど、こっちの周辺とかだいぶ怪しい。っていうか、使ってないとこもありますんあで。ですよね。はい鰹節1個だけ、はい贅沢に、こんな衣装ケース1個丸ごと。ここも埃がだいぶはい。ひどい。そしてはい山立ちなどいろいろ奥の方飲んでます、これ。これは飲んでないと思いますね、多分。ですね。はでもここのやつとか絶対使ってないですもんね。い。これはデッドスペース。デッドスペース。これとか怪しいけどどうだ？賞味期限切れてます。っていうものが結構出てくるので、まあ本当になんかキッチン片付けたい人は食材から行くのがおすすめです。というので今いろいろ見てもらってるんですけど、僕だったら早速なんですけど、これなくしちゃいます。ここほぼほぼ使われてなかったんで、はいこれなくしたら、これもうちょっと寄せれるから、そこの狭い廊下も広がりますよ。これも埃が。これやばい。これで健康寿命がほんと縮まりますね。ほんと縮んでます。何がやばいかっていうと、ここに埃かぶってるものの近くで料理してるってことなんで、そうですよね。はい。飲食店だったらクレームものですね。営業停止ですね。営業停止。結構上にも食材があるので、出しつつですね。でもお父様はピカピカに拭いてくれてますから。まあ、どうせ処分なんですけどね。はい、そうですね。長年使った思い出のある家具ですので、ちゃんと拭いてから。期限が半年切れてますね、これ。もったいない。何気なくいつも溜まってるこの紙袋。捨てちゃって大丈夫です。はい。紙袋はみんな物多い人の家には絶対あります。やばいこれ。これはやばい。20年間ぐらいこのままです。あ大体ストッカー系はもう買わないことが鉄則ですか。まさにそうです。なんか拭いてる瞬間は見てて気持ちよさありますよね。いや、気持ちいいぐらい取れるんですけど、実際やってて喉がすごい痛いです。痛い、そうですね。いや、僕もなんか、昨日、はい。朝起きたらちょっと喉痛くて。やばかったですいやか。すいません。久しぶりにほんまに申し訳ないです。もう今はなんか大丈夫なんですけど、お母さんも今出窓拭いていただいて、大掃除ですね。そしてまだまだ出てくる紙袋、やばい。今に眠ってました。ここも結構ね、なんか割と雑多に入ってるんですけど、いらないもの結構あると思うので、見直しお願いします。早速、歩くの邪魔なんで、これ移動させています。おわお、埃が大変です。だいぶ閲覧注意な。このダイソンの吸引力をもってしても、続いてないですから、この辺り。キッチン片付け中にワンちゃんが。ここにあるものはね、これからも長くまだ使うと思うので、大切に掃除してあげましょう。ケーブル配線もこれを機に使うものだけ挿して、ってことで、あそこにさせました。めっちゃ広いっすよね。マジ広いっす。こんなに変わりましたよ。使ってないね、ケースのために、この貴重なスペース、はい無駄に埋めちゃって、はいめっちゃ通りやすいですよ、ここ。全然違いますね。どうですか？おー。おお、めっちゃ広い、ここ。これすごい。ずーっと長らく住んでましたら、その不便が慣れてしまって、全然わからないんですよ。そして、あそこのお父様のスピーカーとかももう、どんどん撤去しましょう。もっと広くなります。おー、やばい。ここもまた、埃が。ダイソンの掃除機に埃が溜まってます。ねここもまたすごい。すごいです。これもあんま使ってないですもんね。これはね、ハンディ要素が多いんで、ね、ハンディ用途で。はいなんでハンディでしか使えないかっていうと、もう床中物だらけで、おっしゃる通りでございます。そう、なので、物減らし終わったらこれも使い道増えてくるかなと。廊下が広い。広いですよ。はい。こんなお家だったんですね。食材出したので、次ちょっと食器も見ていきたいんですけど、食器どうですか？ここをパッと見たときによくここは使ってる、これは使ってないみたいなものがあれば、ここパッと見ただけでも、なんか明らかにここめっちゃ使ってそうなスタメンの食器感あって、で、こっ
ちは逆に結構使ってなさそうな。食器減らすときに考えたいのは、はいまあそういう来客とか含めてマックスまず何人来るかってとこを考えて、で、それ以上超えるものは減らしていくっていうところ。マックス何人ぐらい行きます？今とりあえず一組結婚してるけど、ここもまあまあ結婚すること考えたら、とりあえず6。まあ6行きましょうか。なので、どの食器もマックス6あれば事足りるはずだし、まあ他の食器で使い回すやするので、6枚以上あるのは減らしていきます。その上で全部出しちゃいます、ここも。特に見て思ったのは、やっぱグラスは多いですね、かなり。実際、まあ僕も今回来客ありましたけど、なんだかんだ惣菜買ってきたり、まあペットボトルで水出したりとかするから、意外とそんな来客ってそんないっぱいいないですね。らないんですよね。これ私使ってて、はい色違い買ったのに、なんか全然使わないで。使います。使います。結局さ、こういうので飲むんが、居心地というか、使い心地良くないんじゃない？ガラスで落ち着かんと、そういうのばっかり使うんやったあら。ったらもうこれいらないです。了解いたしました。はい。キャラクター見れたらやっぱりちょっと安っぽいわ。あ、いいこと言いましたね。まあなんか特段でもこうリラックマとかめちゃくちゃ好きで絶対これがいいって言うんだったらいいですけど、なんかもうそんな感じで特段こだわりないんだったら、はいまあ基本こういうシンプルな食器にしてった方が。そしてキャラクターものがすごい奥の方まで詰まってるので、去年もめちゃめちゃちょっと掘ってるんですよ。じゃあもっとあったんですね。めちゃめちゃありました。しかももっと言うと、年末年始で減らしてもらってると思うんですけど、洗面所にもまだありますから。っていうので、もうめちゃくちゃ減らしまくって、まあいるのが今、こんだけ、もう真ん中今開けてるんですけど、あと最後これですね。こちらどうでしょうか？飾ってただけです。あそうですね。これ飾りたいですかこれ。鑑賞用でした。なので実際使ってみるのを出すと、こっちが来客用でたまに使うの。でもメインで使ってるのこんだけあれば困らないですもんね。二人です。全然困んないです。そうなんですよね。まあなんか今後もう少しなんかこう、スッキリさせたいとかあれば、なんかかけた時に買い替えるとかあったらなんか白く統一していくと、まあさっきみたいなこう、見てても美しいっていう状態にはなると思います。寂しい。寂しいです。今だけだと思います、本当に。ここ全部いらないやつです。素晴らしい。娘さん帰ってきた時とか、まあやりてくれても6人分の食器がもうここに全部ちゃんと収まってます。素晴らしい。素晴らしい。僕の時はすごいテンションがあって、あーってなったんですけど、ごはいめんなさい、まだ寂しさ感がおー。強すぎて。そんな食器に思い入れあるんですか？母親がすごい可愛い食器を集めるのが好きで、ものすごくたくさんあるところで育ってきたんで、まだ寂しいです。まあ、ここは寂しくなるくらい空いてるんですけど、まあ、ここどう使うかなんですけど、ここにさっきの食材だったり、上の一部、ここに結構使うものありません？はいサランラップしかり。この上から取り出すの大変だと思うので、今からこの棚を、これ扉外そうかなと思ってます。使い勝手良くなりそう。ここを外せるので、いきます。外していただいてます。ここに必要な食材を詰めていきます。シンデレラフィットです。素晴らしい。まあ、高さ調節したんで、まあ、上からも見えるようには少し隙間を開けて、必要な食材、あっちに出したやつ、はいここに入れつつ、あとお母さんが結構ここでなんか出し入れが多いとのことなので、こっちにあった方が便利なやつ入れちゃいましょうか。多分用途ごとに入ってなかったりもすると思うので、ソフにクリーナーはクリーナー、そうですね食材は食材で、なのでちょっとここにね、入れる前にもう一回チェックしてもらってます。これはちなみに、チョコレートのいただき物ですね。わお、これ、切れてますね。もう半年以上、切れてますね。聞いてます。もうなんかお母さんもさっき期限が切れるの見つけるたびにすごい喜んで僕に見せてくれるんですよ。だいぶね、本来笑える話ではないんですけど。確かに。という感じで着々と必要な食材、調味料、コーヒーの粉とかもろもろ。こっちは掃除道具とか。一旦ちょっと仮置きで置いてますけど。で、ワンちゃんが触れないように、まあ食品系は上にあって。次に見たいのはですね、こっちです。ここなんとね、大変なことになってて、まあ、こっちワンちゃんが触るからっていうね、多分なんか、こういう風にゴミ箱の近くにバリケードがあって、で、こっちにまた引き出しがあって、まあ、さっきもね、食材ここ出しましたけど、これのせいで、ここデッドスペースになってるんですよね。ここは開くんだけど、奥の方が使えない。グリルももう使ってないですね。あとですね、奥にこれ、調味料入れみたいなのがあるはずなんですよね。だからここ使えてません、スペースが。というので、これ、撤去します。薬です。お薬入れ。そうですね、お薬入れと全然キッチン周辺にあって大丈夫ですまあ、サプリメントとかお薬とかある人はキッチン周辺に置いた方が、例えばここに浄水器あるのでそのまんま水で飲めたりするし。ここが開きましたね。そして、ここも開いたのと同時に僕気になるのはこっちですね。この大量のペタペタ個人情報がもういっぱいあるからズームしづらいんですけど、ワクチン3回目接種用っていうので、これいつのだ1回目2回目打ったのが2021年9月7日なので、もう4年以上前の書類になります。4年前の書類がここにペタッと貼ってありましたね。ガスのこのマグネットとキティちゃんの
マグネットしかり、いろいろありますが、どうしても必要な、例えばそういうキッチンペーパーつけてるやつとか、はい。このサランラップとか、こういうのはまああってもいいかなっていう。アスパラガスはもういらないですね。アスパラガスないですね。すごい。冷蔵庫が本来の美しさを取り戻した。上にもまだあります。そう、こいつも外箱捨てましょう、これ。箱はやばい捨てて捨てて。ここ壁もやばいですね。すごい。で、さっきのハンドミキサーの箱はもう捨ててもらってます。じゃあちょっとこれ出しちゃいますね。はい、お願いします。こんな感じです。うわ使ってますこれ。使ってません。大阪の、まあ、8割はたこ焼き器ありますんで。そうなんです。一家に一台。一家に一台たこ焼き器。こっちもはい掃除しちゃいましょう。はいということで、ここが開きました。ちょっとぜひあそこに立ってみてください。はいどうぞ。はいおー、素晴らしい。もうここで調理しやすいですね。はい。腰をこう曲げなくても。こうね、この字にこう、振らなくていいですね。そう、うねんなくても大丈夫。はいそしてそうすると多分奥の方が使えますね。ここも取り出しやすいし、下が何より開きます。じゃじゃん。見えてきました。使わないものしか入ってない。ここも今から出していきます。というので今、ここいろいろ出てるんですけど、ここ何が入ってるかっていうと、こんな感じに一応整理はされてあったんですけど、たこ焼き器だったり、土鍋用の鍋だったり、まあ、グリルもろもろ、まあ、たまにしか使わないホームパーティー系のものだったり、これ残してもいいんですけど、はい。残す場合、こういうね、関西のお家には一家に一台あるらしい。こういったものは、上がおすすめです。下は逆に言うと、使用頻度高いものを置いた方がいいです。基本下にある方がパッと取り出せるから、出やすいと思うので、はい。やっぱここにたまにしか使わないものを置いちゃうともったいないんですよ。もう一等地なんで、この辺り。僕だったらここ、まあ、イメージそういうもうフライパンとかでも何でもいい。いいかなって今。あ、ちょうど思ってましたよね。基本的になんで、コンロとか IH ヒーターの下は、調理道具、フライパンとか鍋とかを入れるのがおすすめです。土鍋風のアルミ鍋なんですね。1000円。本当だ。ダイソーって書いてるから、これもきっとパパです。ダイソー系の調理器具はお父さんがあったら便利そうっていうので買って、ほとんど使わず埃かぶってるっていう。ですよね見。たことない。多分未使用だと思います。うちもったいないですけど、じゃあもう、ここ、お母さんがめっちゃ使う場所なんで、お父さんの使わないもので占領されてるのすごいもったいない。でこちらも空になりましたので、だいぶ埃かぶってるんで、拭き掃除します。もう、掃除担当。右手がね、痛いとか言うんで。なるほど、なるほど、そっかそっか。バイク怪我されてるからですね。お母さん結構ね、交通事故でちょっとね、腕が動かなかったりしてるので。あ、その部分も大きくありますね、掃除が。なかなかできないっていうかね。なるほど、はいそういった事情も。ありますね。だとすると、なおさら、はいここ綺麗にしてあげとかないと、上の空間とかってお母さん、ここ結構手怪我されてるから、手上げるの大変ですよね。こっちで、軽く軽くで。うん。なので、お母さんがもう使うものは極力下に固めていきます。はい、ありがとうございます。ということで、ここもピカピカ。ここにかけるの、全部はかけなくてもいいかなと思うので、はい絶対に使うやつだけ教えてほしいです。これかこれ。これかと、これ。うんうん。これかこれ。これとこれ。じゃあ、これとこれとこれはまずいらないかな。一旦出してもいいですね。はい。使用頻度低め。でこれも、こっちだけでも、まあ確かにサイズがちょっと違うだけですもんね。そうなんです。同時に使うとかもなければ、うん。まあよく使う方で。子供のお弁当のあ卵焼きを作るのにいいサイズだったんで、こっちでいいと思う。こっちですね。じゃあこれは結構もうお子さんがちっちゃい頃とかにそうです。使ったやつですね。じゃあこれは手放します。あと他に、これかな勝手な下げ。まあ確かにこの中でサイズがこれ一番とこれ一ちっちゃい。緒で、こっちの方が深いんで、深い方が使いやすい深い方が使いやすいです。ね。ってなったら、まあこれもなくて大丈夫ですね。はい。じゃあ必要なのは一旦これだけあれば大丈夫ですね。で、その上で毎日使うのがもうこの4つだとすると、それ以外のやつとかはうん下に置いてもいいかな。ということで、こっちにあった使用頻度が低いのをこっちに固めてってます。はい。という感じで、一旦ここはこういう風に調理道具が入りました。鍋とかはい、ザルとか、すごい使い勝手良さそうで。調理しながら、はいまた使いたくなったらここからすぐ出せるし、今まではこっちにあったりして、はいまあ調理道具はこっちにあったり、こっちにあったり、こっちにあったりっていうのがあったと思うんですけど、使うものは上、で、使用頻度低いものは下っていう風になってるので、で、ここに出てきたホットサンドメーカーやらたこ焼き器、これは上でいいです。たまにしか使わないですからね。開けていきましょうか。はい、上げていきます。はい、もうはいたまにしか使わないたこ焼き器とかは上に置いちゃいます。今、物別に整理していってます。ジップロックに当たるものとかが、もともとここにこうやって入ってたんですけど、まあ、ここじゃなくても、こっちでいいかな。もう今、こっち今スペースがまた空いてるので、まあ、掃除道具とかは全部こっちに固めちゃって、そっちは全部この調味料にしましょう。この上も今大変なことになってるんで、一旦ここをちょっと綺麗にします。ダイソー、未開封、もったいない。なくしちゃいます
なくしちゃいましょう。なしていきます。じゃあこれ取っちゃいますね。これも手放します。ない方がスッキリ。もう直接拭くのが一番早いです、ここ。ですね。そう、みんな汚れるからって言って、汚れ防ぐようなやつ置くんですけど、今度それをまたさっきみたいにですね。取り替える手間ができたりするんで、もう直接拭けるようにするのが一番良くて、これもなくていいと思ってな。ないですね。はい。これね、汚れないようにって置いて、ここが汚れてるだけだから、シンプルに掃除後回しにしてるだけなんですよね。SNS とかで最近、キッチンの便利道具っていうので、ここになんかみんなマスキングテープ貼ったりとか。ありますね。そう、ああいうのって、なんか便利そうでしかもなんかこう、掃除が楽になるっていうので、ただあれ自体を貼る手間もかかるし、そうですね。定期的に買わないといけないし、はい。もう直接拭くのが一番早いです。早い。衛生的。大体ああいうのやりたがるズボラな人って、絶対貼った後、また貼り替えないです。そうですね。そのまんまです。でしたよね。はい。そう、なのでここはもう直接定期的に拭きましょう。はい。すごい。キッチンの上が、どんどん白くなっていく。見えた。もうこの状態をキープしてほしいですね、今後。はい自然とお母さんもいるものはこっち、いらないのは捨ててっていう、なんか、ちゃんと何がどこにあるかっていうのがちゃんと把握できるようになってきてるんで、自然と手が進む。お父さんは掃除をしてくれて、はい。ちなみにそこの改善案としては、はいここですね。はい僕だったら、はい。こういうやつにします。いいですね。これにしようか。じゃあもうこれも。はい。はい。そう、乾燥機かけづらい食器とかをここに置いてたと思うんですけど、なんか、水切るものがないんですよね。ないですね。一般的なのはさっき僕が紹介したようなやつか、人によってはなんか水切り布とか置いたりするんですけど、三角コーナーがまずこことここにあります。僕とかは三角コーナーなくしてます。僕はもう生ゴミここに溜まるの嫌なんで、これって要は生ゴミ一時置き場になってるので、直接ゴミ箱に放り込むのが、一番綺麗だと思います。ミニマリストの定番テクニック的なところでこれ結構なくしてる人多いです。なんかぜひよかったら、なんか三角コーナーなしで生活してみるのもおすすめです。確かにうちもずっとないくて、ここにこう流れていく、ここだけこうポンって捨てる。ここにあるやつを、カゴとかをポンポンとゴミ箱に捨てる。でもいいです。今度は三角コーナーの下がまたね、汚れちゃうんですよね。そうですね。そう。やっぱ不衛生になりますね。そうなんですよ。なんで、なんか物は減らせば減らすだけ掃除も簡単やん、やっぱり。そうですね。まさに。さっきのここに敷いてたやつしかり、そこしかり。これって本当に一時置き場なんで、掃除後回ししてるだけなんですよ。そう、今まで多分もうごちゃごちゃいっぱい置いて、こう、隠しちゃってたから、臭いものに蓋してたっていう。そんな感じです。そう、これ本当にみんな片付けた人がもう口揃えて言うのが、掃除するようになったって言います。なりますよね。革命起きてくれ、頼む。じゃあここ結構綺麗になってきたので、最後もう一個見ておきたいのが、こっちにですね、ちょっと雑多に。出ませんでしたね。ここ全部出します。50円割引券。 100円割引券。期限も切れてます。今みたいな割引券とか、今後セールとかまとめ買いで安い時に買うっていうのは習慣になってると思うんですけど、今までこの大量に捨てたやつ買わなければ、もう余裕でこの割引券使わなくても節約になってる。普通に暮らせますよね。そう。みんな結構なんかこう、Amazon ブラックフライデーとか、なんか無印良品週間っていうのがあって、まとまった期間で買うとなんか 10% オフになるとかで、そういうのに連れて買うんですけど、こういう無駄なもの1個でも買ったら、その数十円、数百円節約って一時期で吹き飛ぶんで、もう本当に定価でもいいから必要な分必要な時で買うっていうのがもう一番節約になります。って感じでここも更地になって全部出しました。ここからですね、ここの保存用のタッパーとかもろもろもいるやつだけここに戻していきます。全出ししているやつだけを元に戻していきます。よし、じゃあここは OK。次こっち、ここが結構ぐちゃってますので、ここも全部出しちゃいます。これも去年革命が一応起きた後、革命後ではある。革命後。革命は起こったわ。大掃除、多分年末年始の大掃除のことを革命で多分呼んでると思うんですけど。それまでは、お箸がもう5倍ぐらいあったよな。これ新しく買って全部出して、一応やって、今。ここも大量の割り箸が。はい、もうこんな感じでいっぱい。マヨビーム。やべて。ビームも出てきました。ビームがまだまだ、こっちは普通のマヨネーズとかいっぱい、醤油やら、ソースやら。この年代のおっさんおばさんはもう絶対置いとくんですよ。こういうのは即捨ててください。はいお弁当とか買って使い切れなかったら。もうなんか捨てるのがもう悪みたいな感じで。画面の向こう側で一緒にしないでって思われてるから。いや、でも結構、8割の人は置いてはる。
はい、結構あるあるではあります。あるあるやん。あるある。カトラリーもここに無限にありますので、必要な分だけ戻していきましょうか。はい。フォークがいっぱいで、スプーンがこんだけあります。これ全部使いますでしょうか？これがちょうど6本なんで、まあ来客入れてもこの6本あれば、まず困んないんですかね。来客用入れて、じゃあフォークちっこいの6と大きいの4。レンジは全く使ってない？ 1年間出番なし。これだけ、はいあ、じゃあもうレンジ使わない家庭と思ったんで、これ処分。多分。あとちょっと無限に割り箸があって、これ去年も大掃除して、はい1年間でこんだけ溜まってるってことはそうで、すこれ残しすぎなんですよね。何本あったらタイプですか10本ぐらいですか？ ?10 本あればいける。はいっていう感じで、いるやつだけ戻したらこんだけ綺麗になります。こっちがスプーン、フォーク、ちっちゃいデザート用、あとお箸とか調理道具っていう風にちゃんと分かれてるので、使いやすくなってると思います。これをキープしよ一目瞭然でございます。最後、この辺り雑多に掃除道具系、ビニール袋がいっぱい。これは何本あっても困らへんっていうそうノリで、ですねとりあえず撮ってると思いますし、ここら辺とかのデザインなんかだいぶ年季感じる。そうですね。これもういらないです。いらなさそう。というので、あと、掃除道具、洗剤とかもろもろ、ここにやってたやつ全部出したんですけど、だいぶ減らしてきて、段作んなくてもおそらく全部入るので、これ撤去します。じゃあ、いるやつだけどんどん戻していきます。ちなみに、今ここら辺にいる洗剤のストックをどんどん置いていってますけど、全部使ってますか？この辺り。これ使ってないです。手放します。ミニマリストの定番で言ったら歌窓クリーナーって言われるような、私そういう私ははい掃除するなら歌丸一本なんです。お母さんが使ってるのは歌丸クリーナーっていう、まあ、定番のどこの薬局とかでも売ってる緑色のはいはやつがやってるんですけど、まあ、そういうのを使うと本数を減らせますい。ね。ですよね。はい。はい。っていうので必要な分だけ戻したら、こんな感じですっきり綺麗。棚なしでもいけます。いっぱい出ましたね、いらないの。はい。ということで、キッチン終わりまして、テーブルマスタラ全出しにしてたやつもなくなりましたけども。はい。ここにこんだけ大量の不要品。キッチンからこんだけ出てまして、奥底には食器とかいっぱい減らして、テーブルが真っ白。カウンターキッチンの上も物が減って、奥が見えますね。そのままキッチン行きましょうか。うおー、広い。広い。こんなにスペースありました？そうなんですよ。なんと、出窓の上も何もありま何もなせん。いそして、上もまだまだ空いてます。すごい。必要なものちゃんと入れ込んで、もうテーブルの上もほぼほぼ物置きなくなってますね。すごい。すごい。廊下も広くなってます。もうここに全部必要なもの入るようになりました。ちょっと一旦仮置きなんでね、まだここから整理はしていくんですけども、ここにお薬、来客用にたまに使うものと、普段使う食器はもうここですね。まあ、家族2人分、プラスたまに姉妹が帰ってくるくらい、マックス6人の普段使いの食器と、ここにもう食器系、食材系ですね。まあ、だしだったり、お茶だったり、などなど、あと、もらい物とか、タケノコの里もどんどん消化してもらって、で、蓋も外してます。これ斬新ですね。はい。まあ、食材結構、ここにあったり、あっちにあったり、いろんな場所につけたんですけど、一旦ここに固めてるので、はいこれ残量把握しやすいですよね。はい。一目でわかりますね。ケースも、まあ、一応僕これ OK にしてます。このキッチンで使う収納で迷ったら、まあ、極力使わない方がいいんですけど、まあ、小分けにするこういうストッカーで、半透明のやつ、中身が見えるやつだったら、まあ、まだ上からも残量把握できるし、よくて、一番いけないのは中身見えない系の収納買っちゃうと、パッと見はスッキリするんですけど、どんどん残量わからなくなっていって、賞味期限切らすっていうことになっちゃうので、まあ、これ小分けするのはこれいいと思います。ここはもうお母さんが一番変化感じると思いますね。はい。はい。また僕1週間後来るので、またね、お母さんが使いやすいようになって、また感想を聞かせてください。はい。ありがとうございますありがとうございます。残りがあとちょっともう1時間ないので、至急、洗面所の方行きます。じゃあ続きまして、ちょっと今日、ここまでは終わらせて帰りたいので、ここ行きます。はい。じゃあここもう全部どんどん出しましょう。ここはね、お母さんが実家が結構食器大好きなご家庭で育ったっていうので、ここはもう見てもらってるの通り洗面所なので、ここに食器がある必要がないっていうのが。これもすごい食器。すごいわこれ。はい。すごい食器。はい、というので、どんどん食器をですね、こっちに出していってます。へその緒です、これ。その、ももさんと妹の、はい。もらっておきます？大丈夫です。僕もいろんな人片付けてきてて、だいたい親御さんがお子さんのへその緒を取ってて、で、お子さんに聞くとみんないらないです。ということで全部出して拭き終わりまして、ここ本来であれば、ここ食器がなければ、例えば、ここに置いてあるなんかタオルやら、いろんなものの、本来置けるんですよね、ここに。
なので、一旦例えばあと、ここにアクセサリー系が、こういったものを一旦ここに置いとくのがいいかなと思ってて、アクセサリーのおすすめが、クローゼットに置くか、だいたい洗面所の近くに置いとくと、鏡越しとかでメイクするときとかにセットでつけれるんで、一旦ここに置いときます。はい。というので、ここ全部出して必要なものだけ戻していただきました。いちょっとこうもう少し上整理して、ここに洗剤のストックとか置いてあげると、もう少しこの周辺も片付くと思います。ということで、あっち洗面台にあった食器全部出しました。すごい量ですよ。これはちなみにももさんがいつも年末年始帰ってきて、もうあそこを減らした方がいいんじゃないかっていうのはずっと言ったんですよね。話題には出てたけど、ここまで全部掘るっていうのはちょっとね、決断もなかなか。実はこれぐらいの量を2年前ぐらいに掘ってます。捨てました。でこれで今の量で元々の半分ぐらいです。じゃあもともともっとあったんですね。でもここももう大丈夫ですね。手放して。大丈夫です。いただいた人いてたらごめんなさい。はい。いやでももうねわかりまし、もらってね、もう10年、20年ってずっと保管してくれてたんで、もうめっちゃ大切にしてますよ。で、もともとキッチンのあっちにあったものを含めると、ここと、ここと、すごい量、いっぱい減らしてます。あとはこれを、一回下に持っていきます。はい。最後ここまでやって終わりましょう。はい。ありがとうございます。メルルも早くこれ片付けてって待ち遠しくしてますよ。さっき減らしたのにここ、食器のバザー開けますよ。ということで、時刻8時になりました。はい、ということで、今回で、もうキッチン、リビング、特にご家族が一番使われてるスペースが、だいぶ物減って使いやすくなったと思います。木で、テーブルの上に何も置いてない奇跡。あとはですね、僕1週間後にまた来ます。ありがとうございます。はいよろしくお願いします。お願いします。なので、窓1回を頑張りましょう。はい。はい。あと3回来るので、それまでにちょっとゴミ出しですね。はい。下の階のゴミ出し、ちょっと粗大ゴミとかお手数なんですけども、やっていただいて、はい。ちょっと次回後半戦また1週間後、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様お疲れです。様です。という感じで一旦3日間終わって、じゃあちょっとゴミ出しだけお願いしたいんですけど、はいそうですね、さっき何気なく結構喧嘩が、はいはい。はい、結構ああいうのが日常茶飯事で、そうですね。結構カメラ回ってないとことかで、割と夫婦喧嘩がちょいちょいね、あっすみまたりして。せん。はい特に自分がちょっと離れたりとかしてる時とかに聞こえてくるので、あ、渋さんすいませんと思いながら大丈夫かなと思ってました。物が多かったり、片付けしたり、家事していく中で、うん整理ができてないから、あれはどうなってるの、こうなってるのとか、そうですね。そうで、喧嘩しちゃってっていうのを常に見てきてるからこそ、僕にね、ちょっと依頼してくれたっていうのが。もう物も多いのもそうですし、もうそこからもう付随して常にイライラがもう二人をイライラをこうしてるんですよね。ずーっと。それで多分疲れ出てきていつも通りになってるみたいな感じだったんですけど、余裕を持ってほしい。多分今、動画が回ってるから、お父さんお母さんもだいぶ気さくにね、してくれてると思うんですけど、はい多分、それこそ娘さん、ももさんがいない時とか、二人の時とか多分もうね、そう。もっと絶対そうやと思うんですよ。なんか空気とかも、家族でいても私とかがいると、イエーイって感じなんですけど、もうちょっと二人やともうあんな感じになるんで。来週もう一回来るんで、はいその時に減らし終わって、ね、夫婦に余裕が出て、うん。そうですね、こう余裕がない時にやっぱりね、はい。何気ないことでもイライラしちゃったりとか、ほんまにそうです。人ともそう、お金とか時間とか、部屋の空間もそうなんですけど、人間余裕がない時って、やっぱ人のこと許せなくなったりするから、ほんまに、もう今多分全てに余裕がない感じで、それを、お前のせいで、あんたのせいで、みたいな感じなんですよ、こっちから見てると。そうですね。もう本当にだからこう、関西弁の明るいご家庭で、動画見てる皆さんからすると幸せな、ね、物多くても幸せな家庭じゃんという風に思われてるかもしれないんですけど、さっきも、昨日もありましたけど、実はちょっとね、結構出費が多かったりして、ちょっと、赤字家計みたいな話とかも、はい。深刻ですね、結構。意外とそう深刻なんですよ。全て整って余裕持って価値観も変わってくれたら嬉しいです。ほんまに。そうですね。多分結構ね、そういうことで結構お母さんが結構なかなかこう、そうですね。結構この形で期間は結構お母さんと戦いでもあるみたいな。そうです。いや、父親は素直なように見えるじゃないですか。調子がそう言ってるだけなんですよ、正直。その時はそう言うんです。もう毎年、もう勝ったらあかんな、言うんで、あれにもちょっと注意してほしい。なるほど。口ではね、結構ね、動画だけ見てると、やっぱり結構減らそうとか、いらんやんみたいな、サクサク減らしてたから、お父さんを減らせる人みたいな感じはしてるように見えて、でも根本ね、この部屋を作ってる人なわけですから。増やす人でもあるんですよね、いらんもん。そう、だからちゃんと行動を見ないといけないってことですね。ほんまに、はい。じゃあまた1週間後、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。はい、ということで、1週間ぶり、本日4日目です。お願いしお願いします。ということで、1週間間隔が空いて、ゴミ出しも終わってますね。そうですね。かなり大変だったじゃないですか。袋にして、服とか、はい。いらないもので50袋以上。そして、食器がもう20袋。分かってるだけで今70袋出ました。すごい45リットルが70袋。しかも1週間とは言ったんですけど、間隔5日しか空いてなくて、で、本当にもう持ち込みだりとか。はい。粗大ゴミは、1日2回の3日で6回。すごい。頑張りましたね。少し間隔空いてるので、改めてちょっと2階の方だったりチェックした上で、ここから先はこの間の1回着手しようと思います。よろしくお願いしよろします。くお願いします。お願いします。はい、ということで前回リビング、キッチン片付けてから、約1週間経ちまして、どうですか？机の上とかね、今、ちょっと僕が来る前に片付けた形跡はちょいちょいありますけども。使い勝手はすごく良くなりました。そういう感じで出窓にこう、ひまわり飾ったりとか、だとちょっと一時的に今みかんがあったりしますけど、ちょっとこのあたりもまた後ほどアドバイスしようかなと思うんですけど、このあたりは結構キープできてるかな。アドバイス通りちゃんと指定した収納買ってたりとか、はい、こっちもこれ導入してますね。はい。速攻で買いに来ました。素晴らしい。どうですか、こう、片付けてからキッチン広くなって、料理のしやすさというか。すごいここがスペースがいつも火かけてって言ってやってたので、それがすごく楽になりました。おー、素晴らしい。というので、ちょいちょい僕が来るまでの5日間で、ゴミ出したりとか、3回片付けるようにっていうふうに指示出しはしてて。3じゃじゃん。はい。ここのクローゼットの中だけ、はい。ちょっと整理した感じで、妹のもあるので、自分のものを厳選して妹のものだけを残してっていう感じになります。おー。あ、綺麗になってる。こんな感じで。すごい。空間に余白がはい。できてる。できました。もうこれだと、もうあと妹さんのものしかほぼほぼ残ってないから、そうですね。もう片付けやすいですよね。はい、そうだと思います。そうそう。結構家族の方が片付けてくれませんって悩みすごくいただくんですけど、自分のものが片付け終わって、あと残り、もうここだけ妹さん、ご家族の人が片付けてねっていう風に、やっぱ自分が減らし終えると、残りあと、こんだけ片付ければいいんだっていうのがわかるから、妹さんも帰ってきたらね、これすごい片付けやすいかなと。だからもうこの部屋ほとんどあと妹さんのものだけですね。そうですね。年末年始ちょっと帰ってきたら。はい。でも妹も結構もう手放す系マインドなので、大丈夫だと思います。はい。ということで、今日からまた3日連続減らしていくんですけど、もう早速ここに取り掛かります。で、いろいろお話しして、そうですね、多分結構ここにまだタオルがあるとか、カバンがある、服があるとか、意外とまだここに眠ってるものがあると思うので、多分ここ片付けると他の空間も芋づる式に片付くかなということで、ここはお父さんのものが。そうなんですよ。僕、車バイクがちょっと趣味というか好きなんで、こういった段ボールはほぼカー用になっております。じゃあお父さんちょっとここは頑張っていただいて。はい。もうこれお父さんにかかってるんで。かかってますね、今日は。はい。残り3日あるんですけど、はい結構下手すると全然余裕持って終わるかもしれないし、全然終わんないかもしれないっていうとこで、あとママの分も結構ピアノのものとかも一部あるとは思うので、早速どんどんもう明らかにいらないものからどんどんちょっと教えてもらいたいです。わかりました。と言われましてでもめっちゃ悩むんですけど。全部迷いますはい。はい、使うやろうと思って買残っしてるてから、置いてるんで、どんどん溜まってるんで、ちょっとやっぱりパパッといかないかもしれないですね。了解です。まだ迷うものも多いってことなんで、明らかにいるものから先に出しちゃいます。わかりました。これはワンちゃんのご飯です。ワンちゃんの。まとめ買いしてるんで。これ箱は出しましょう。はい。結構物が多いご家庭って、はいもう段ボールそのまんま買って積んでて中身もわからないみたいな状態で、そう、これはもう使うもんだから出しちゃっていいです。はいという感じで今いるやつをどんどん出していってるんですけど、カー用品めっちゃありますね。はい。めっちゃあります。で、お父さんですね、SNS で結構、車の用品を発信して、そうですね。はい。はい。で、これ案件でいただいたものなんですよね。で、案件でまだ紹介してないから、はいちゃんと使ってレビューしてから、はい手放すにしてもっていう。そうです。はい。そう。レビューし終わったら、ちょっとまた考えるんですけど、
を、まあ、企業様よりご提供いただいた商品でございます。いやー、そうなんですよ。SNS で発信してる人ってこういうの増えがちで、まあ、例えば美容系の方だったらメイク用品とかいっぱいたくさんもらうからっていうので。はい。カー用品はね、一つ一つが大きいので。いや、でけえ。ですので、はい。どんどん手前から置いていってしまって、すぐ撮影と思ってたら、こんな感じになってしまいまして。そうですね。だからもう、ももさんが言ってましたけど、このスペースなかったらどうしてたのっていうね。そうなんですよ。このスペースがなかったら多分、まあ案件も受けられへんかったと思いますね。まあ、スペースがあるがゆえにどんどんもらっちゃってるんですよ。なんぼでも置けるというイメージがあるんで。まあ、だとしても、ここはちゃんとそういった車の用品とかをきれいにちゃんと保管できるように、もうこのちょっとゴミ屋敷状態だと、やっぱ探すのにも時間かかっちゃうし、案件で紹介しないといけない何がどこやだっていうふうに、探すのもすごいね、時間もったいないから。はい。これが裏側でございます。ありがとうございます。入浴剤関係が、はい。毎月送られてるものが、ストックが結構溜まってきまして、これはいるやつなんで。これ一度に買いすぎですよね。いや、毎月送ってくるんですけど、1ヶ月で消化できないんで、どんどん溜まっていって、今ちょっと休止してます。そう、だから本来であれば、この定期便やめるべきなんですよね。止めて、ちゃんと使ってから再開するとか。そう。ただね、そういうのも罠がありまして、定期便にするといくらか安いんですよね。ハマりがちですよ。そう、ハマって、で、ね、まあ例えば 10% オフとかわかんないですけど、安くなったとしても結局使い切れじゃなくて、やっぱりこれを取っとく分にも家賃かかってるわけなんで、もっと言うと、少し安くなったとしても、こうやってもう、溜まって僕たちも、この片手に時間費やしてますよね。ですよね。そう、お金以上のものを失ってます。心を失ってます。ちゃんとほんま響いてんの。にやけてるけど、ほんまに思ってるから。マジで反省してくださいね。はい、やってます。それこそこれ入浴剤だったら、この前洗面所いっぱい食器減らして空いたと思うんで、もうああいう場所にどんどん詰めて、使う場所に置いとかないと、ここにあったら絶対使わないですよね。これは。ビールですね。ビール。中元から。そう、まあなんでこういう風に食料品の備蓄だったり、カー用品とかがもうごちゃごちゃになってるのが問題ですね。こう片付けていって、どんどん物別に整理していきます。片付け始めるときはこういう明らかなゴミって僕呼んでるんですけど、これは例えば食材だったら賞味期限切れのものとか、もうこれ空箱とかはどんどん捨てれますし、この段ボール以外にも実はカメラの後ろに大量の紙袋が眠っておりまして、ここも減らしていきます。こういう紙袋しかり、あったら便利、いつか使うものに残し続けると部屋はゴミ屋敷になります。あとここにある紙袋系は結構やっぱり女性もののブランドがいっぱいあって、まあ妹さんでしたっけ？これとかは、別に私がめっちゃ好きやったやつ。大阪で買いに行ったから綺麗で可愛いから多分その時は置いてて、気づいたらこうなってる。こうなってて。そうですね。なのでまあ姉妹が買ったものだったり、まあお母様が買ったものもありますかね。紙袋に歴史あり、好きなブランドの遍歴がわかりますね。でもこんだけいっぱいブランドの紙袋ありますけど、ももさんも毎回この服ですもんね。そうですね。あれはマジでもう大学生の時かな、ほとんど。まあ大学生の時って言っても3年前まではね、大学生だったんで。はい、3年前まではもうめっちゃ服も大好きで、いっぱい買って、いろんなものをつけてました、私も。社会人になって毎日働くようになって、もうなんか毎日こんな。ちょっと価値観が変わって、服じゃないな、みたいな。服以外のところの楽しみ。とか、なんか系統も変わって、自分の。ちょっとハイブランドが似合うような髪型をしてたんですけど、六本木歩いてそう風に憧れてた時があったんですよ。東京カレンダー的な。みたいな。だいぶガラリと系統変わったんです。そうですね。もうコロコロ変わるんですよね、私。で、今ちょっとこの感じなんで。シンプルスタイルに。これ、すべてカー用品でございます。カー用品。ちょっと一旦出しましょうか。一旦出しましょうね。お父さん結構、アウトドアな趣味が好きで、カー用品、キャンプ、観葉植物っていうので、ハマってますね。ハマってますね。なのでちょっとそれは、3カテゴリーでちゃんと分けながら、分類していきましょう。わかりました。前半だけ見てるとお母さんが物多いみたいな印象あったと思うんですけど。実は私です。主犯。これが本当に、カー用品とかキャンプとか、観葉植物しかり好きで、ちゃんと管理ができてるんだったら、別に物たくさんあって、広い家住んでても問題ないと思うんですけど、現にやっぱゴミ屋敷化して、しかも赤字家庭っていうのは毎月赤字です。もう過剰、トゥーマッチですよね。今回の片付けを機にして自分の生き方も見直してもらって。わかりました。うわぁ、ほんと知らんけどカー用品。なんか知らんけどって言葉が出てるのはやばいと思ってます。重症です。そう、多分買ったことも覚えてないとか、結構あると思うんですよね。ありますね。僕も最近車買ったんで、カー用品ってこれ買うと便利みたいな、ドリンクホルダーとか。いりますしいらないです。大量に出てくるアウター用ツリー、あっちにもあります。ちなみにこの2つ手放そうと思ってます。なんでここに例えば帰ってきたら、じゃあバイクのアウターかけるとかは全然いいんですけど、もうアウターかけるのにこのツリーいらないですね。あと
これ、もう僕のチャンネルでこれ出たらもう絶対捨ててるんですよ。いつもこれが綺麗に美しくかかることなくて、倒れてくるし、どんどん芋づる式に服かかって汚くなるし、だからああいう形で、やっぱりちゃんとしたハンガーラック使うのが一番いいです。期待の知れないもの。これあれですわ。ギターの、エレキギターのチューニングですわ。ギターもやってるんですか？チューナーです。これか、エレキギターがは出てきましたけども、これは誰の趣味ですか？バンド組んだろうかなと思って、まずエレキ買ってみたんですよ。で全然弾かれんで、ほんで、ギターが悪いと思って、2、3本買ってしまったんですよ。3本。なるほど。形から入るのは素晴らしいんですけど、はいまあもう夢を諦めた段階で捨ててもらって。ちなみにこのソファーいります？これね、何もなくなったら、一応ここで、はいあとテーブルもありますんで、ちあーょっと作業リラックス空間に使いたいなと。まあ確かにね、それができたら一番理想ではあります。はい。まあちょっと要検討で、要検討でまあとにかくお父さんがめっちゃ減らせて、スペースに余裕ができたら残せるし、もうカー用品めっちゃ残すってなったら多分これ減らさないとスペースできないです。あとお父さんにかかってますか？ちゃんとしてよ。はい帰ってきた時ここで、あれやん。そうやね来客したいから自分。そうやね。思い出のゴミ箱ですが、これも2つ大丈夫ですね。はい。手放します。そしてここもいっぱい人形さんがあったり、巣があったり、もうママゾーンですね、この辺りは。まあ見ないで捨てた方がいいかもしれない。そうしましょう。明らかにいらないって分かってる場合はもう中身チェックせずに丸ごと捨てた方がいいですよ、やっぱ。はい。そういうので、あっちではお父さんが、こっちではママが出せてます。これよくよく見ると、テレビ台の前にソファーが置いてあっても、使う気ないですからね。あ、それギタースタンドやから置いといてよ。ギターやります？またちょっと落ち着いたらほんまに嫌な、ほんまに嫌な。もう5年後にはデビューしてるから。欲しくなったらまた買ってください。どうせこの性格だと、ギターやりたくなったらまた欲しくなりますよね。だって今まで存在を忘れてたのに、こうやって掘り返してまたやりたくなってるっていうのは、これ僕の基準で言うと、存在を忘れてたのに、また使い道考えるっていう。これやってると本当にでも減らし終わらないです。ループになってしまいますもんね。そう、だって他にも今最近ね、観葉植物ハマったりとか、どんどん新しい趣味増えてるから、そして後ろには、じゃじゃーんこれは推しのうちは、誰の趣味でしょうかこれ TWICE のももさん。はい、そうです。はい。ももって書いてますけども、ニックネームの由来これですね。あ、そうです、そうです。じゃあ、ももさんは TWICE 好きなんですね。はい、そうです。おーいつ頃から応援してるんですか？でも、結構遅いから、3年前とか4年前。おーこんなこと動画で言いたくないけど、全然いらんからここに置いてるって。あ、そう、なんでここに置いてあるんだってちょっと気になったんですよね。あっちから出てきたから。まあ、グッズ手放したからといって、ファンじゃないってわけではないですから。そうです。普通に服とかも買ったりして、うんうん。それずっと着てたりしてたもの。これも大丈はい。まあ、またライブ行かれたり、応援続けてあげてください。夫。はい。もう家族3人の同時並行で、僕はそれを実況解説のように見守ってます。こういった未開封のね、ものをいっぱい買ってしまうんですよね。こう、買って、存在自体を忘れてる。マジもったいない。マジもったいないですね。はい。そういうものの金額を合わせますと、うんうん。すごい金額になってると思います。そのお金の分で働いてますからね。ですよね。はい。自分の時間を切り売りしてますから。は僕、物の消費は時間の消費って言ってるんですけど、はい物を買うことによって払ったのってお金だけじゃなくて、そのお金を払うために自分が働いた時間も犠牲にしてるんで、まあ、この時間があったらそれこそもっとギターする練習とかに使えたわけですよ。い。ですよね。このメルカリボックスってお父さんのか。あ、全そうです部パパで。そうです。受験の時のやつ受験受験の時のももさんの速読英熟語。無事に合格されました。合格しました。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。僕は二浪高卒フリーターなんで、大学受験に受かった大卒の方をみんな尊敬してます。 1600円で本当だ出品してるんですけど、はい売れてないですね。しかもこれ何が問題かわかります？これ、数年前に出品してて、仮に売れたとしましょう。これ片捨ててなかったら見つかってないですよね。ほんまや。えらいことなってる。だから低評価がつくか、ないからって言って、自分でまた定価で本屋行って買ってそれを出品しないといけないっていう。うわ、これでこれ。聖書が出てくるでしょ。は何それこれね、僕の中学生の時の担任の先生が亡くなる前にわざわざ持ってきてこれ貼ったんよ。まあ思い出のものなんで、おすすめは写真撮って手放すっていう。なあ、そうしましょうか。はい。そうしましょう。片捨てなかったらこれも思い出せることなかったですから。ですよね。今こうやってね思い出しただけでももう十分役目果たしてます。こっちが大量のゴミ袋が生まれていってます。減らせど出てくる不要品たち。まだまだ前半戦なんでお願いします。はい。ちょっと今減らしていってるんですけど、お父さん、筋トレ用のベンチがあるんですけど、はい重りなどありますが、はい。ちょっと体を鍛えようと思いまして買ったんですけども、買ったその日からもう買ったことに満足してしまって、ももさん筋トレするの見たことありますか？ないですね。一回も使ってないですよね、多分。 2、3回はやったと思うんですよ。これ使ってないので手放します。あ、ぬいぐるみいきます？お、もう躊躇ないですね。昭和のミニですね、これ。てか、捨てづらい人形で言うとさ、いら
無理。リラックマちゃんは結構このお家マグカップだったり、好きですもんね。はい。という感じで大量に人形を手放しました。生まれ年ベアを手放そうと思います。おーありがとう。ありがとうございました。はいこれ絶対使うんで、動画に思い出も残ってます。はい、ありがとうございます。2000年。生まれ年。はい。すごいここもともと外に繋がってて、ここ物は一切ないんですけども、ここに今からいらないベンチなど出していきます。ここですね。はい。ガレージの扉の前がこの大量の靴箱で埋まってるんで、ここをちょっと一旦全部出してもらいたいです。ということで、今、靴箱をですね、解体して、そっちを見ると、これがお父さんの。またバイク用品。うわ、こんなところにあったんや。なので、基本的にもう奥にあるものはもう存在忘れてるものいっぱいあると思います。それ丸ごといっちゃいましょう。パッと見てますけど、特に燃えないゴミとか金属系なさそうなので、これほんと見てる感じは、お子さんが小学生の時とかに使ってた文房具系ですね、ここ。時が止まってる感じです。時が止まってる。これ丸ごと手放します。やばい、もう。ガレージがいっぱいになっちゃいました。捨てに行かないと。という感じでここが開きました。ここからはもうガレージいつでも行き放題ですよ。そして火も入ってくる。スピーカー付きのやつはやんねん。頼む、お願いします。無理。一本だけ置いて。無理。置いといた結果あれ。あるうち2本は掘るから、1本置いてお願いします。無理。バンド組むかもしれへんねん。ってそれはもうほんま。頼む !1 本だけ置いておかしい。そうですね、残すとしても1本でやらなかったら捨てるっていう風にやらないと、そもそもあれは今日語ってるまで存在忘れてたもんだから、3本あるうちの2本は絶対やらないんで。確実に。じゃあ3時になったんでやりましょうか。はいはい、ということで再開していきます。先ほど話題に上がってました。ギギターですね。もう親子喧嘩が激しかったですけども、これもかっこいいんすよ。かっこいいと言いつつ、やりたいと言いつつつつ、奥底にあって、久々に見ました。でも本当にさっき娘さんがあれくらい怒るくらいはい言われたのは、さっき言った行動は伴ってないっていうのは本当そうだと思いますよ。ここに埃かぶってるとか、で、実際は多分全然練習してこなかったんだろうし、で、それをね、直前になっているって言われたら、それは娘さんからしたら、それ本当にいるのって怒りたくなる気持ちもわかるし、ダメ親でございます。そうし、こういう風にダメ俺でございますっていう風に、開き直るのも良くないですよね。これ。人間性もね、はい、改めていきたいと思います。はい。じゃあこれは残して、他2本は手放す。はい、手放します。はい。で、ここ空いたんで、ピアノちょっと壁に寄せようと思います。いけました。素晴らしい。というので、物を動かせるくらいには着々と床が空いていきます。で、あと、そこのもう一個のピアノをちょっと壁に寄せます。ピアノの下もすごいいっぱい、またしても紙袋が、マルチメディア、ヨドバシカメラ、すごい大量です。これ、紙袋丸ごと捨てます。これは何年ぶりですか20年ぶりぐらいだと思います。 ?20 年ぶりに、うおーなんてこった。えぐい。ピアノ下が収納になってたのが、ここまでして物を詰めないと入らないっていう。渋さんも入れます。広い。すごい。久しぶりの景色。すごいです。もうこれは業者さんに今引き取ってもらうために、手配進めてます。なんでこれもなくなりますね。電気ストーブが、ピアノの下にもあったんですけど、そっちにも2台あるわ。あれとあれと、これと、4台あるうち1台残すの決めます。はい。あー、なんかびちゃびちゃ。何これ。灯油が出ました。危ない。大丈夫ですか？奇跡的に一滴もかかってない。あ、よかった。本当に危ないですね。かかってなかったら何かのきっかけで燃えてたかもしれ漏ない。れて、渋さんのおかげで命拾い。なかなかこういう事例はないでしょうけど、とにかく換気して、布や新聞紙で拭いてください。ということで、これを残して他手放します。備蓄用の水が出てきました。はい。 56リットルあるのかな今。そんなもんですね。ですね。一応、備蓄とか防災の話をしておくと、国の内閣府から発表されているものが、一応、最低3日で、3、5、7の基準で、残すといいよっていうので、1人大体3リットルで計算するといいです。1日あたり。飲み水だったり生活用水で1日3リットル。で、夫婦2人ですね。 6リッターですね。 6リッターですね。はいなので、6リッターかける3で18リットルですね。はい。でも、なのでこれは、ちょっと多いですけど、はいこれで1週間以上は持つので、ほぼ適量ぐらい。というので、お父さんが今あっちで片付けつつ、ももさんは今、妹さんにいるかどうかのはい。確認。いや、非常に助かる。特に家族に渡しますとか、確認します系のってみんな後回しにして多いんですけど、ももさん仕事が早くて、テキパキ動いてくれるんで、もう片付け中にバンバン写真撮って LINE で聞いて、はい。あ、妹も返信早くて。はい、即レスですね。仕事ができる人は返信が早い。床が着々と空いてきておりますが、この周辺はですね、お父様がいると言って今残してる者たちですね。はい。なんでここはもう一回ちょっとダブルチェックで、もう一回チェックはしていくんですけども、もう一回こっちにどんどん寄せていきます。はい。でもこれも手放しちゃって大丈夫ですかね。
クローゼットのツリーは大体バラせるんで、こんな風に遅刻解体できます。ここお父さんゾーンです。こんだけあるんですね、これ。やばいし、まだこっちにもありますからね。そういうので、お母さんめっちゃ減らせてますよ、パパ。負けてますね。まあ来てますよこれは。この空間の使い方なんですけど、まあもちろんここはもう客間として使えるように、ソファーとかはいテーブル置いて、で、お父さんのものはあっちで管理してもらうっていう風に今考えていってます。はい。テラスと広いな。広いですね。 20人が入るくらいの場所だったから、めっちゃ広いんですよ、ここ。本来の姿を取り戻してまた20人呼べるように。頑張ります。頑張りましょう。そのためにはパパが頑張らないと。このピアノも上も僕が埃かぶってます。手が届かないところが。うおー、すぐ黒くなります。お父さんがここを今ちょっと片付けてる間ですね、参考書とか教材があって、ここはちょっとももさんが減らせそうなので、こちらは妹さんのものなのかな？両方混じってるんですけど、でももう全部不要品っていう感じ。不要品ですね。この衣装ケースはお父さんので、懐かしの PSP とかが出てきましたね。まだまだお父さんには見てもらいたいものが、あと古いパソコンが出てきたり、このパソコンはももさんの。一応。一応。はい。まあでもう使わなくなったやつです。で、お父さんのところに紛れてるみたいな。みたいな。これはお父さんに見てもらいます。はい。ここはパッと見た感じどうですか？捨てれそそうですね。ほぼいらんかなっていう感じのばっかりです。うですよね。はい多分衣装ケースにこうやって、しばらく使ってないと思うし、PSP がある時点で、多分僕が小学生の時とかのゲーム機だから、もうこの中に何が入ってるかわからんようになってる時点でもういらない。まさにそう。いらないですね。だから僕よくやるのが、片付け中に蓋閉じて、この中身何が入ってるか覚えてますかって聞いて、はい入れなかったらもう捨ててくださいって言ったりします。絶対それですよね。そうするとなくても生活できてるってことは捨てても困らないんですよ。PSP、懐かしいし、見てください。僕がちょうど今ちょっとホテルからチェックアウトしたところだから、全然ちゃいますね。僕が持ってる任天堂スイッチ2と、てかスイッチってできんだな。でかいですね。スマホと一緒で持ち運べるって聞くとはい小さいイメージあると思うんですけど、スマホがどんどん大型化してるように、こうゲームもいう家庭用ゲーム機もどんどん大型化してるんだなっていうのが、わかりますね。捨てるときにこういうバッテリーが入ってるもの、それは気をつけないとダメですね。そう、現代家電ってやっぱなんか結構バッテリー入ってることが、はい。有線イヤホンは家庭ゴミで捨てれるんですけど、ワイヤレスイヤホンはダメなんですね。捨てれないから、小型家電回収ボックスっていうような、バッテリー OK のものを、捨てれる箱とかに持ち込みに行かないといけない。こういうパソコンですね。特にこれ MacBook なんで、使わなくなった時点で売ればこれ数万円で買い取ってもらえてたから、一番いいのはもうこういうスマホパソコンとかは、もう使わなくなった時点で売りに行くと、数万円お金返ってくるから、だからゴミとして眠らせておくのって本当にもったいないんですよ。でも結構、ガラケーとか古いスマホが家に残しちゃってって人見ると、これ当時売っとけば数万円で返ってきたのに。そう。例えば、もう、それこそブックオフとかゲオとか、僕のおすすめはジャンパラっていうお店があって、結構そういうとこ行くと高く買い取ってもらえるんで、アップル製品は特に。という感じで、一旦ここがほぼほぼ空いて、いるやつがちょっとだけありましたけど、ほぼ空です。ケース手放します。お父さんの生前整理とはまでいかないけど、付き合ってる娘さん。はい。いやでもね、若くて元気なうちに、本当にそうです。みんな大体、定年迎えてからとか、60代、70代で始めようとするんですけど、遅いですね。遅いですし、今、おいくつでしたっけ56です。僕とお父さんと全く同い年なんですけど、最近父親の脳出血で倒れて、後遺症で結構もう今、言語レベルが小学生レベルなんですよ。LINE のやり取りを化してるのも、一応意思疎通はできるんだけど、ちょっと文章がひらがなだったりみたいな、っていうことが起きてたりするから、まだね、56とかになると、まだ生前整理は早い人は始めてるけどくらいな。でもみんなもっとね、後ろの年齢でやろうとするんですけど、もう早め早めでやった方がいいです。体力的にもきついですもんね。体力的にもしんどいし、だから僕とかそのお父さんがちょうど脳出血で倒れる1、2ヶ月前にたまたま実家行って、この部屋の範囲は捨てていいとか意思確認取ってたんで間に合ったんですけど、あと1、2ヶ月遅れてたら、多分そこのやり取りもできてなかったみたいな。体が動いて意思疎通が取れるうちに、ですよね。勝たせた方がいいです。ちなみに時刻は5時で、もう5時間ぐらいやってます。というのでですね、今、テレビ前のこのちょっとソファーをどけたくて、お父さんのものを出してもらってるんですけど、お父さんはテレビの前にこのソファーを置いて見れるようにしたいっていうことなんですけど、ママとモモさんはテレビを手放したいっていう。普通に使ってない。2階のリビングでもテレビを見ることはない。ネットフリックスとか YouTube とかを見るのかもしれないけど、ってなると何を見たいのってなるんで、いらないと思います。ただお父さんは、テレビは、たまにね、やっぱりニュースとかね、見やんとダメなん
って。どこで携帯に入れてるよ、ニュース。これまだ皿やで。二人から見てると、この十数年ずっとここで埃かぶってて、でしかもお父さんも友達が来た時しか見てないっていう、そのためだけに撮っとくのかっていうのは考えないといけないですね。そう。よかった。僕らあれは手放します。これ、新婚旅行のずっと。おー、チェキ、お美しい。でもやっぱなんかももさん似てますね。若かりし頃なんですけど、ちゃんと血を引き継いでますね。という感じでまたいっぱい不要品が出てまして、またトイレにぶち込んでます。広すぎてワンちゃんが天井から喜んでます。あと少しそこお父さんが減らしてくれたら、ここにソファーを置いたり、トイレスペース、客間ができると思います。はい、ということでついにここが開きましたけども、そこ中に何が入ったか覚えてます？ひな人形。ひな人形など、こう階段下収納なんですけども、季節物があったかなっていうので、ちょっと見ていきましょうか。はい、行きます。じゃららじゃらじゃららん。なんかめっちゃいっぱい。わお、マジか。もある。やばい、こんなぎゅうぎゅう詰めだったとは。めちゃくちゃ凹んでます。凹んでるってことはこれもう期限が近づいてて酸素が抜けてる証拠、どんどん水分量が減ってるんですけども、期限が8年切れてます。ちょっと待ってください、こんな奥深いんですかこれ。そうなんですよ。斜めになってるんだよ。これやばい。ここか。これお母さんが好きだった漫画、ちなみにいります？いや、ここはいいです。あ、もう、早い。もうここ皆さんテンポよく捨ててるんですけど、やっぱ階段下収納もこれ、十何年は、触ってないですね触ってないですよね。はい。だからもうなくても生活できてたものなんで。全部いらない。いやー、さっきあんな床が綺麗だったのに。えらいことになってます。えらいことになってます。また階段下収納ってこんなものが入るんだ。時刻が6時ということで、もう6時間ぶっ通しで作業してるんで、ご飯食べて、元気入れたら最後片付けて今日ここまで終わりましょありがとうございます。はい。いただきます。いただきます。渋さんいつもありがとう。感謝しかないもん。マジで感謝してもらって。僕もね、動画出ていただいてるんでお互い様なんですけど。感謝しかないですよ。僕が救ってるってことよりは、片付けするとその日人生変わるってことなんですよ。みんな物減らしたり片付けることをはい甘く見すぎというか、ですよね。それだけの効果あります。ありますよねお金の使い方もそうだし、そう減らすって単純な片付けじゃなくて、自分の愚かさと向き合うことなんですよ。確かに。当たりです。もう今までなんでこんなの買っちゃったんだろうとか、使い切れなかったなとか、はいギターのことだったり、テレビのことで責められたと思うんですけど、あれでも何気なく、責められるくらい、はい普段の行動というか、あの部屋を作った原因、夫婦で片付けなくて、あの部屋ができたっていうのはあると思うんですけど、やっぱ見てみると結構大部分お父さんの私物が多かったりとか、もうどこまで行ってももう自分にまるで要因がないかのようなあれをっていうのは渋さん全部分かってる上で飲み込んでくれてるから代わりに言ってるからね。なるほどね。すいません、渋さんの視聴者様。気分を害したら、どんどんコメントください。いやいや、僕今変わろうとね、こんだけ、それこそ、YouTube 出てくれてるのもね、ももさんが、じゃあ、出たいっていうので、ね、いろいろ話してくれて、ね、家族みんなで話し合って、で片付けようって出てくれてるんで、もうね、覚悟は決まってると思いますし、ちゃんと、お二人からお申し込んでいただいてるんですよ。娘さんが勝手にとかじゃなくて、お二人ちゃんと、それぞれフォームにちゃんと書いていただいて、二人です。はい。だから、同じ名字の人が二人おるわ、と思って。ちゃんとももさんとお母さん側の、こう減らしたい動機をちゃんと写真も添えて全部書いてくれてたんで、はい。それもあって本当にもうめちゃくちゃ覚悟決まってるんだと思って。ありがとうございますはい、ということで晩ご飯も食べ終わりまして、はい、あと残り1時間ちょっとあるので、ここ期限に片して今日終わりましょう。はい。こんなとこから僕の親父の位牌が出てきます。すごい。こんな中から出て出てくるすごい雑に扱われて、そんな存在に。これやばい。これちょっと透明で。ももさんの14歳の時かな。わちょハッピーっとやばい。バースデー。こういう時代やってん。いやー。出たよな。うん。よかったですね。これも片付けなければ思い出されることなかった思い出ですうわですよね。本当。というので、こんだけゴミ袋が出まして、いるのがこのひな人形と小銭とおじいちゃんの家だけ。こんだけです。あとは全部手放します。ということで、ひな人形を今入れていってるんですけど、この空いたスペースに、備蓄を入れていこうっていうことで、一人当たり1日3リットルで計算して、夫婦2人ですね。なので、夫婦2人6リットルなんで、1週間分だと42リットルですね。あれば、一応1週間を生き延びられるので、ちょっと多いけど、こんだけあったら全然いいよねっていう量の上で、空いてるやつもあったりして、見たら、期限がですね、2026年3月っていうので、まず4ヶ月しかないんですよね。開封済みのやつがあったり、未開封のが6月7月だから、あと8ヶ月ぐらい。うん。
っていうので、決して長くはないです。保存できる期間としては。なので、これ極力、普段使いして消費しながらちゃんと新しいのを買った方が備蓄としては、備えとしてはいいかな。っていうのと、ローリングストック法って聞いたことありますか？ミニマリストの人とか、備蓄初心者の人にお勧めしたい方法で、備蓄のために買っとくんじゃなくて、備蓄と普段使いを兼用するっていう方法で、例えば、我が家にサバ缶が5日分絶対絶やさずに置くみたいなのがあるんですけど、プロテインとかも。そういう風に普段食べたり使ってる食材をちゃんと絶やさないように置いといて、で消費期限が古いやつからどんどん使っていくと、備蓄用のために取っとくと、こういう風に、賞味期限が切れるっていう問題が起きるんですけど、普段使いしながら備蓄しておけば、賞味期限そもそも気にしなくていいので。っていうので、古い順からどんどん使っていけばいいんですけど、その観点でいくと、これが一番今、賞味期限が3月で、あともう4ヶ月くらいしかないから、これを手元に置いて、賞味期限長いやつをちょっと置くっていう風にして保存しつつ、でももうこれどんどん飲んじゃった方がいいと思います。期限に近いんで。っていう感じで、ここ片付けたおかげで備蓄を入れられる余裕があります。素晴らしい。今、ちょうど46リットルかな、こっちは。だからもう本当に、8日分、もうほぼ1週間分ちゃんとありますと。あります。ここが賞味期限が長いやつですね。はい。短いやつはもうキッチンに持ってって消費していきます。ここになんか焼き鳥とかサバとか、もう備蓄用に買ってある感じ。はい。これ備蓄するときに意識してほしいのは、結局ローリングストックやろうと思ったら、まずい缶詰を食べなくなるんで、ちゃんと美味しくて、普段使いできるやつ、お気に入りの缶詰とかを探しておくですね。防災とか備蓄を、日本って特に災害大国です。もう世界で起きてる災害の 20% がもう日本1カ国で起きてるくらいめっちゃ災害大国なんですね。それこそ、東日本大震災とか、最近だったら、能登半島の地震とか、だからこそ日本ってこういう備蓄だったり防災アイテム備えておかないといけないんですけど、置いてない人の理由の1位が置くスペースないなんですよ。でも今こうやって置けるくらい余裕ができてるから、はい。これは本当もう物減らしを頑張った証拠ですね。ちゃんとその逃げ道にない防災アイテムは持ってても持ってないのと一緒って言ってるんですよ。もっと言うと、意外と捨てられない人ほど防災アイテム持ってたりして、捨てない理由が防災のためって言ったりして、僕これエセ防災って言ってるんですけど、防災のために買ってるんです。でもよく聞くと、こういう風にぐちゃぐちゃなところに点在してあって、必要な時に取り出せないとか。ほんまですわ。水もバラバラで置いてたし。これも片付けたから出てきたけど、そうなので本当にとにかく片付けることがまず一番の防災になるんで、そう思います。で、余裕が出てきたらこういう風に、防災アイテムをそうですね、備えると。という感じで、ここはもうひな人形も入って、備蓄、防災アイテムも置けて完璧。もうこれ以上物ぎゅうぎゅうに詰めないようにしましょう。ちゃんと人が住む家になってきましたね。ありがとうございます。今まで本当これ、物が住んでましたからね。ねえ。ということで、じゃあ4日目これで終わりましょうか。ありがとうございました。いやー、1日でここまで期限になって、このペースでいけば時間余りそうなくらいのペースですけども、ここまで減らして、ちょっと残ったものを皆さんに見てもらいたいんですけど、こっちはちょっともうこの後ゴミ出しするやつが固めてあるんですけど、ここですね。この画面に映ってるこのエリア一帯すべてお父様のものでございます。かなり終わってるんですけど、あと、シンプルにお父様があとどれくらい減らせるかによるっていう感じで。そうですね。はい。でもあと、お母様のものが本当にほとんどなくて。なくなりましたね。もうピアノと、そこにある、楽譜とか、ご家族のも共用ものあるんですけど、ピアノも手放しますし。だからここもほとんどお母様のものはなくて、あとお父さんのものがちょっとここに散乱してるって感じなので、まだ時間はありますので、もう少しね、ゆっくり、もう一回チェックして。そうですね。ちょっとまた明日以降、お父さんがどこまで減らすかと、あともう少しちょっと家全体、例えば玄関とか、まだ終わってないところもあるので、また5日目も明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、おはようございます。おはようございます。5日目です。はい、ということで、2人とも真っ黒。これは、どういう意図が？自分は普段僕はちょっと渋さん寄りに今日はコーディネート、ブラックで。明らかに僕を意識した全身真っ黒を。言ったらあんまり分からんようになりますからね。いや、違いはわかりますよ。わかりますか？はい。ということで、親子で笑顔ペアルックコーデ素晴らしい。そして、後ろもですね、若干スッキリしてるような、お父さんの持ち物がちょっと宿題だったんですけども、いかがでしょうか？これね、僕のものが多すぎまして、ちょっと渋さんにアドバイスいただいてから、やはり整理したいなと思いまして。
了解です。じゃあ今日頑張りましょう。頑張ります。ちなみに昨日一日でここまですっきりして、もうなんかこれで終わってもいいんじゃねっていうくらい。もう僕終わったような気になりました。いやいや、まあまだまだね残ってますし、ちゃんと完璧に仕上げていくんですけども、どうですか、こうもう十数年ずっとこの状態だったのが、ここまで床見えるようになって心境の変化ありました？昨日もぐっすり寝れました。空気感が全然違いますので、そればっかりですね。ほんまにほんまに物がなくなるとうんうん、空気が澄んですごい体にも良さそうな、感じがします。よかったです。なんでね、多分こういう風に減らせば減らすほどやっぱどんどん変化感じてきて、多分楽しくなってきます。もっとやろうっていう風になってくると思うし、まあ、まだねちょっと趣味のものとかってちょっと減らしづらいもの残ってますけど、はいどんどん減らせるようになってきてるし、まだ2日あるんでね、頑張っていただければ全然終わります。今日はですね、なので、まあ、お父さんのものを見ていくんですけども、まだ家族全体で見終わってないところがあります。それが、こちらです。じゃじゃん。玄関ですね。実は玄関やっておりません。というのもですね、僕基本的に、服を片付けた後って、一番最初、初日にクローゼットを片付けたと思うんですけど、その後連続で僕、玄関見直すことが多いんですけど、この1階に結構靴があったりとかして、ちょっと、おはようございます。お願いします。ということで、ちょっとお母さんから途中合流だったんですけど、ちょうど話してたら出てきたんで、ということで、お母様も卓球終わってからまた一緒に片せてくれますので。ということで、お父さんもね、もう全身オールブラックコーデ組めるくらい、ちゃんとクローゼット片付けて、今自分がどんな服持ってるかって把握できるようになりましたよね。なりました。もう一目瞭然で、コーディネートがプップッとこうできるようになりました。素晴らしい。素晴らしい。これは素晴らしい。そうですね。なので、ちょうどなんで服減らし終わった後に、トータルコーディネートで靴も一緒に見るといいですね。そうですね。残した服との着回し考えながら片付けれているので、はいこのタイミングで玄関、靴も片付けていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょうどお母さんも卓球から帰ってきて、一人だけすごい。黒に合わさんかいや。見てなかったもんな。見てなかったんだよ。いやでも片付けたクローゼットからね、多分すぐ選べたと思うんで、はい素晴らしい緑お似合いでということでということで、お母さんももうクローゼットに今どんな服が入ってるか頭に入ってると思いますし、はいちょうどここ昨日この物置部屋を片付けて、ここに靴たちがちょっと出てきたので、はいこれも合わせてちょっとまとめて玄関の靴箱を見ていきます。まだカルピスがカルピスが置いたままなんですよずーっことれ後で飲みましょうか。飲みましょう。ずーっとね、片付けの初日からここに置いてあって、あえて触れずにい、つまであるんだろうって志さんもそう。見守っていただいて。そういうのちょうど玄関の時にちょっと触れようと思ったんですけど。というので、ちょうどお母様が今開けてくださいまして、今頭上にはですね、こういう風に、まだ外箱に入ったままの靴だったり、はいこの靴の収納でちゃんとかさ上げして、高さ上げて重ねてたりとか、ここになんか急に出てきた。もう使えないですね、これ。これ、何ですか？ベープですね。蚊取り線香みたいな。蚊取り線香はい。などなど、雑多に美しくないな。美美しくない。そうですね。その、美しくないっていう感覚を大事にしていただきながらですね。はいというので、下から上まで靴が詰まっているのと、玄関にも靴が出ちゃってて、いかがでしょうか？結構ここに靴が並んでるのは、まさに美しくないかなっていう。よろしくないですね。玄関ポーチが狭いので、僕的にはもう全部ない方がいいかなと。ここにね、この高いのがダーンと置いてあったんですけど、はい僕が観葉植物を置くためうにん全部掘り出して。で、で、これが多分部屋の中にあったんです。もっともっと多かったんで、だからそれ減らしてこれです。ここにも頑張ってて、それは素晴らしいと思うんですけど、目標としてはなので、ここの床置きがなくせるように、はいここにちゃんと収めていく。むしろもう上使わずに、夫婦二人のが全部ここに入るくらいいけたら一番理想ですね。やっぱ上の靴って取り出しづらいですよね。せっかく今、目の前に広がった床があるんで、ここの玄関の靴、全部出していきます。ちょっと雑談なんですけど、ここが何もなくなったので、今日の朝、ここでちょっとピアノ弾いてたんですよね。めっちゃ久しぶりに弾きました。そうですね。ももさんがピアノ弾いたっていうので、確かに今まで弾けなかったですもんね。そうですね、ここ最近はちょっと通れなかったので、今までもなんとかかいくぐってここまでは行ってたんですけど、最近はちょっともう行けなかったんで、久しぶりに弾けました。
素晴らしい。本当に物がなくなると響くんですよね。すごい音がいいはずです。そう本当にこれ響くって言えるのは物を減らした証拠です。そう物減らし終わった人みんな声が響くようになったとか確かにめっちゃ言うのでピアノ響きますよね。めっちゃ響きました。全部並べていってます。もう出しながらすでにこれいらないなみたいなものありますよね。じゃあそうだからここに今全部出してるんですけど、もう去年の大片付けの時もいっぱい出してはいるがまだこんだけあるっていうので、夫婦2人のものと、あとお子さん用に撮ってたものとかもあるとはいえ、ちょっとというか多いですね。すごいです。僕2年間この片付け企画やってるんですけど、靴をこんなに全部出したことないですね。初めて。これ置けるくらいここ減らせてますから、成長の証ですけども、すごい光景ですね、これは。ちなみにお父さんの靴が、ざっくりここら辺で、で、32足ありまして、一応なので、80着ぐらいあって、ざっくり、夫婦がそれぞれ30着ちょっとぐらい、で、お子さんの靴が15とかぐらいありそうっていうので、目標は本当にもう床置きなしで全部玄関に入れるっていうことと、本当に結構減らしてる人だと、もう10足以下ぐらいになったりします。そこまで1年でですよね。1年で、例えばレザーブーツとかスニーカー、サンダルとかもろもろ入れて、10以下くらいになってると結構少ないなっていう印象で、もう本当に少ない人だと5足とかここら辺で回す人も全然。自分そんくらい。そうももさん5足くらいっていう話なので、早速もういらないものをどんどん減らしていきましょう。もう迷った靴はどんどん減らしていってきますね。まず明らかにいらんものが結構あるんですよ。もう僕が指示することなく、ジムさん、レザーがちょっと傷んできたやつはもう寿命ですね。形は気に入ってて。形は気に入ってるけど、劣化が気になったりとか、こういうのが履いててちょっと傷んでるなとか。思いますね、やっぱり。とか、これリペアしてまで履きたいですか？いえ。と思ったらもう寿命ですね。最悪リペアしようともできなくてないけど、もうそこまでして白のローフは結構履きこなし難しいですよね。おしゃれ番長じゃないと無理ですね。やっぱ靴はあと白ってやっぱ汚れも目立ちやすかったりするので、そうですね。余計履いてないんで、これはいい靴やったんですけども、ありがとう。僕の靴なんかこうボロッボロになってますからね。これもう同じのずっとローテーションしてて、多分そのうち買い直すんですけど、こういうのが気にならない人もやっぱ一定数います。僕一足しか持ってないんですけど、もうずっと履き続けてるんですよ。靴もミニマリストですか？もうだから今日ボロくなったらどんどん変えてるんですけど、ちょうど今こんなタイミングなんで、そういう風にこの脱いだ時に見えるってところ、そうなんですよ。傷んでる基準というよりも自分が気になるかどうか、僕みたいにこの気にせず履く人もいれば、やっぱり多分気になる人の方が大多数なんですけど、なんでもうダメージが気になった時点でもうどんどん手放しちゃっていいし、さっき言ったリペアしてまで履きたいかってとこも、そんな靴はないんですよ。そこまで高級なん揃えてないんで。っていう感じでどんどん減らしていきます。わかりました。いいですね。ゴミ袋が1個完成してます。ちゃんと収まりました。収まりました。数通り。素晴らしい。なのでちょうど一旦ここに10個と上にぴったし入ってますね。ぴったりですね。すごい。これだったらもうお父さんの分ははみ出ないですね。そうですね。なのでお父さんは14足以内になる生活すれば、ここからはみ出ることはないです。ないですね。で、今後は1足買ったら1足手放すっていう。わかりました。ワインワードで。ありがとうございます。というので、お父さんもお母さんも減らして3袋今積み上がってて、で、今、ここがお母さんが残して、迷ってる靴たちですね。一応合計すると今、24足あって、で、こっちに入ってるものが、サンダルだったり、これが結婚式用、冬のブーツ、これ防水用だったり、ブーツがここと、あとパンプスとスニーカーっていう風に、こうやって見てみてどうですか？種類別、機能ごとに分けてるんですけど、今現状24です。で、これ全部戻すと、もうちょっとはみ出ますね。一応21までにすると、ちょうどスッキリもう床置きなしで収められるので、あと3減らせると、もう床に一切置かない生活が待ってますね。これ履いてんの見たことないよ、僕。その足元まで気にしてくれてないだけじゃん。見てますよ、僕は。始まった。しょっぱなから始まりましたね、これ。噛みついてってますよ。見たことないよ。でもそういう大事です。やっぱご家族の人から見て、近くにいるからこそ、それ履いてないの見たことない。見たことないですね。どっちを残しますか？減らさせる前提で迫ってますよ。自分のちょっと自分のうまいこと言ったから。うまくいきましたからね、これ。
あとこれが、玄関の上の方にあったやつであんま履いてないのと、もうこれは減らしちゃって大丈夫。あとは、まあ、サンダルとかどうですか？サンダルは結構夏場。サンダルしか履かないですあ絶対同じような頻度でわからんよ。まあそうですね。2つ買うくらいお気に入りのものだと思うんですけど。間違って全然違う時にこれいいって言って買って帰ったら家に帰ったら同じもんがそんなことある？僕はそれはないよ。そう、全く同じやつが、なんか僕的だから、お気に入りだからリピートで買ったんかなと思ったら、あるの忘れてたんですね。好きなデザインなんでしょうけど、はいやっぱりこれも、まあ、物が多いことによって、やっぱり、何があるか把握できてないってところですね。ほんまや。まあちょっと衝動で買ったところもあるでしょうから、はいはい。なので今後はそういうことがないように気はいをつけていただいて、じゃあこっちは手放しではい大丈夫ですね。ということで全部入れ込んだんですけども、じゃ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 ん、上もまだ余ってます。ちょっと位置はまた入れ替えていくんですけども、すごい全部入ってますよ。でも全部お父さんものも含めて、まだ上が余ってます。そしてここ、床置きがなくなりました。もうここにあるのは、もうお子さんの分と近所用のスリッパ用だけで、はい、もうそれ以外全部何もないです。おー。素晴らしい。じゃあもうこの2つ取っちゃいましょうか。はい、出してきます。お願いします。はい、という感じで、ありがとうございました。はめっちゃスッキリしてる。い。広がりましたよ、玄関。めっちゃ広いですね。めっちゃ広いですよ。大人2人が入れてますから。はい。今まで一人が精一杯だったんで。これ、特に玄関って、もう本当に毎日通る場所なんで、はい。ここが綺麗になると、本当テンション上がります。上がりますね。し、やっぱ、そして運気も上がりそうな気がしてきました。そう、家の入り口ですから。そして、そうですね、多分ワンちゃんのそういうリールとかもろもろあると思うので、ちなみに、多分、ガーデニング系とか、まあ、植物系とか、ペット用品も、もう少し上整理したらここに置けると思います。使わないもの、季節物のやつとかですね。いけそうですね。はい。なのでちょっと今からこう、もう少し整理します。めっちゃ広いやん。そうですよ。本来こんな広いんですよ。ねえ。でそうです。次、傘も行きます。物が多い人の、そうだ、物が多い子があってれば傘も多いです。めっちゃ多いですね、そしこれて。、傘が多い人は大体生活がだらしないです。当たりですやん。ちょっと傘も厳選しましょうって。はい。例えばビニール傘が玄関にいっぱいある人とかは、普段から天気予報チェックとか、そこら辺が管理がおろそかになるから、どんどん傘が増えていくっていう。じゃあ、もともと傘が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。まあ、2人暮らし、お子さんが2人いるとはいえ、過剰ですね。で、まあ、基本的にはまあ、長い傘と、まあ、折りたたみとかで、基本は2本あれば困らないはずですね。で、まあもちろん日傘とかはあるんですけど、今後もし数減らしていきたいってことであれば、もう日傘と雨傘兼用できるものを買うとか。ただ現時点でもおそらく雨傘と日傘みたいな形で、まあ、折りたたみ傘は半分には減らせるんじゃないかなっていうところ。その視点でもう一回見ましょうか。ちょっと折りたたみ系が多いなっていうのは。なるべくちっちゃいのがタッピンと器用で、うんうん、これとかだったらカバンに入れるにはちょっと、若干大きいみたいな。リュックの時とかになるし、まあ、僕からのアドバイスで言うと、まあ、ちょっとこう、用途ごとの使い分けが多い。雨傘は雨傘っていう同じ機能だけど、どこどこ持っていくよみたいな形の使い分けが多くて、僕だったら、それぞれのカバンに入れておくんじゃなくて、もう玄関に固定で置いておきます。普通の傘って、帰ってきたらそこに置きますよね。はい。それと一緒にします、こいつの中も。うん。しかも折りたたみ傘だけ使い終わったら、なんかそれぞれのカバンに入れちゃってると思うんですよね。それをここに置くっていうイメージ。にすると、場所ごとに持っていく、その使い分けする必要はなくなります。そうなんですね。じゃあ、雨だけのやつはいらないです。そう、なんで僕の目線からすると、そう、うん雨だけのやつはなくてもいいと思います。まあ、今度ぜひなんでちょっと試してみてください、うんぜひ。はい、という感じでお母さんの靴見直し終わりまして、減らしてくれたおかげで、ここ一段減らして高さ空いてますね。これでもう玄関に床置きしなくても大丈夫です。ね。全部収まります。これをキープお願いします。はい。すごい。あんだけあった靴が全部ちゃんとなくなって、大量のゴミ袋が出てます。靴は減らし終わったので、次、周辺。靴以外のもの行きましょう。ここはお父さんの植物があったり、スリッパが脱ぎ散らかっていたり、などなど。あと、ここもそうだし、まあ、ここもですね、特に問題なのは、まあ、まだこういう植物とか、絵が飾ってある分にはいいんですけど、まあ、ここに鍵だったり、キーケースだったり、ここにも鍵があったり、ここはマスクかな。やっぱちょっとごちゃごちゃ感はありますので、なのでちょっとここも含めて一旦見ましょう。画面越しでもわかるくらい埃がやっぱ溜まっちゃいますね、こういう風にいろいろ置くと。基本、渋さん何にもない方がいいんですかね。どう思いますこれなくしてみて今。絶対ない方がいいですよ。これ。そう思いました。はい。
って思ったら、手放し時だし、手放し時よりは、まあ、ここじゃなくてもいいと思います。配線がそうごちゃごちゃですもんね。配線がここやっぱどうしてもごちゃごちゃしちゃうし、はいこれ置かないと植物たちが維持できないんですよね。そうなんですよね。日当たりがね、ちょっと入ってこないんで、育成ライトで照らしてました。まあ、なので、まあ、置くとしても、そういう育成ライトなしでも置ける植物にしちゃうとか。いや、もう何にもない方が 200% いいですよね。と思ったら、もう置かない方がいいと思う。鍵どうですか？まあ、結構今全部出してってるんですけど。はい。わかんない鍵が無数にあります。鍵も。普通にありますね。はいし、実際このカゴの奥底にあるやつはもう、使ってない鍵ばっか使ってりですね。ないかし、はい。今みたいに使ってる、説明できたやつだけ残してもいいと思います。ですよね。あとマスクもよくここで使いますかね。はい。玄関にマスク置いてるのはすごくいいと思います。やっぱりまあ、結構マスク置き場とかで迷う人多いんですけど、まあ、玄関に出かけるときに基本ね、出ると思うので、まあ、例えばエコバッグとかも僕結構玄関に置くのをおすすめしてるんですけど、買い物行く際もね。そうですね、まさに。はい。まあ、あとはエコバッグはまあキッチンか、玄関どっちかでおすすめしてるんですけど、まあ、マスクは玄関に置いてるのいいと思います。その上で、まあ、このちょっとマスク入れの中がすごい結構ごちゃごちゃにいろんなマスクが、なんか数が多いものもあれば、あともう1個しかないとか、なんかこれ1個そのまま剥き出しでもう潰れて出てるし、みたいな状態なので、もうこれ全部袋取っちゃっていいと思います。取ってないマスクもあると思うので、減らしちゃいましょうか。という感じで、まあ、もろもろいろいろ整理した結果、こうなりましたね。いいですね。うん、やっぱ少ない方が、こっから玄関を見てるんで、やっぱ眺めが全然。違いますね。というので、よし、ここも綺麗になりましたね。はい。あともう、渋さん、もう一個質問なんですけど、はい渋さん的にはこのキャラクターの玄関あマットはどうでしょ玄関マット。まあもちろんない方がスッキリはしますね。こだわりないんだったら。ないですね。玄関マットなんですけど、これもう処分していいですか？やだ。なんで、はい、これは残したいそうですが。もうちょっと新しいのにした方がいいかなと。もうちょっとしてから。あんまり楽マンはやらへんの。なるほどね。あら、ごめん。あ、大丈夫ですか？あ直したいとこがせね。めて来年なんて。あ、なるほどね。ちょっと、いめいっ子がなくなった。ああ、そういう思い出があるんですね、はいこれ。別にめいっ子のもんじゃないんですけど、うんうん。めいっ子がリラックマ好き。ね思い出したみたいですね。そう、なんか、ももさんもさっきこれ捨て落ちた時に多分これ、聞いた方がいいんじゃないって言ったらそういった背景が。ね。まあ、これはどっちもやっぱり、まあ、どっちが悪いとかないと思うんですね。もちろんやっぱり、お父さん側もやっぱりこう、二人が住んでる家だから、もちろんお父さんが置きたくないっていうのも素直な感想だし、はい。お母さんが置きたいっていうのも、わかりますね。そう、まあ、もちろん衝突するところであると思うんですけど、まあ、ここはなんでもう少しちょっと話し合ってもらって、そうですねや。ってますね。はい。うん、まあでも現状これ、まあこれ置いてても、全然ここスッキリはしてるので、でもだいぶここいろいろいらないものが出ましたね。出ましたね。もうない思ってたんですけど。逆にスリッパが足りなくなってるんで、はい。なんか今後新しいものを綺麗なのを買ってもいいと思いますね。というので、もう一個一個ちゃんともう必要なものしか置いてない状態になったんで、素晴らしいです。どうですか？本当に必要なものがだけ置いてあるという状態。はい。またここも空気が変わったような気がします。し、もうシンプルに使いやすいです、多分今後。多分、出かける時とかに、それこそじゃあ、今まで鍵がどこに行ったとか、あと時間が何時だとか、はい。なんか何気ないことなんですよ。ここが散らかってることによって、またあたふたして余裕がなくなったりとか。そうですね。すごい、これは。うんありがとうございます。なので、もう本当に玄関も含め、1階が着実に綺麗になってきてるんですけど、あそこと、ですね。あそこ、お父さんのものが本当にあって、はいじゃあここ、ちょっとまたゴミ出しましょう。というので今、もういらなくなった紙箱は潰しながら、お父さんは今、こういう使わなくなった説明書。これ、いつの説明書のデザインがちょっと古いって感じするんですけど、マイホーム買った時のこのバスルームの説明書。そうです。使ってないですね。読まないですよね、これ。いらないですね。一回も読んだことない。どこ読んでないですね。というので、ちょっとまた、おのおの思い出のものとか趣味のものを、見てもらってます。これ、渋さん、やっぱ金額的に直すとすごいっすよ、これも。まあ、CD そうですね。1個1000円、アルバム3000円ぐらいします。ねえ。ようこんなん買ってたな。昔は買わな聞かれへんかったんやろ、でも。そうですね。まあ、だから、はい。開けたら割れた。パリパリ。そんなことあるこれなんと、開けたらファイルが分裂したらしいです、これ。そんなこと。うお、やばい、また、これだ、本当だ、割れてる。裂けました、これ。プラスチックがこれ、もう、腐敗してます。あと、奥さんにもありますね。ヘキサゴンとかいりますか？うおー、ヘキサゴンファミリーっていう響きが懐かしいんですけど、時代を感じますね。 AKB です。 AKB だったり、誰が推しだったんですか？いや、これは子供が好きやったんで。あー、そうなんですね。ももさんとかなんか、妹さん流行ってたから昔は。そうですね。めっちゃ流行ってたから、そのはい感じかも。そうやね。誰推しだったんですか？誰
やろ、ともちんとか、ああ、はい。大島優子。お世話になってまあ、神セブンとかを知ってる、なんか、僕は強いて言えばこれ春かな。これ春好きやん。これ春好きやったな。ああ、CD は全然燃えるゴミでいけます。いけます。ポリカーボネートって言って、まあ、燃えるプラスチックなので、一見金属っぽいんですけど、はい。燃えるゴミで出せるので、まあ、自治体にのっとって減らしてもらいたいんですけど、ただちなみに CD 残す場合は、例えばまあ、本当にファングッズとして残すか、サブスク配信されてないものだったら、まあ、まだ残す理由はわかるんですよね。そのうち、サブスク配信されてないものっていうのは、じゃあ、スマホで聞けないから撮っとこうっていうのはわかるんですけど、減らそうと思ったら今、スマホにつなげる CD プレイヤーが歌って、そうですね、それつないであげると、サブスクで配信されてないものもスマホに取り込めますね。なるほどですね。そうすると物理の CD は手放すようになります。安室奈美恵さんとかサブスク配信されてなかったりするから、まあ前の片瀬時とかはもう安室奈美恵さんの歴代の CD デジタルの全部デジタル化して、で物理のものは手放したみたいなことはあったりするんですけど、なるほど。まあ基本でももう本当にサブスク全部もういらないです。っていうものはもうどんどん手放します。わかりました。3時間終わったんで、休憩が入ってますが、コーヒーとなんかいろいろご人気用意のパン屋さんで買ってきました。いっぱい買い込んでありがとうございます。いただきます。まあ今のとこぶっちゃけ時間は余裕はあるっちゃある。問題はあとお父さんがどれだけ減らすかっていうとこ今日の課題はそれです。終わりが見えてきましたね。嬉しいです。と同時に寂しい気持ちもあります。シムさんとお別れの日が近づいてまいりました。まあ出会いがあれば別れもありますから。ずっと動画を見続けてエールを送っている。いやでもちょっとまた時間が経ったらリバウンドしてないかとか、もっと綺麗になってるんじゃないかっていうその経過観察には来ようと思ってるんで。嬉しい。嬉しい。めっちゃ嬉しい。なのでちょっと頑張ってください。頑張ります。結構なんか話してたらすごいもう親戚みんな仲いいっていうので、ももさんも今東京から大阪帰ってきて親戚の人がめっちゃ集まってきて遊ぼうやみたいなもう帰ってくるたびに親戚が来てくれるみたいなので、さっき玄関のリラックマのマートの話があったと思うんですけど、まあ、あれなんで泣くほどそんだけ思い入れがあったかっていうそれがですね、やっぱり、はい今年の9月なんですけども、まあ、姪っ子、僕の姪っ子が9月に亡くなりまして、で、その子がリラックマグッズ、すごい好きやったんで、まあ、うちもその影響で、そのリラックマグッズいっぱい置いてたんですけども、僕はもうこの際だから、まあ、汚くなったんで、捨てちゃおうかと思ってたんですけども、奥さんに相談しましたら、やっぱり思い入れがあるということで、この状態になりまして、はい、一応まだ置いとくということでございます。突然ね、泣いたら、ね、メンヘラかなと思うよね、皆さんね。そうなんでちょっとここらちゃんと説明してっていうそうなんです。だから本当にこう撮影の2ヶ月前ですよね。だからそうです。本当つい先日のような感じで。割と笑ってこんなんあったなとかって言って話する時もあるんですけど、なんかの時にブワーって特になっちゃうんで、すいません。ソファーのとこの汚いこれリラックマもうこれもってかって言ってたのもとりあえず今はそれしてないでみたいな。なのでそれこそキッチンとかにもねリラックマのこうマグカップとかいろいろあったと思うんですけど、まあ、あんだけこう残したのは、お父さんからするとそういうふうになんかもうこう年なんだからキャラクターもなみたいな話あったと思うんですけど、まあ、なんかまあもちろん好きっていうのもあるけど、それちょっと思い入れもあったっていうのはちょっと背景にありますね。いやだから本当にそうで、さっき自分のものを人には言えるけど自分のものを使わないっていうのはこういうことなんですよ。そういうことなんですよ。まあよくなんか傍から見てても全然いらなさそうなもの、まあそれこそガラクタに見えるものでも人から見るとそういう大事な思い出があったりするわけなので、まあ、僕だから言ってるのは人のものは勝手に捨てない方がいいよっていう、そう片付けしてると絶対怒るんですよこれ。ありますね。でその時もだからもうちょっと説明とかと思ったけど、もう先に気持ちがバーってなっちゃったんで何も言えず。そんなにね、亡くなってから期間経ってないんで、まだそう傷がね、まだ癒えてないんですね。まあ、なのでそういったものはまだ無理に、まあ思い出のものとかもそうなんですけど、まあ特にこういうのって一度捨てるとあれ仮に買い直しできないというか、同じものはね、リラックもの売ってるかもしれないけど、ね、あれ自体はあそこにしかないものだから、そう、まあだからこう、買い直しできないものとか、特に思い出のものは慎重に確保できてからで大丈夫なんで。ありがとうございます。チブさんってやっぱり優しいね。なんとワンちゃんも走り回れるくらい床が広がってめちゃくちゃ喜んでますよ。玄関も動けるようになってますよ。捨てるゴミ袋積んでもまだ行く余裕がありますね。ありまして、でここから引き続きですね再開していくんですけども、もうここはとにかくお父さん頑張ってもらい頑張りまつす。つ、で僕たち3階に上がります。女性陣と僕は3階に上がって、でこのちょっと新しい毛布をまあ、来客用の布団とかちょっと見直して綺麗なものと入れ替えたりっていうので、なのでお父さんは1階をひたすら黙々と孤独で戦っていただいて、で僕たちはちょっと3階上がっていきます。じゃあやっときます。頑張ってください。はい、次降りて
ってきた時はもうまだかな。頼みますよ。はい。っていうので今登っていって、まだ廊下とかもちょっとね、片付け終わってないんでここもやっていきます。というので、ここがまた3階ですね。姉妹の部屋であり、お父さんの寝床であり、そして今から見直していくのが、ここですね。じゃじゃん。ここ来客用。ちょうど今から来月、姉妹が帰ってきたりとか、来客があるので、来客用布団コーナーを見出していきます。全部出しちゃいましょう。ここはちなみに来客用はこう何組残しとけば OK とか。2組ですね。というのでもう早速出しながらいらないのがちょいちょい出てますね。メルちゃんも興奮してます。片付け頑張れって見守ってくれてます。はい、というので、もうだいぶぐっちゃぐちゃに放り込まれたタオルたち。みんなが合宿のように子供たちの泊まりに来た時に、はい枕代わりにはい。一回枕代わりにタオル敷くっていうのは掃除しやすいし、ね、使ったらすぐ洗濯できるし。あとそんなの枕の数が足りるぐらいの人数じゃなく、すごい結構な人数泊まりに来てたよね。昔。その時の名残のもの。そうですね。でももうそんないっぱいは来ないと思うんで。そうですね。もう来ない全然昔のやつだもん。なんでもこことったら多分全部手放しても問題なさそうな気がします。ということで全部出しまして、そしてここのタオルももうこっちのやつはいらないっていうので、という感じでこっから先はですね、2組残したいっていうことなので、できるだけ軽いやつとか残したいやつだけちょっとどんどんまた戻していきます。なんで基本的にここはもう思い出のものとかタオルが入ってない状態、あくまで寝具だけ入ってるっていう状態を目指します。これが意外と重くってびっくりしました。ドンキーはどうしてもホコリ溜まりますから、だからこそぎゅうぎゅう詰めにしちゃダメなんですよね。もうダニが溜まっちゃうんで。はい、というので今、シングルの来客用の布団をあそこに2セット固めまして、こっちが全部いらないやつ結構出ましたね。来客用だったら本来こんだけで済みますからね。そして上も今お母さんが掃除してくれてます。ここちょっと見てもいいですか？ベッド下収納があったんで、おー、ありましたね。これは姉妹、妹さんの方かな。紙袋。大量の紙袋がありましたね。すいません、親のまさしくなんか背中を見て育っちゃいましたね。なるほど、妹さんね。でも全く同じのこれね、ありましたね。おお、確かに。そのちょっと母の背中を見て育っちゃいましたねってこう申し訳なさそうに、反省がありましたけど、でも本当に実は捨てられないって結構僕親御さん家庭環境の影響大きいと思います。ほとんどそうですね。お部屋のお子さん、大体実家もお部屋みたいなことが大きくて、やっぱりちっちゃい頃からずっとそれが当たり前で生きてたりするから、もちろん捨てられない性格とか、もちろん性格の部分もあるにはあるんですけど、それ以上に小さい頃から綺麗なお家で育った家庭ってやっぱり整理整頓が当たり前だったりするし、そこは多少あるとは思いますが、お姉さんの方はこんだけね、もうすっきりされてるんで、でもこっからまだ綺麗にしとけば全然妹さんまだお若いですし、全然取り返せます。っていう風に意外とベッド下は物が眠ってたりするので、これはもうゴミやな、全部。懐かしのシャボン玉などなど。カメラこれ。すげえこれ。一眼レフ出てきたと思ったら、これなんかシャボン玉がこっから出てくるよっていう。すごいこれ。このパソコンも妹さんですか？いや、これは古いそう家のやつで、昔の私と妹のバスケの試合のビデオでたまに見たいみたいなやつがこれで見れるからなるほど。古いパソコンがあるんですけど、パソコンとして使ってるって言われたらもう DVD プレイヤー的に。今のパソコンってもう DVD プレイヤー入ってないから、MacBook とかそうですけど。っていうので、結構こういう風に使ってないけど再生するようで撮ってるご家庭は多いんですけど、コンパクトにするっていう意味でおすすめは、なんか外付けの DVD プレイヤーみたいなのが、もう2000円くらいで売ってます。すっごい薄いのが。これ手放してそれ買うとかすれば一応もうちょっとスリムにはなるし、っていうのは一応あります。って感じでここが空いたので、このダブルサイズのベッドのシーツを置いていきます。ここに置いた方が、季節取り替える時ももうパッと取り出して、生活の動線的にも無駄がないですよね。って感じで、もう本当になので、来客用のシングルの布団2セット、春夏秋冬全部。で、ここで使うシングルのやつは下に入ったので、ここだから何も置かなくていいです、ここ。でも基本は本当にこの状態が理想です。上も置かない方がいいですね。一旦これを下に持っていって、ゴミ袋包みますか。そして、お父さんがちゃんと減らせてるのか、チェックしに行きましょう。それで、頑張って運び出します。よっこいしょ。ということで、お父さん、入れますか4割方。確かに。これちょっと見ていただきたいんですけども。はい、カメラ回してない間、なんか結構はい空いてる気がするし、そうですね。そっちも。そしてゴミ袋も。そうですね。一袋。ゴミ袋も出てますし、もうちょっとですね。そうですね。もうちょっとですね。もうほんと1時間くらいしかまだやってないんで、はい。僕たちも頑張って、ありがとうございます。こんなにこんなに出ました。うわ大量の布団。ありがとうございます。お父さんの寝室収
周辺ですからゆっくり寝れますよ。ありがとうございます。もうできたら渋さんと一緒にね、一泊ぐらい泊まっていただければいいかなと思うんですけど、お忙しいんで。はい、次回はゆっくり行きます。お願いします。どんなんや見に行こう。お、すごい。これが必要なの。必要な分。すごい。ゆっくり寝れますね。はい。今からちょっとこっちもやっていくんですけど、はい、では私は下に。頑張れ。はい、ありがとうございます。頼むよ。じゃあ僕たちあともう一息ですね。で、ここは基本的にもう妹さんのものが多いので、ちょっと勝手には触らないんですけれども、もう少しちょっと帰ってきた時に整理しやすいように、整えてあげたりとか、あっちですね。特に見たいのが、ここの衣装ケースが、空なんで、ちゃんと中身減らしてくれてるのはありがたいんですけど、もう衣装ケースも使わないかな。ですね。ここも出します。はい。過ぎないようにって。ということで、空にしました。もうこれは単純にゴミ出しするだけですね。という感じで、ここを捨てれるやつは捨てて、お母さんが、うおーだいぶ拭いてくれましたが。ということで、あそこが空になったので、せっかくスペース空いたから、もう少し、この奥の方とか結構、妹さんの服は特に奥の方とか何が何やらっていう感じなんで、ここにちょっとどんどん収めといてあげようかなと。妹さんは基本的に前と最初一緒にズームもやってるんでお話はしてるんですけど、年末年始、帰ってきたら、片付けたいっていうので、片付けやすいようにちょっと動線整えておいてあげようかなっていうので、結構片付けに悩んでる人が、パートナーが減らしてくれないみたいな話ってよくあったりするんですけど、そういう人ほど人に言う前に自分がやってないみたいな人多くて、でも僕たち結構ね、ほぼほぼ終わってる状態。ここまでやるともう本当にあと妹さんのものだけだよねっていう、ここまで分かりやすく仕分けておいてあげたら、自然と妹さんももともと片付けたいって話はしてるんですけど、あんまり片付けに協力的じゃない人もこういう風に自分たちとも徹底的に減らし終えてからこういう風に整理してあげると、やっぱ自然と手を動かしてくれますね。そしてここが空きまして、このマットレスはもういらない。もういいです。ちなみにここ何用に作られたとか覚えてます？これね、鳩窓って言って、はい。本当に飾りだと思います、外からの。外からの窓を作るためにこの空間を、ここだけビヨーンと部屋が伸びたがちょっと気になったんですけど。そう使うのが正解かよくわからない。わからない空間。ジブさんだったらギリここで住めそう。生きれそうな。ここで布団敷いて寝れるもんね。ギリ生きれそうな。コメント欄で建築に詳しい人いたら教えてください。これどういう理由でこれができたのか。ということで、なんとここを片付けてたらこんだけいっぱい不要品が出まして、まさか3階からこんな不要品が出るとは僕も思いもしなかったんですけども、これ全部手放すものです。意外とモーさんのものもありましたね。そうですね。ちょいっていうのもあって意外と減らせました。これ減らした結果どうなったかっていうと、なんとこっちが両方とも空きました。で、そっちですね、妹さんの分全部ここに入りました。なんかここにもあそこにもあっちにもここにもっていうのですごい点在してたんですけど、もうあと妹さんが年末年始帰ってきて片付けるだけなので、ここさえ見れば全部妹さんのものがあるっていう状態だから楽だと思います。もうここからいるいらない選ぶだけなんで。すごい。ありがたい。これは本当にすごい。妹さんなんか見た感じ多分もういらないもの多そうな感じはするんで、すぐ減らせると思いますが、もう全部ここに収まってます。という感じで女性陣2人がここかなり頑張ってくれたんで手放します。はい。うわ、え、これすごいよな。こんななる？黒すぎますよ、これ。そっちは来客用の布団、あとこっちは妹さんのもの全部。すごい。全部この中に入った。ここ5日間で一番頭使いました。ありがとうございます。うおー、広っ。すごい。全部なくなっちゃったんですね、ここの書籍と。全部なくしてここにまとめました。すごい、ありがとうございます。妹さんのもの全部ここに入ってるんですけど、仕分けてまたもしここに飾りたいとかあったら全然戻してもらっていいし、こっちがまたゴミ置き場になってます。ここだけゴミ出しを頑張ってます。はい。ということで、3回は終わって残すはあと今日1回。僕たちが片付けてる間、下でね、お父様が頑張ってたみたいなので。うわ、どんなんなってんのや。一応調査さん的には気になってると思うんで、6割ぐらいは、いやいや5割ぐらいは半分にはなってると。半分にはなってます。自信を持ってぜひご覧ください。僕たち神頼みするしかない。もうほんおまに。願いします。僕もお願いします。片付いてへんやないかいっていうコメントもよろしくお願いします。下に降りましょう。お願いします。じゃあ、なんでそんなの言うの？なんで？誰もノーコメントなんで？これ見て。はい、なんこかれ見て。なんかそれっぽいソファーは。僕一応なりましたよね。なんかスピーカー置いたりして。チムさんのご
ご提案で教えていただきまあ実は僕がここに置いてつけたらいいんじゃないっていうので、テレビと観葉植物、ちょっとこれつけてみましょうか。こんな感じになってます。そう。はい。まだ苦笑いぐらい。まあ頑張ったね、ぐらいな。あとは、こちらはあれよ、ご家族の方が。でもそっ。か。ペットシーツとか。ここね。ここは見ていただく感じもうね。パパのじゃないってこと？そうです。こっちにあもう収めました。まとまって、ほんで、撮影が終わってから処分できるので、ちょっと片付けができる。おーこれだけ。こんだけです。じゃあ頑張ったんじゃない？それはすごい。すごい。はい。じゃあ確かにだいぶ頑張ってる。はい。ありがとうございます。まだまだ納得はいってないんですけども、はい。うんうん。あの荷物がなくなれば奥にできますので。はい、ということで、いや素晴らしい。本来そういう風に使えるはずなんですよ。そうなんですよ。僕はこれが理想やったんです。よし。お疲れ様でした。お疲れ様ですありがとうございます。すごい家族みんな頑張りましたね。ということで、ゴミ出しをして、で、ついに明日が最終日。早かったですね。3日間あっという間。結構あっという間やってましたよね。っていうので、最後言いますと、思い出系のものをこの箱に入れてもらって、最後の整理やってます。いや、すごい、今日一日でだいぶまた綺麗になったし、ついに今ができましたね。もう床も開きまして、すごい、お父さんのがもうちょっと、ありますけど、だいぶ、ここに収まってるんだったら、もうちょっと減らしてもらいながら。そうですね。そしてあとこれはもうゴミ出しするやつです。ちょっともう、ガレージにも入んないから、ここに置いてますし、あとここですね、ちょっともう少し明日以降、家族のものもあるので、あと一日、もう少し頑張ったら、綺麗になりそうですね、なんて言うんですか、べったくに来てるみたいな感じで、落ち着かないですね。よし、ということで、1回も3回もほぼ片付け終わって、あとね、2回がもうちょっと割とごちゃついててまだ、残りの1時間と明日は、このリビング2階をもう一周したいんですけど、レイアウト結構変えていこうと思ってるんですけど、気になってるのがこのお仏壇。今カウンターテーブルの上に置いてあるんですけど、これ今でこそ片付けたからいいんですけど、ここもともとなんか書類置いてましたよね。めちゃめちゃありました。俺、お仏壇を収納代わりにしてて初め、こんな罰当たりな使い方ねえなと思って。お父ちゃんごめんね。お父ちゃんの家もなんか階段下にぶち込まれてあって。バチ当たりますね、ほんまに。そう、でもさっき何気なくね、なんかちょっとちゃんとおすすめしたりとか。そうですね。もうこれを機に、もう水とかご飯もね、一緒に僕らが食べるときに備えて食べてもらいたいなと思いますし。で、それができてなかった理由って、シンプルに散らかってたから、それがやる余裕なかったっていうのだと思うんですけど、ここってリビングだから、もう生活の一部になりすぎてて、なんかこう溶け込んじゃってますよね。もうインテリアになってしまってます。そう。それが良くなくて、だからさっき言った和室に置くとか、っていうふうに僕専用のスペース作った方が、お父ちゃんも喜ぶと思いますし、ちょっと1階に置くのどうかなっていうのが僕からのご提案です。いいですね。ということで、そうですね、一応なんかもうご家族みんないいんじゃないかっていうので、なんで早速これを1階に持っていきます。わかりました。はい。お父ちゃんから移動するよ。はい。もうここにあっても書類入れになっちゃいますから。そうですね。いややばい。やばいですね。お仏壇を運ぶ日が来るなんて思いもしませんでした。ね。どこに置くかって話なんですけど、そこ、ピアノのところに、もうこのスペースが実はもう、これ、もうゴミ出しするんで、ピアノも、もう業者さんが来るので、なくなる。で、ここがもうガラーンと開くんで、もうここにお仏壇スペース作っていいんじゃないですか。そうですね。とりあえずはここに置かせていただきまして、はい。お仏壇専用の台を購入したいと思います。そうですね。はいなんでイメージはそこにお仏壇と、今お父様の家がありますけども。これいいですね、ここ。そう、ここ、意外ともうめっちゃ減らしたから、は何にでもできますよ、ここ。い。なんか、喜んでますよ、多分。そう。ね、だって、わざわざ専用のスペース作ってるわけだから、お父さんも絶対そっちの方がね、なんでここゴミ出し終わったとか楽しいんですけども。はいっていう風に、じゃあどんどん2階も改造していきます。おー、良くなっていく。渋さん、ゴミ袋3袋目がなくなりそうです。マジっすか？はい。じゃあもう150袋ぐらい。うわ、行く感じですね。いきますね、多分はい。やばいです。そのまんまやりたいのが、ダイニングテーブルの移動ですね。これ、そのまんま壁にくっつけようかなと思って。いろいろ配置考えたんですけど、この配置の問題点って、まずこっちに座ってるとテレビ見えないんですよね。あとやっぱ入ってきた瞬間、やっぱちょっと通りづらさはあるなっていうのは、もともと思ってて、圧迫感もちょっと入った瞬間感じたんで、僕はこれを、こっちを、ここをそっちにピタッと寄せようかなと。横にするわけですか？そうです、横にします。ここが開いたから。開いたから、そう。ほんでこう2人こう座って2人こう座る感じですか？やってみましょうか。はい、その分そこが開いたんで、はいいけると思います。ゴミ袋壁際の大掃除が始まりました。僕こっちで。はい。広。長年、十数年ここにあったと思うんで、
だいぶ違うと思うんですけど、確かにでもこの通路はすごくそう通りやすいワンちゃんとかもそうだし、やっぱこっち来た時の開放感も全然違うんだよね。違いますね。はい。全然違いますよね。すげえ。はい発想がすごい渋さんの。ほんまに広い。広いっすよね。こっから見たらはい、全然違うんですよね。全然違うっすねこれ。というので台をあそこに置いたので、モンステラちゃんこちらに置かさせていただきます。お引っ越し。やっぱなんかテレビ周辺に緑があるだけで違いますね。違う。また違う部屋に来たみたいなもんやねこれ。よし、方向性は固まってきたな、こっちは。あとは触れたものを最後一日片付けて。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、6日目です。おはようございます。おはようございます。おー、後ろが綺麗。もう玄関の位置すら綺麗ですよね。そうだ、玄関が今日めっちゃ綺麗になってますよ。お母様もおはようございます。おはようございます。もう終わりでよくねっていうくらい。まあ割と今日6日目来てるんですけど、だいぶ余裕はあります、正直言うと。ただ今日6日目、まだちょっと2階の部分とかまだちょっと終わってないところがあるので、最後の詰めをやります。お願いします。いや、文字綺麗。ということで、そのまま2階に行きまして、いや、広いっすね。全然違うわ。ということで、今ね、もう僕が来る前にもめちゃくちゃ、片付け頑張ってる形跡があって、ね、ここ、思い出の DVD とか、もろもろ見てますし、ちなみに昨日なんかいとこの方来てて、ここで何人いらっしゃったんですか？全部で8人です。全部で8人来て、リアクションどうでした？玄関もちろん入ってきてくれて、みたいな。一番1日目やったかな、来てくれてたんです。ゴミがいっぱいになってる。はい。でそれでも普段とそんなに「うわゴミすごっ!」じゃなくて「なんかやってんねや」ぐらいだったんです。であまりにも綺麗くなってて「いやーうわーすごいやー」って一回ってこんな感じやったんやみたいな感じになってました。すごい。特にここめちゃくちゃ広くなってたから使いやすかったんじゃないですか？この通りがもうこんな感じで行けますんで。もう8人来たからなおさらここ広い方が。ですよね。そして最後の仕上げちょっと整えていってるんですけど、今ですね、こっち、テレビのレコーダーとかもちょっと今ここ、2つあるので、これちょっと片方減らそう。使ってないやつがあったりとか、聞くところによると、ちょっとこの後、もうテレビ手放す。そうなんですよ。1階の方ですね。ここではなく、1階にある方のテレビちょっと手放す。一応つもりでいてるんですけども、今日実は業者さんに、お願いしまして、そのついでに可能であれば、もうテレビも結局はもうリビングが主なので、結局は下で僕一人でポツンとこう見ることはないかなと思いまして。ちょっとソファーも業者さんですね、ちょっとあれさすがに僕たちで運べないから、はい、専門の方呼んで、でっかいやつも。可能であれば。ソファーね、これマジで、だけなんですめちゃくちゃでかくて、はい、で、結構部屋の広さに対してちょっと大きいし、はい、物置になっちゃったりとか、よくここで寝落ちしちゃって良くないっていう。なので、まだ1階にあるソファーとか、2階にもソファーあるから、ちょっと一時的にそういうちっこいソファーにも入れ替えようと思ってます。で、そしたらもうちょっとワンちゃんたちが広々と使える空間もできるし。ただもう2人なんで、僕たち。もうなんか概念がちょっと変わってきまして、もう大きい場所取るのはもう害悪にしか見えへんようになってきまして。マジで。昔はもう大きくて見栄えのええもんがあればもう満たされるんかなと思ってたんですけども、もう渋さんに来ていただいて概念がコロッと変わりました。そうですね、それこそ玄関も何もない方が綺麗とか、いくら大きい豪華なものを置いても、それで管理しきれなくなって散らかったりとか、部屋が狭くなって窮屈に感じるくらいだったら、やっぱり、身の丈というか、ちゃんと広さに合ったものを買った方が、逆に綺麗に収まりますよね。そう、高級感出るし。はい。なので、ちょっとこれも、もう専門の業者さん呼んで、もう外から、もう大掛かりな作業ですけど。この際に、前日まであったこの、すごい、なんかここも整理された形跡が、これ僕がやってほしいんですけど、そう、もともと、今日僕がやるつもりでここにカラーボックス置いたんですけど、もうやられてますね、ご自身で。一応ね、これを機にもう一回りコンパクトなペットゲージを実は購入しまして、早い。もうこの際だからもう不用品で引き取っていただこうかなと思ってます。ワンちゃんも結構ね、もう2人とも小型犬なんで。そうなんですよ。というので、ちゃんともう、お家の広さに合った家具にちょっと、ダウンサイジングというか、サイズも見直して。今まで何でも大きいのが豪華や思ってたんですよ。それがもう渋さんと出会って、もう大きいもう何しかかさばるもん、そして物の数がもう害悪と感じるようになりました。いや、ほんともう、害悪な生活続きた結果ね、今まで結果ですわ。なってましたけど、素晴らしい。ちょっと引き続きこのまま片付け進めていきます。というので、お父さんは引き続き、片付けをしてて、この引き出しの中身をどんどんまた空にきれいにしてもらっ
ってて、であとはここの今ケーブル配線とか今僕が整えてる最中です。ということで3時間くらい片付けまして、すごいスッキリ広。そして結構だいぶここもですね、もう物の定位置、住所決まってきて、もうこの周辺が書類と、掃除道具だったり文房具すぐ使うもの。いやー、ここら辺開けても綺麗ですよ。すごい。なんかちゃんと収まってますね。ここがハンコだったり、T 札券などなど、パスケース周辺、書類系と、こっちはもう電池と、救急箱と、たまに使う封筒。こっちは通帳とか、もう本当にちゃんと物別に整理できるようになって、そしてそのまんま、もうカウンター、キッチン、テーブルの上がすごいスッキリ素晴らしい。本来、こんだけ綺麗に片付いてたら、ご飯食べた後とかに、お皿、ここにポンと置けば洗うのも楽なんですよね。多分今までごちゃごちゃに置いてあったから、こう食べてあっち行ってっていうのが大変だったと思うんですけど。最初どうでした？引っ越した時って。ここでご飯食べてました。おお。高めの椅子置いて。バーカウンターみたいな感じで。そう。そんな時期もあったんですね。はい。ラブラブなね。ラブラブな時期もあったのに気づけばここは物だらけになり、食事は愚かっていう。ほんまそうですわ。しかもここ最初そうだ、お仏壇があったから、ここに家族の大事な写真とお父さんの好きな植物置けるスペースになって、すげー綺麗。最高ですね。というので、もう物の定位置も決まってきたので、はい今後ちゃんと使った後元に戻すっていうことをやれば、ここも何も物を置かなくていいので、ありがとうございます。もう常にこの状態キープできると思います。あともう一つ素晴らしい点はこちらのモンステラですね。お気に入りの空間になりましたね。はいここも綺麗に拭き掃除したり、はい片付けて、そして周辺が実はモバイルバッテリーが置いてあるんですけど、周辺に充電コーナー作ったりして、そして何よりすごいのが後ろから見ても綺麗っていう素晴らしい、そうですねケーブル配線とかもすごいまとめましたんで綺麗にまとまって、後ろから見ても綺麗なんですけども、ラストですね。こっちが大変なことに、そうなんですよ。実はね、廊下が全然やってなくて。なんで、廊下と改めてこの周辺、洗面台まで含めて、ここはね、減らした分のゴミとか溜まってますけど、ここ、片付けていきましょう。でも、ここは、タオルはタオルとか、書類はあそことか、もう家中住所決まってるんで、あとはどんどん減らしつつ、必要なものは戻すっていうだけで作れると思います。こう、無限に出てくるタオル。この床半分ぐらいタオルでしたね。で、裏が、洗面所、お風呂場も近いからですね。で、今、あれ全部タオルです。なんで、この後ちょっと、いるやついらないやつ分類して、必要なものはあっちに入れ込んでいきます。もう、じゃあこのタイミングで、このツリーぶっ壊します。もう、どう頑張ってもおしゃれにならない、この吊るすツリー。これ全部取っちゃいます。マジでこれ最悪の収納アイテムなんですよ。ですよね。はいまだ衣装ケースとかの方が、いいですよね。倒れてくるんですよ。そう、倒れてくるし、どんどん吊るすし、そして本来ならこちらからも通路になってるんですけど、開かずの扉になってしまってるんで。なので、カバンは、もうクローゼットか玄関のところどっちかに固めます。もうこれも手放します。これは皆さん買わないようにしてくださいね。マジで買わない方がいい。と、あと階段に書類が溜まってるんですけども、わかりますね、置く場所も。今まで家中片付けて物の定位置決まってきたので、大丈夫。というので今、物別にどんどん整理して残ったカバンと、こっちはタオルと、そして今細々したもの、最後ラストスパート頑張ってください。3階から粗大ゴミ出してます。さようならテレビ。今業者さんが来てるので、エレクトーン電子ピアノもなくなりまして、次テレビもすごい量だ。そして親戚の方がもうこのタオル欲しいとのことでもう来てもらってます。ありがとうございます。よし、ということでゴミ出しが終わりまして、広ここ開きましたね。来ました。もう自分たちでこれ運搬できないちょっとエレクトーンとかもろもろちょっと業者さんにお願いして、すげえ素晴らしい。なんもね声が響いてますもんね。響く。ようやくゴミ出しもできて、でなんかエレクトーン出す時にもなんかテレビもまとめて引き取ってくれるっていうので、あそこもなくなりましたが、はいすごい空です。結局渋さんはいリビングでテレビ見ますので、もう1階で僕一人でポツンと見ることはないと思います。一度も起動することなく終わりましたそれっぽい空間できたけど、一応憧れてたんでやってみたんですけども、一人でここでこう座ってこうテレビ見ることはまずないなと思いましてね。上にワンちゃん見ますからね。はいで、そのままこっちっすね。で、こっちは、家族共用のキャンプアイテムとか、
あとお母さんの卓球関連のものも一部ここに置いてもいいかなと思います。こっちはお父さん、こっちはお母さんっていう風にそれぞれ私物管理していただいて、するとこの空間も生きてきますね。すごいですね、これ。じゃあ完璧に最後ここ仕上げていきましょうか。はい。大量に、入り口に大量にあった、これ入浴剤ならぬ入浴水。これがちょっと大量に溜まってるんで。定期購入で買いすぎて使い切れてない分、これも毎日使ってください。はい。いくらぐらいですかね。これ、定期購入で7800円ぐらいですか？毎月。は結構する。い。します。めっちゃ高い。高額サブスクですよ。お金の使い方がちょっといびつなところがややある気がしますが。実はこれ、姉が買ってくれてるんで、YouTube 見てるから嘘つかれへんから、これは。お姉ちゃんありがとうね、いつも。お姉ちゃん7800円もの仕送りじゃないけど。はい。体のことを思ってくれて。なるほど。じゃあこれはなんかもらい物に近いって感じなのか。そうですね。じゃあちょっとこれ、そうですね、一度にもらいすぎというか、これ本来で言うと、定期便なんで、もう把握してたらもうちょっと早めに閉めれたかもねっていう。そうやな。そうです。なんで、使うのはいいんですけど、溜まりすぎだから、基本的には定期便おすすめしなくて、なんでも、もう単品購入が一番いいです。確かに定期便したら、なんか10% オフとかあるんですけど、結局それによって使い切れずにどんどん溜まるくらいだったら、ちゃんと使い切ったタイミングで単品で買った方がいいですね。いいです。消費される方はいいんですけども。しょうさん、1個持って帰ります？いや、大丈夫です。重いな、めっちゃ重いな。ということで、本日も夜8時、みっちり片付けました。はい、ということで、6日目ラスト、終了しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、6日間、みっちり毎日8時間、片付けまして、すごいですよ。もう1階から3階まで全部綺麗になりましたということで、物を減らしてどうなったのか、ルームツアーをさせていただきたいと思います。まずは2階からリビング。じゃじゃん、もう入った瞬間から広い素晴らしい床が広がって、もうテーブルの上も何も置かなくても生活できるように、もう必要なものも全部ここに収まっておりまして、ここにですね、紙が置いてあるんですけど、ももさんとお母さんが頑張ってゴミ処理場に、車で荷物詰めてっていうのを繰り返した努力の結晶、これ100キロ積んでます。はい。そしてテーブルにも変えられるくらい物を減らしまして、ちゃんと目線の先にはテレビとお父さんの大好き観葉植物。もともとテーブルがこう逆向きにあって、で、こっち側、僕側の人たちが、テレビ見れない状態だったんですけど、でもなんか絶妙にここになんかテーブルが被っちゃってて、ここに触れないっていう。通れなかったんですか？今思ったら不自然な感じが。はい。そうですよね。っていうので、だからここも最大限空間使えてなくてっていう感じだったんですけど、もうここに寄せて、すごい床も広がったし、全員テレビ見れますし。そしてテレビもですね、じゃじゃん、裏から見てもすごく綺麗。もう加湿器とお父さんの大好き植物、そしてケーブル配線も綺麗に束ねてあって、すごく綺麗。すごい。ありがとうございます。そしてメルルもここ広々と動けますね。歩いてみる？はい。どうぞ。反応に困るやつ。いいですね。で、奥の方がこんな風に、はい、じゃじゃん。こっち、もともと観葉植物があったりとか、ここもともとあれか。何があったか覚えてますみんな。カラーボックス。そう、カラーボックスと観葉植物があったけど、テーブル置けるくらい好きにして、で、あとあっちには、お父さんのブルブルがありましたね。ありましたね。なので、ここら辺がなくなったおかげで、ダイニングテーブルと、そう、空間が、こんな感じで。おー、すごい。めっちゃ綺麗になってますよ。はい。素晴らしい。あと、ここがですね、ちょっとまだ終わってないところが一部あるんですけども、家中にあるベッド用品のフードとかシーツも全部ここに置いてて、ここはですね、僕もう一回、1ヶ月後に来ます。で、妹さんがちゃんと減らしてるか、年末年始減らしてるかとか、あとお父さんが下の用品減らしてるかとか、あとこの部屋で1ヶ月生活してみてっていう心境の変化とか聞きたいので、もう一回最後、片付けというよりは、ちょっとリバウンドしてないかとかですね、経過観察をしに来るんですけど、その1ヶ月後までにですね、このソファー手放します。で、このソファーを手放して、ちっちゃいやつに、1階とか下に、ちっちゃいソファーがあるんで、それとちょっと交換すると、ここね、結構、もともとソファーはちょっともう大きすぎるよねっていう。ですよね。話があってもう2人になってしまったんで、3人掛けはもう不必要ですね。お母さんもいつもここで寝落ちしてしまって、聞いてるうちなんか年間のうち200日ぐらいこう寝てるみたいな話。250は言ってるかもしれない。そんなですか？やっぱちゃんとしっかり睡眠とってもらうためにも、このソファー本当にゴロ寝の原因になっちゃうし、もう本当に冬場の時とか風邪ひいちゃったりとか、本当に良くないので、
2人掛けのちょっとギリギリ寝れないぐらいのものに変えて、空いたスペースにこれを詰め込んで、ケージもこの後ちょっとちっちゃいのも注そうですね。文中なので、一回り小さいの買いました。なので次回僕が1ヶ月後来た時にはもうここはまた綺麗に生まれ変わってる。そしてね、そのままカウンターのテーブル見ますけども、すごいここもう何も置かなくてもすっきり綺麗ということで、いやー、ここすごかったですもんね。いっぱい物ありましたけども、ここになったお仏壇もなくなりまして、家族の素敵な写真と観葉植物置けるようになりましたね。で、ここもぐるっと通り抜けできるようになって素晴らしい。広くなりました。広くなりましたね。もともとなんか棚ありましたもんね。ストッカーです、ね。ストッカーが、特にカバナのでっかいスピーカそうーが。スピーカーもあって、なんかここが全然くぐり抜けられないっていう感じだったんですけど、もう余裕持って入れますし、ユースケファンの代名詞、ひまわりがちゃんと置けて映えるようになりましたし、もう上にごちゃごちゃ食材置かなくてもですね、全部ここに収まってます。ここに全部食料あるので、ちゃんと賞味期限とか腐らせることなく、残量も把握できますし、二人がこうやって眺められてるのがね、ギャラリーです。ギャラリー。今までこれできなかったですから。だから今後はそこで、ご飯食べたら食器をそこにポンポン置いてもらえたら、お母さんがここで洗うっていうような、家事もすごい役になると思います。そして、この周辺もですね、すっきり。一時置きができて嬉しいです。そうですね。もうほんと、ここも料理しながらね、ちょっと一時的に置きたいシーンあると思うんですけど、いけます。いやー、綺麗だな。そして上の方もスカスカ、ちゃんと関西の家には一回一台置いてあるらしい、たこ焼きなども全部、季節物も置けて、上スカスカです。そして下にもですね、ちゃんと使う洗剤とか置けるようになって、最初はここら辺とかももうぐっちゃぐっちゃに多分置いてあったと思うんですけど、ちゃんと料理しやすく必要な分だけかけてあります。そしてカウンターテーブルの下もこんな風に、もう使う書類は全部ここ、掃除道具はここ、といった風に、もうちゃんと物別に、ここは書類系、定期券、ハンコなど、で、こっちはお母さん、こっちはお父さんのっていう風に、ここもだいぶスカスカになりました。そして、ここが廊下なんですけども、ぐちゃぐちゃにリュック置いてあったここも綺麗になくなりまして、でですね、この後寝室行くんですけども、なんとですね、ご家族そっちにいらっしゃいますが、ここね、本来ドアあったんですよ。そうです。通過できるんです、ここ。何十年かぶりに開通しました。開通しましたね。じゃ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 ん。こっちが寝室でございます。そして、ここ、すごい、ここに全部入りました。最初の景色覚えてないな、もうなんか、確か、お父さんもお母さんのもぐっちゃぐちゃに入ってて、で、今はもうね、こっちがお母さん。で、左側がお父さんっていうので、ちゃんとファミリークローゼット、それぞれで分かれてますけども、すべて吊るせるようになってます。そして季節物の毛布なんかも全部上に置いておりまして、お母さんのパジャマだったり、卓球ウェアも全部下にちゃんと収まって、あっちはあと、これ宿題なんですけど、また僕が1ヶ月後来る時までに思い出のものですね、アルバムなど、これまた多分次回来てる時には減ってると思いますが、最初、もうこの床にもいっぱい置いてあったんですけども、もう全部ここに収まるようになって、いや、めっちゃ綺麗になったな。最高っすね。大好きな迷彩と青も際立ちますね。今までやったらクリアケースに入れてたんですけども、雑多に入れてましたので、どこに何があるか把握できてなかったんで。だってここもう半分なんか最初一応先生積み上がってましたもんね。そうです。そうだ。なんかもうね、物減らしてると、なんか物多かった時代がもうなんかだいぶ遠い過去に感じる。だって1週間前までね、あんだけ積み上がってましたから。厳選してね。厳選して、素晴らしい。っていうので、そのまま上に行きましょう。ということで、じゃ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 ん。おー。すごい。綺麗です。はい。もう何もありません。そして、ここはもう、ももさんの、もうこの後、撮影が終わったらね、東京に戻るので、1週間分の旅の荷物っていうので、ここもうだから実質何もないですね。そうですね。ここもともとビフォー画像を貼るんですけど、いっぱいカラーボックスとかがあった場所ですね。しかしもう何もありません。で、ここお父さんが普段寝てる寝室。昔は姉妹が使ってた子供部屋ですけども、ここももうお父さんもすっきり寝れますね。今日からもうぐっすりと、安眠できます。ここにはお父さんが好きな観葉植物はい。と、あと使うティッシュとかも最低限置いてあるだけ。そしてじゃあ、そのまんまお父さんそっちオープンしましょうか。はい。じゃじゃーん。じゃじゃん。おー。すごい。何もない。もう来客用の布団がそうですね2組シングルサイズ。こちら、じゃじゃん。なんとここに全て妹さんのものが収まったので、もうこの状態だったら妹さんもう片付け簡単ですよね。今まではここだったり、そっちだったり、いろんなところにごっちゃごちゃに物があったと思うんですけど、もう全て服ここにかかってるので、もう妹さんは帰ってきたらここからいるいらないって、ここにある
ある分全部減らせば終わりなので。すごい。で、なのでそうですね、もうここもすごいスッキリ、そして年末年始1ヶ月後には妹さんとあと旦那さんが来て寝泊まりするので、もう来客とかあってもすぐここからパッと本取り出せて寝れますね。ありがとうございます。ででん。おー。すごい。季節物とたまの旅行で使うものですね。使用頻度低いものも。最初ここね、ごっちゃごちゃになんか衣装ケースやら、なんか物詰まってましたけども、ここももうスカスカにしたので全部入ってます。女性陣2人でここめっちゃ片付けて、おかげでここまで綺麗になった。素晴らしい。ありがとう。チムさんもありがとうございます。いえいありがとうございえ。ます。結構家族で片付けていく中で、どうしても女性陣が2人いるからお父さんがボコボコに責められてそうる。なんですよ。毎回そうなんです。立場ないみたいなないです。はい。感じだったと思うんですけど、そんなお父さんが一番頑張ったのが次1回ですね。最後1回がどうなったのか見に行きましょう。よろしくお願いします。じゃ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 んということで、ちなみにここにはですね、今日1回業者さんが来たりして減らしてますけど、その後もね減らして、もうほんと一部ですけど、またね最後片付けたらこんだけまた不要品も出てます。じゃあ続きまして最後というかで1回玄関も片付けまして広くなりましたね。広いです。最初床置きでいっぱい靴箱だったりありますけども、ちなみにこれは僕の靴です。というので本当にもう何もない状態になりまして、すごい何も置いてない。カルピスもないです、ここ。ここにカルピスがありましたもんね。はい、こんな感じでもうすべての靴がお母さん、お父さん、そのまま上も全部入ってます。素晴らしい。じゃあ最後、1階がどうなったのか、いきます。じゃ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 んということで、すごいこんな広かったんだ、この部屋。っていうので、どうなったのかですね。まず、こっち。もうここにあったいろんな服たち、なくなって、で、こっちにありますね。あっちにありますけども、右から見るとこんな感じで、ここから行きましょうか。ここがお父さんの空間になりまして、テーブルとソファーも置けて、お仏壇もあって、観葉植物も置けて、そしてここは僕が次来る時までに、ちゃんと企業案件頑張って減らしてください。はい。っていうとこ。ここなくなれば本当にもっとスッキリすると思います。そうですね。もう大半が減りますので。なので動画の最後まで、はいどうなったのかちょっと最後まで見てください。あとはここお母さんのピアノスペース兼、楽譜だったり音楽関係の書類と思い出のものがあって、こっちにも、はい、じゃ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 んと。普段バイク乗るので、バイクのヘルメットだったり、バイク用のウェアがあったり、で、ここがキャンプ用品と、これ宿題になります。思い出系。ここがご家族の新婚旅行みたいなのがあるんですけど、そういったものがここにあるので、でも結構、もう少しですね。クローゼットにあった分とここさえ減らしてもらえれば、僕が来る1ヶ月後までに、じっくり、思い出のものはちゃんと向き合ってから減らした方が後悔もしないので、本当にこれだけです。そして下、ピアノの下も床置き何もありません。もう今まで下もびっちりありましたんで。びっちりありましたからね。びっちりありましたから。で、あとはですね、ここに一部お母さんの卓球道具とか、キャンプ用品とかあるんですけども、お母さんのものだいぶもう少ないですね。お父さんがあそこ全部使ってるってことを考えると。なので、もう少しお父さんが片付けてキャンプ用品とかあそこに置けるようになったら、ここはお母さんの卓球コーナーみたいなのを作っていいかなと。夫婦で分かれますのでね。そうですね。なんで、イメージは、本当はこっちがお母さんスペース、はいこっちはお父さんみたいな感じで使えると、はいもう少し使いやすくなるかなというので、いやーでももう十分綺麗なくらい。素敵。すごい。広い。ということで、もう1ヶ月後ですね、来るので、ちょっとその時に改めて、もう一回この少ない状態で生活してみての心境の変化だったり、お父さんと妹さんがちゃんと減らしたのかとか、ちゃんと経過観察しに来るんで、また1ヶ月後、よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、6日間お疲れ様でした。ありがとうございましありがとうございまた。したまず、お母さんから。どんなに綺麗になるのかすごい楽しみにしてたんですけれども、それ以上のものがなくなる、ものが減るっていうだけじゃなくて、きっちりここにはこういうものを置いてって、もうそこまでしっかり決めていただけたので、物の場所が決まったところに直すのはできます。やります。すごい。じゃあ次、お父さんお願いします。はい。緊張してきた。急に。渋さんの動画を以前から拝見させていただきまして、動画内だけで渋さんがすごいいい人なのは伝わってきたんですけども、実際こうして6日間お世話になりまして、渋さんの人柄が抜群すぎて、びっくりしました。嬉しい。ありがとうございます。動画だとすごい毒舌な人とか厳しいイメージあると思うんですけど。いえ、もう全然ね、普段からもうこの渋さんって感じの方で、本当に
今日でね、お別れするのがとても寂しいです。まあ1ヶ月後もう一回来るんでね。はいはい。ありがとうございました。じゃあ最後、ももさん。はい、ありがとうございます。ずっと手帳の目標には実家の片付けて何年も書き続けたあれだったので、もう念願かなって、もう自分たちの力だけでは絶対にできなかったし、なんか出そうってなっても今日は無理。もうここまでってなったりとか、あとはもう毎年バチバチの喧嘩が、ファイティング始まって、空気最悪なって無事切れて終わるっていうのが例年あって、毎年私が泣いてるっていうのがあったんですけど、今年は笑顔で年を越せそうでめちゃくちゃ嬉しいです。すごい。まあ多分ね、ちょっと動画ではカットしてたりとか、まあカメラ外とかでも、まあちょいちょいね、まあ喧嘩はあって、でもちょっとまあ喧嘩で泣くっていうのは初めて聞いたんで、でそれくらいやっぱ旗から見ててすごい言い合いがあったりとかしたと思うんですけど、本当にもう片付け終わったら喧嘩も減ると思いますので、ここから新生活、はいここからがスタートだと思うので、はいちょっと2人には満喫してほしいなって思ってます。ありがとうございました。ということで、1ヶ月後、年末年始にまた来ますので、感想を楽しみにします。そして、お父さんと、そうですね、まあ、お母さんも一部ですけど、まだ思い出のものだったり、ちょっと宿題の方、頑張って減らすようよろしくお願いします。お願いします。ではでは、1ヶ月後。さようなら。はい、ということで、1ヶ月ぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。ちょっと情報量が多くてどこから突っ込もうか迷うんですけども、まず、ちょっと今回ですね、年末年始の帰省ということで、妹さんがはい。帰ってきてます。はじめまして。はじめまして、お願いします。妹のりなさんです。はい、お願いします。そしてワンちゃん増えてますね。ワンちゃん連れて帰ってきました。モカちゃんです。モカちゃんです。なんで、メルルですモカちゃん、メルル、パルちゃん。僕、抱っこするもんないんで、シャンさんの新しい本。ありがとうございます。文庫本と、こちら。今日から愛読させてもらうと思います。今日からですね。来る前に読んでたとかではなく、ありがとうございます。いえ本の宣伝にもなって嬉しいところなんですけども、なんと1ヶ月ぶりにちょっと経過報告どうなってるのか監視しに来たんですけど、いや、すごい、後ろちょっと床が綺麗になってるんで、見させていただきます。はいおー、はい。減らしきれんかったんですよ、これ。いや、まあ、でも、あんだけね、ぐちゃぐちゃに段ボールがあったことを考えると、頑張りましたね。まだ謝らなあかんかな思ってたけど。まあでも一応僕としてはですね、ここの台に収まるように減らしたいねっていうのは伝えてるので、企業案件の山もそうですね。いや、そしてここもね、ちゃんと仏壇として、親父の。で、いつでもね、こう、はい手を合わせるように、椅子まで、はい、プーさんの椅子が、こんな感じで。はい、スティッチもいますけど、もうお子さん2人大爆笑してますからね。なので、ここがですね、だからお仏壇、そして植物、そしてここにカー用品が、そうなんですよ。すごい成長ですね。はい、ありがとうございます。また1年後にフラッとね、しゅんさん来ていただければ、そうですね、確かに。よろしくいつもお願いします。年末年始に片付け頑張ってたと思うんですけど、今年2025年に思って、そうですね、ここまで一気に片付ける必要なくなったと思うんで、ほんま渋さんが来ていただいたからこそ、これだけ。素晴らしいです。そしてね、こっちを見てももう、すごい綺麗になっておりまして、いいえ。うん。なんかね、確かに。っていうか、ここもう入れませんでしたから。ピアノが弾けるようになってる。そう。ね、ピアノも弾けますし、ちなみに、妹のりなさんは、昨日来ました。昨日来ました。昨日来て、入って、最初どうでした？いや、もう別の家かなと思いました。実家がもう生まれ変わってて、ちょっと嬉しかったですね。いつも帰る前に片付けといてやって言ってたのが、こんな綺麗な状態で帰ってこれて嬉しかったです。これでもね、はい毎年年末、この長女に散々言われて、掃除しててあの状態なの。その話もう何回もしてる。そして今回ですね、ちょっと妹さんをお呼びした理由でもあるんですけど、上の階もですね、僕たちが片付けるときにちょっと妹さんのとこだけは手をつけずに整理はしたんですけども、減らされました。はい、今日の朝、ちょっと頑張って、姉と一緒におー、減らしました。やりました。ゴミ袋15袋ぐらいな。そんな出てあ10袋ぐらい。 10袋ぐらいはでも出て、はい、すごい、じゃあ結構減らしましたね。結構減らしたと思う。もうこの一角だけやればいいんやって思ってたんですけど、意外とめっちゃ出てきてびっくりしましたね。そうですね、じゃあちょっと早速上上がってもいいですか？はいということで、3階の方、失礼します。ここですね、妹さんが帰省して、片付けたということで、ちょっと見てもよろしいでしょうか。じゃじゃじゃん。おー、ほんとだ。ここ、ぎゅうぎゅう詰めに僕詰めてたんですけど、減ってますね。
しかもここもスッカスカというか、もう思い出の写真だけ飾れるようになってて。いや、でもそうですね、ゴミ袋10袋分捨てたっていうから、だいぶ減らしたと思うんですけど、そうですね、もう上も下も収納の中、スカスカですし、そうですね、これで本当に、妹さん、お疲れ様です。シムさん、質問なんですけど、はい将来的にはこのクリアケースは捨てた方がいいんですか？そうですね、もうこんだけ4つとも、収納ケースも全部空なので、なくていいと思います。はい、全あったら然。また入れてしまいますもんね。お、まさにもう、絶対に。身をもって体験されてますからね。僕のものを入れてしまいそうだから。いやー、ほんとここ綺麗になりましたね。全部見せた。全部、そうですね、キープできてますよっていうのをね。家族ラインで週1くらいで送られてくる。ここはこうやってますとか言って、思い出の品見てますとか。言うな。いいじゃないですか、でもそうやって家族で共有しながら。いいです。じゃあそのまま2回行きましょうか。はい。じゃあ、失礼します。じゃじゃん。キープできてるのか。おー、待って、ソファーが。すごいコンパクトになってる。すごい。広い。素晴らしい。というのでね、ここもちょっとね、ソファーちょっとちっちゃいのに変えてもいいんじゃないかっていう話してて、あれの処分大変でしたよね。ソファーがね、シムさん、あれから業者に問い合わせたら、どこも1万5千円ぐらい引き取るだけだったら金額がかかるって言われたんで、ほな解体すればみたいな感じで言われたんで、はいで、このもっと大きな3人掛けのソファーをここ全開にしてベランダに掘り出して、フレームとかノコギリで切って、頑張りましたね。奥さんに焼却所に持って行っていただきました。いや、でも本当ね、必要十分なサイズになりましたね。ありがとうございます。まあ、2人なんで。そう、2人だし、ね、これで多分ね、お母さんがもうここで、ゴロネス脈にありがなりました。とうございます。これが倒れるんでございます。変わらずここで寝てるんですね。はい、こんな感じで。コンパクトになっても、はいなってもちゃんと寝てますはいね。、寝落ちしてます。てか、本当にこれソファーがちっちゃくなったから、圧迫感がないです圧ね。迫感が全然なくて、はいケージもね、新しいの来てますけど、すごいスッキリ。いや、めっちゃいいじゃないですか。あと、渋さんアドバイスのはいここですね。あ、本当だ、すごい。自分で DIY で貼りました。素晴らしい。すごい、もうね、お子さん2人、ね、娘さん2人、実家に帰るのは楽しみな家にないりやましたね。もうですね気持ちよく帰ってこれますね。こんだけレイアウト変えていただいて、発想もなかったんで、ワンチャンちょっとそこら辺にまた散らかってるんじゃないかな結構思ったけど。もうはい必死で、はい2人がうんうん。この1ヶ月ではい思い出のを見たりとか、うんうん。こうせやせさっきももうこはいっちをこうせやせ言いながら、はい必死に綺麗にしようとしてたのが伝わりました。何年もキープできたらいいなと。なのでちょっとまた監視しに来るんで。いや本当に渋さんがこの、今日来てくれるから多分これがあったと正直思うので、多分。でもこの1ヶ月で思ったよりそんな散らかってなかったから私も帰ってきてこれはいけるんじゃないかと思ってます。ただやっぱり渋さんの顔を思い出さなあかんので、戒めのためにこちらは僕ずっとここに飾っておかれてね。なんか第二の仏壇みたいになってる。いつも朝拝んで、渋さんおはようございます。あと、なんかママが張り切って頑張ったところがあるらしく、こちらのクローゼットも失礼します。あ、本当だ。ハンガーが全部統一されてます。これあれですね。マワハンガーっていうこう白い丸首のハンガーに統一したんですね。なんですけど。はい。そうですね。あれに似てる、多分ニトリとかダイソーで売ってるようなやつですね。そうですなので、ああいう丸首のハンガーにしたのと、こういうパンツはこのハンガーで統一してっていうので。すごい、お母さんも。ペンライトとかもな、半分くらい捨ててんやろ、ペンライトとか。はい。しました。夜もこんだけに。本当だ、めっちゃコンパクトになってる。なんか、あんだけ大事にしてて、こんだけバッサリにしてるので、逆に寂しいですね。でも頑張って、とにかく何がどこにあるっていうのをこう語れるようになったのが成長だと思うんですよ。成長。すごいすごい。いや、なんかだいぶ、減らすマインドが身についてて、こんだけ、なんかこう、笑顔でね、使ってくれてるのが嬉しいですね。前寂しがってたもんな。物が少ないって言って、何にも生活に支障ないわ。そうですね。だから本当前回一緒に減らして1ヶ月経つから、そういう風にちょっと心境の変化もすごいね、あったと思いますし、もうなくて全然困らなかったってものもね、はいいっぱいあったと思うので、はい。そうだから本当ここから先はまた多分ね、また減らすと思うから楽しみですね。はい、ということで、1ヶ月ぶりに訪問したらお家がすごい綺麗になってて、で、ちょっと前回がですね、減らし終わってもバタバタ僕たちがね、ちょっと終電の新幹線で帰らないといけないみたいな感じで、あんまりこうちょっと減らした後の、心境の変化とかちょっとあんまり聞けなかったので、ちょっと改めて聞いてみようかなと思うんですけど、そうなんです。じゃあまずちょっとお二人から。物が減って、で、減った中で生活してると、これこん
んまにいらんかったなっていうのがまだまだ出てきて、でさらに減っていってます今。でね、さっきのお母さんがそうクローゼットを語るときにそれを感じました。でなんかこんだけ減らすとなんかもうちょっとこう減らせないかなって気になってきますよね。はい。なんか一番意外と変化感じたのお母さんだったかもしれないですね。今までもったいないが先走ってたけど、そうやな。もったいないからむしろなんかどうやったら減らせるかなっていう思考になってきてるから素晴らしい。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。本当に渋さんに出会わせていただかなかったらこんな心境になれなかったんで。泣いてもいいよ。いやでもなんか今日会った瞬間からなんか表情明るいなというか、なんか笑顔が増えた気がします。ありがとうございます。もうね、夫婦関係にもちょっと亀裂が入りかけたんが、夫婦関係の渋さんに救っていただいて、ありがとうございます。いやいや、でも本当に片付けが終わると、その夫婦喧嘩が良くなるっていうのは、これ本当の話で、散らかってるご家庭はいつも家事のこととかで、そう。喧嘩してる方多いので。ちょっとしたことでイライラするんですよね。物がいっぱいやと。ほんまに。それはあると思う。し、多分今ちょっと心に余裕できて、まあちょっと許せるようになってるっていうのもあると思うんですよね、些細なことは。ありますね。じゃあ、お父さん、いかがでしょうか。僕、あれからずっと渋さんの過去動画見させていただいて、自分の愚かさにすごく心が痛くなって、で、はい自分なりにちょっと分析したんですよね。なんでこんなものが増えてしまったのかっていうのを、ネット通販で僕、服でもカー用品でも何でも、ネット通販なんで、ちょっと嫌なことがあったら、そのストレス発散でネット通販の届くまでの今ここまで来てるみたいな、そういうのを見るのが楽しみで、あんだけ物を買ってたいうのもあります。でも、到着したら使わないで。そうなんですよ。買ったら満足する。それの典型がギターと、筋トレのベンチとか。収集癖が昔からあったんです。そう。まあ、とにかく渋さんありがとうございました。いえいえ、そうですね、特にちょっと、妹のりなさんは、まあ、昨日、この撮影の昨日帰ってきて、もう全く違う実家、いきなり、ね、目の当たりにして、ちょっと驚きの方も多かったと思うんですけど。はい、もう感動ですね。おーなんかLINE、家族 LINE でそういう動画とかめっちゃ進捗報告みたいなのは見てたんですけど、もういざ帰ってきたらまず床が見えるみたいな。でも物がめちゃくちゃなくなってたりとかして、あとまあ配置とかも変わってたんで、なんか実家やけど知らん家来たみたいな新鮮な気持ちになってすごい気持ちよく過ごせてます。すごい、もう知らん家っていうくらい変化が起きてますから。ありがとう。ありがとう。でも一番感謝すべきはもう、ね、最後ですけど、まあ、ももさんですね。一番最初にこう、まあ、減らそうってこうご提案して、で特にね、こう、物が多くてその喧嘩してるとか、まあね、毎年年末年始にこう何回片付けてもずっと物が多いっていう状態を見てて、ここまで変化してどうですか？いやもう嬉しいですね、とにかく。なんかやっぱり、まあ、片付けイコール、まあ、ちょっともう戦の始まりみたいなところがあって。毎年戦なんですよね。感じていただいたところもあるかもしれないんですけど、もう2人やと、もうよりヒートアップの、渋さんがいてくれたからいっぱい動けるとかも多分もう分かってくださってるじゃないですか。はい、ノコギリで切るとかも考えられない。絶対やらない。業者呼んでました、もう今まで。し、とか、冷蔵庫どかして裏の掃除とかもこの1ヶ月でやってくれてて、もう自分の力じゃというか、どれだけ説得してもそこまでは動かせなかったところを、こんな機会をいただけて、ほんまに嬉しいです。そうですね、まあこう、距離感、家族でちょっと距離感が近いからこそ、ちょっとこう言っても響かないみたいなところはあったと思うんですけど、まあ僕が来たっていうのはもちろんあるかもしれないですけど、やっぱ頑張ったのはもう皆さんなんで、もうありがとうございます。渋さんのおかげ。いえいえ。 6日間来ていただいて今日で何なのかほんまにこのお家を救ってくれた。ほんまに。まあきっかけは作ったかもしれないけど、もうなんか繰り返しになりますよ。もう頑張っての皆さんで、もう胸を張ってください。ね、もう2026年、もう今年の瀬ですけど、楽しみですね、年末年始。ゆっくりね、過ごせるんで。もう頑張らんでいいよもう、まあここにね、親戚の方呼んだり、まあもしかするとまたおせち作ったり、なんかね、正月行事とかもやると思うんですけど、ね、もうみんな楽しめると思うので。いつでも呼べますね。いつ寄ってくれても上がってくってこっちから言えるようになりました。生ではありえへん。今までピンポンになって、あ、ちょっと1時間待ってって言って1時間ぐらいかかるから言うて。ちょっとこれで終わろうと思うんですけど、いや本当にちょっとね、なんか僕も前回1ヶ月経ってもう来るの本当に楽しみにしてて、ここまでお家もそうだし、もう皆さんのこうちょっと生き生きとこう物減らしてよかったっていうこの感想がなんかいや本当にみんな頑張ったなというか、なんか人が変わりましたねみんな。そう、もう一個いい
いいですか？どうぞどうぞ嬉しいことは、はいなんか初めも言ってたかもしれないんですけど、日常の当たり前のこう枠を超えれることだと思ってて、今までの正解だけで生きてきたところがパッと外れて、新しいこう価値観を受け入れるようになったとか、そこめっちゃでかいと思ってて、はい。その自分の目線でだけ生きてたからそれこそぶつかることも多かったかもしれないけど、これまでの客観的に自分のことを見れたりとかできたのがもうほんま今後もありがたいなと思います。変化、ここまで変化するのって絶対難しいと思うんで、この年でそれをしっかり変わってくれたのがほんまに嬉しいです。いやもうほんまね、渋さんの過去動画全員見てくださいほんま。めっちゃ見てる。ずっと昼休み見てます。今日も朝からなタブレットで流れてたもんね。朝起きたんですけど。そうついてて。片付けするときとか掃除するときは、とにかく渋さんの声を聞きたい。すごいもう立派な支部長洗脳されてますね。いやなのでちょっと本当にもう皆さんちょっとだから結局前回6日間活動していたのと今日まで入れたら1ヶ月間くらいはなんだかんだ形頑張ってたと思うので本当にお疲れ様でした。ありがとうございましありがとうごた。ざいました。そうですね、ちょっとこんな感じで終わりますけども、ぜひミニマリスト支部を全国の家に片付け呼びたい方はですね、チャンネル登録していただいて、あと各種 SNS フォローしていただけると、定期的に2つの募集も行っております。ということで、じゃあ今後の桃さん宅の生活がまたより良くなるのをお祈りしております。ありがとうございます。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。いよいよ年を。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに、概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。